はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。今日のポッドキャストはいつもと違いますよ。今回はなんと、7時間ポッドキャストのパート2を皆さんにお届けします。いやー、久しぶりの7時間ポッドキャストだね。前回は多分3ヶ月以上前だと思うんだよね。で、7時間ポッドキャストが何かっていうと、直近のたくさんのポッドキャストを一つにまとめた長編のポッドキャストです。はい。7時間のポッドキャストって完全に狂ってるよね。7時間たっぷり日本語に狂いたい人は、ぜひ寝ながらでもいいんでね、聞いてください。それでは、7時間の旅に行ってらっしゃい。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。いやー、皆さん、最近お元気でしたか？僕はいつでも元気です。いや、この挨拶、いつもしてるんだけど、みんな飽きてない？大丈夫？なんか、特に他のことを言うことも思いつかないからこの挨拶をしてるんだけど、飽きてきたら言ってください。僕も、いろいろね、工夫して、別の挨拶をしようというふうに心がけるんで、もし、挨拶を変えてほしいよっていう方がいたら、ぜひね、コメント欄に書いていただけると、嬉しいです。はい。そしたらね、僕もいろいろ工夫して、このポッドキャストを改善していきますので、よろしくお願いします。はい。最近日本は暑いですね。あのーこればっか言ってますね、最近。でね、だけど、そんな、暑い日本の夏での、過ごし方で僕は一つ気づいたことがあるんですよ。僕は夏に気づいたことが一つあります。エアコンって冷房機能と暖房機能があるじゃないですか。もう一つ機能があるんですね。で、僕、その機能を使ったことなかったんですよ、今まで。で、その機能を使い始めたらびっくりしました。今までの悩みが飛んでいきました、どこかに。エアコンって、冷房と暖房の他に除湿っていう機能があるんですね。知っていましたか皆さん？あのー僕知らなかったんですよ。で、除湿っていう機能について、インターネットで調べたんですけど、部屋の湿度を下げつつ、部屋の中の温度を下げることができるっぽいんですよ。で、僕なんでエアコンに除湿機能があることに気づいたかっていうと、ある日エアコンのリモコンを見てて気づいたんですよ。冷房って書いてあるボタンと暖房って書いてあるボタンの間に除湿っていう書いてあるボタンがあったんですよ。ちょっとこのボタン押してみようかなと思って押したんですよね。で、その日は結構雨がたくさん降ってた日だったんだよね。だから、部屋の中が結構ムシムシしてて、湿度が高い状況だったんだよ。で、前のポッドキャストでも言ったけど、日本の夏って、湿度が高いから、その分、部屋で乾かしてる洗濯物が乾きにくいんだよね。うん。ただ、そのエアコンの除湿機能を使うと、あっという間に洗濯物が乾いたんだよ。この機能を作った人、
天才だなって思いましたね。うん。いや、本気で思いましたよ。ただね、ただ除湿っていう機能は多分、結構常識的な機能だと思うんだよね。僕がただ単に常識のない人間なんで、除湿っていう機能を使ったことがなかっただけで、多分普通の人だったら、あの、除湿機能を使ったことがあると思うんですよ。うん。ただね、僕は初めて除湿機能を使って感動しました。あの、冷房機能を使っても部屋が涼しくなるだけで、湿度は落ちないんですよ。ただ、除湿機能を使えば、部屋の中の温度が下がる上に、湿度も下がるんですよね。もしかして、僕当たり前のことを話してます？うん。でもね、それが僕にとって、本当に、びっくりした出来事でしたね。いや、エアコンってこんなに有能な電化製品なんだって、改めて思いました。まあでもね、僕の家についてるエアコンは本当にシンプルでなエアコンなんだよね。別に多機能なエアコンだとも思わないんだよ。だからね、世の中には、高級なエアコンっていうのもあると思うんだよね。そういう、そういうエアコンって、他にどんな機能がついてるんだろうね。うん。なんかね、エアコンについて、いろいろ考えてみた。そんな最近の僕でした。はい。最近あまり YouTube に動画を上げてなかったんですけども、僕はそんなエアコンのことなどについて考えながら、毎日を過ごしてたね。うん。昔の日本って、エアコンをつけてなくても過ごせた日が多かったんだよね。たとえその季節が夏であったとしても、エアコンをつけなくても過ごせる日っていうのが昔はありました。ただ最近は一日中エアコンをつけてないと生きれないね。うん。あの、単純にエアコンをつけないことが、死亡するリスクに直結するんだよ。うん。暑すぎて。だから、エアコンがない生活っていうのが考えられなくなってしまったよね。だから、夏って、電気代がすごい高くなるんだよ。うん。なぜかっていうと、エアコンを使ってるから。で、僕って結構、ケチな性格なんだよね。あの、そう、友達と一緒に遊ぶときとか、家族と一緒に過ごすときとかは、お金をたくさん使うことを心がけてるんだけど、一人でいるときってあまりお金を使わないんだよ。うん。で、あまりお金を使いたくないなって思ってるんだけど、電気代に関しては全く考えてないね。うん。いくら電気代が高くなってもいいし、電気代にいくらでもお金を払っていいから、どうしても部屋の涼しさを維持したいよね。うん。で、本当は良くないんだけど、最近は、もう電気代が何円だったのかさえ、見てないね。うん、本当はいけないと思うんだけどね。やっぱり、自分の財務状況っていうのを、常に、把握していくことが、やっぱり、生きる上では重要だと思うんだけど、まあ、夏の電気代に関しては、いくらでも払ってもいいなと思ってるね、正直。うん。やっぱり、生きることが一番重要だけちょっと待って。今ちょっと噛んでしまって、え言葉がうまく言えなかったんだけど、やっぱりお金よりやっぱり命が優先しなきゃいけないことだから、
やっぱり命を守るためにも、エアコンはたくさん使いたいなと思ってるし、電気代はね、いくらでも払ってもいいなって思ってる。だからね、除湿機能を見つけたことによって、前のポッドキャストで言ってた、僕の悩みっていうのがなくなったね、完全に。前僕が話した、悩みは、洗濯物がなかなか乾かないっていうことだったんだけど、洗濯物を乾くようになりました。うん。エアコンの除湿機能のおかげで、洗濯物が早く乾くようになりました。だからね、えー、そうだね。湿度に関しての悩みは今一旦はなくなったかな。でもね、部屋は湿度低いんだけど、部屋の外はね、まだ湿度が高くて蒸し暑いから、そうだね。その問題を解決しようと思ったら、この地球温暖化の問題を根本的に解決しなきゃいけなくなるよね。でもね、今僕の家って、部屋を涼しくする、道具がエアコンしかないんだよね。で、みんなさ、扇風機とか持ってる？家に扇風機ある？僕の家にはね、扇風機がないんだよね。うん。で、扇風機本当はあった方がいいと思うんだけど、掃除するのがめんどくさいなと思って、買えないんだよね。扇風機ってさ、だいたい床に置いて使うと思うんだけど、使ってるとさ、扇風機にホコリが積み重なってくじゃん。で、あれを掃除するのがめんどくさいなって思っちゃうんだよね。だからね、もう僕の家には扇風機がない。で、うちわもないから、うん。家の中で、風を発生させるものといったらエアコンしかないね。うん。ただね、効果的に、エアコンの涼しい風を部屋中に循環させようと思ったら、本当は扇風機が必要だと思うんだけど、扇風機は持ってないですね。で、これからも扇風機を買う予定はないね。うん。で、最近さ、まあ、オフィスとかに行くと、そう、持ち運び用の扇風機を持ってる人が多いじゃん。で、よくある扇風機は、パソコンと接続して、えー使う扇風機があるよね。小さめの。で、ああいう扇風機を使ってる人が多いんだけど、僕はね、そういう小さな扇風機すら持ってないんだよね。うん。やっぱり、あの扇風機を持ち運ぶとさ、かさばるじゃん。で、持ち運びするときに、バッグの中の大きなスペースを取ることになるから、そういう扇風機もできるだけ使いたくないんだよね。でもね、最近日本だと、そういうね、パソコンに接続して使うような、扇風機をね、使ってる人が本当に多い。逆に、使ってない人の方が少ないかもしれない。うん。だけどね、僕は、そういうものをね、持ち運びするのがめんどくさいなって思っちゃうから、うん。そういう扇風機も持ってないね。はい。今、皆さん、気づいたと思います。はい。僕のポッドキャストを今まで、聞いてきた方々は、もうすでに気づいてると思うんですけど、
僕って本当にめんどくさがり屋なんですよ。うん。いや、本当にね、僕って、めんどくさがり屋なんだよね。扇風機を掃除するのがめんどくさいし、扇風機を持ち運ぶのがめんどくさいから、扇風機を買ってない。うん。僕の中の考えだと、メリットよりもデメリットの方が上回っちゃうんだよね。あのね、もちろん、涼しい環境を整えられる、に越したことはないんだけど、やっぱりね、デメリットが大きいと、扇風機の導入というものを渋ってしまうよね。うん。でもね、今年始めた、夏の対策はね、いろいろあるね。今年から本格的に、日焼け止めを塗るようになった。うん。今まで日焼け止め塗ってこなかったんだけど、今年になってね、ちゃんと日焼け止めを塗るようになったね。日焼けすると、日焼けしすぎると、皮膚がんになってしまう、確率も高まるし、やっぱり日光って、浴びると気持ちいいんだけど、肌に悪影響もね、たくさん与えることになるから、最近は日焼け止めを塗ってます。他に僕がしてる暑さ対策って何かあるかな？うん。昔はね、夏になると、アイスをたくさん食べてたんだけど、最近は食べなくなったな。うん。僕がね、お母さんとかお父さんと一緒に住んでいた頃は、冷蔵庫の中の冷凍スペースに、いつも夏になるとアイスが入ってたんだよ。うん。だけど、一人暮らしになってからは食べないね。あの冷蔵庫にアイスが入っていれば食べるんだけど、自らアイスを買いに行くということがないね。だからね、アイスはしばらく食べてない。でもたまにレストランでアイスを食べたりはするんだけど、家でアイスを食べることはなくなっちゃったな。うん。なんか今さ、アイスの話をしてると、アイス食べたくなってきたな。うん。アイス後で買おうかな。日本のコンビニにはね、いつも美味しいアイスが売ってるので、うん。後で買いに行こうかなと思います。はい。日本のコンビニにはね、たくさんの美味しいお菓子とか、美味しいアイスが売ってるから、ぜひ日本に来たときは、必ず日本のコンビニに行ってみてください。はい。僕が知ってる暑さ対策といったら、今挙げた3つぐらいかな。うん。それ以外のことはあまりしてないね。僕は日傘もささないし、うん。日焼け止めは塗るんだけどね。で、最近ね、僕がやったことといえば、投票に行ってきました。はい。皆さん、投票したことありますか？7月の後半に、日本ではね、大きい選挙があるんだよね。日本の国会議員を決める選挙が、7月の後半にあります。で、日本の国会って、日本の国会には、2つの種類の、国会議員がいます。で、1つ目の種類が、衆議院議員。うん。で、もう一つの種類が、
参議院議員というものです。で、今月の下旬に行われる大きい選挙が、参議院の選挙なんだよね。で、日本が、えー何個かのブロックに分けられて、そのブロックごとに、当選者を決めるっていう、そういう選挙なんだよ。で、まだね、選挙日になってないんだけど、期日前投票っていうものがあって、僕はそれを活用して、投票をしてきたんだよ。で、期日前投票って何かっていうと、選挙当日に、予定があったり用事があったりして、投票できない人が、その投票日よりも前に投票ができるっていう、そういう制度なんだよね。で、僕はその、期日前制度を活用して、投票してきました。はい。で、皆さんは、投票権を持ってますかね？で、日本だと、大人になると、選挙で投票することができます。で、僕はね、もう大人になってるので、今まで何回か、投票をしに行ったことがあるんだよね。で、日本で行われる選挙って、国会議員の選挙だけじゃないんだよ。えーその自分が住んでる地方の議会の議員を選ぶ選挙だったりとか、えーあとは、東京都に住んでるとしたら、えー都知事、東京都知事を決める、選挙で投票することができるんだよね。で、今まで僕はね、何回か選挙で投票したことがあります。ただ、日本の選挙って、比較的他の国に比べて、投票率が低いんだよ。で、この投票率の低さを問題視する声っていうのがね、日本国内では、ね、多く上がってるんだよね。で、今ね、僕が見てるデータには、世界の、投票率が書いてあるんだけど、今僕が見てる資料だと、え日本は投票率がだいたい 53% で、世界139位らしい。で、これってね、結構低い方だよね。やっぱり139位って低いよね。で、世界って確か200カ国とか200の国と地域があるから、139位ってことは、結構投票率が低い方だと思う。で、他の国を見てみるとね、ベトナムの投票率が 99.26%。これちょっと高いね、だいぶ。うん。で、ラオスが 97% で、シンガポールが 95% で、オーストラリアが 91% なんだ。そう。だからね、他の国々と比べて日本の投票率って低いんだよ。だから、それをね、問題視する声が多いんだけど、特に世代別で見てみると、若い年代の投票率が低いらしいんだよね。うん。で、逆に、お年寄りの世代、年齢が高いと投票率が高まる傾向にあるらしい。うん。あるらしい。そういう傾向にあるらしいんだよね。で、日本はね、前のポッドキャストでも話したんだけど、日本には結構大きな問題があって、それが少子高齢化なんですよ。で、子供の人口が少なくて、お年寄りの人口が多い。その状況であるにもかかわらず、高齢者の投票率が高いと、何が起こるか皆さんわかりますかね？そう。選挙で
投じられる、票の中で、お年寄りが投じた票っていうのが多くなるよね。だからやっぱり、その選挙でお年寄りの声が、なんていうのうん。お年寄り世代の、とか、年齢が高い世代の意見が反映されやすい選挙になるんだよね。うん。で、この状況はさすがにやばいんじゃないかっていう、そういう意見が多いんだけど、未だにね、若者の、投票率っていうのは低いんですよ。はい。で、僕はね、今まで投票権を得てから、いほとんどの選挙に行ってきたね。うん。ただね、何回か僕も、投票しなかったことある。うん。で、日本国内だとね、投票しないやつは悪いみたいな風潮があるから、うん。僕、投票しませんでしたって大々的に言うことってあまりね、良くないことだと思うんだけど、人によっては、投票しない人をね、非難する人もいるから、投票しませんでしたっていうことをね、あまり大々的に言うべきではないと思うんだけど、僕はね、これまで何回か投票しなかったことがあるね。えーま、でもね、投票しなかった理由があるんだよ。えっとね、まあ、ひいまずね、投票しなかった時何回かあるんだけど、海外に住んでた時はね、投票しなかった。うん。日本の選挙の投票はしなかったね。で、海外に住んでても、なんかね、手続きをすればね、日本の、選挙で投票することはできるらしいんだよ。うん。海外で投票することができるらしい。うん。ただね、その手続きをするのがちょっと億劫になってしまって、投票しませんでした。はい。ごめんなさい。うん。でね、もう一回僕は選挙で投票しなかったことがあるんだけど、なんだっけな。確か国会議員の選挙じゃなくて、都議会議員の選挙だったような気がするんだよね。うん。でね、その時は、本当に一人も投票したいと思える人がいなかったんだよ。うん。本当に一人も投票したいと思える人がいなくて、僕はその時投票しませんでしたね。うん。だから、何回だろう、2、3回は今まで投票しなかったことがある。うん。で、若者が日本では投票しないっていうことがすごい、問題視されてるんだけど、僕は個人的には、それもそれでしょうがないかなって思うね。投票しないっていう選択肢を取るっていうことは、今の状況に、満足しているとも捉えられるじゃん。選挙に行く理由って、今の国の状況を変えたいって思ったりすることだと思うんだけど、そもそも投票にめんどくさいから行かないっていう人は、その状況から変わらなくてもいいって考えてることだと思うんだよね。だから僕はね、投票、しに行かないことが、決して悪いことだとは思わないね。もしもさ、日本が本当にやばい状況になってるとしたら、何が何でも選挙に行って投票したいと思うじゃん。うん。で、投票しないっていうことは、特に今の状況に不満がないっていうことの表れだと思うから、僕はね、それはそれでいいと思うんだよね。
で、日本って今さ、いろいろな問題があるんだけど、でもやっぱり日本って本当に恵まれた国だし、幸せに暮らしている人も多いと思うから、今の生活に満足している人が多いんじゃないかなって思うね。うん。まあ、ただね、今の状況のままでもいいんだけど、より良くしていきたいってね、思うことも大事だから、僕はね、投票してもいいんじゃないかなって思います。ごめん、意見が二転三転してしまってはい、申し訳ないんだけど、僕はね、そう思いますね。でね、最近は、昔と比べて、選挙で、立候補する人が増えたね。うん。東京都知事選挙とか、一体何人の人が立候補したんだろう。ちょっと調べてみるね。今、東京都知事選挙で立候補した人の一覧を見ています。これ何人だ？ほう。2024年だから、去年のことだね。去年の2024年に行われた、東京都知事の選挙は、過去最高の56人が立候補したらしいです。すごいね。うん。だってさ、東京都知事って、この世界に一人しかいないんだよ。で、そのたった一つの枠のために56人が戦ったっていうことなんだね。でね、えー、皆さん調べてみればわかると思うんだけど、本当にいろんな人が、東京都知事選挙に立候補してるんだよね。でね、この東京都知事選挙に立候補するためにもお金がかかるんだよ。うん。で決して安くないお金を払わないと、東京都知事選挙に立候補することができないんだよね。で、それが300万円。だから、アメリカの、ドルに直すといくらになるんだ？ちょっと待って。うん。3万ドルだね。3万ドルじゃないか。2万ドルぐらいか。そうだね。だから東京都知事選挙に立候補しようと思ったら2万ドル払わなきゃいけない。で、その300万円を払った人が、56人いたんだね。だからね、お金を払ってでも立候補したいって思う人が、それだけたくさんいたってことなんだけど、ねえねえ、東京都知事選挙の、立候補者の、ポスターとかを見てみればわかると思うんだけど、なんかね、本当に面白い人がたくさんいるんだよね。うん。皆さん本当に真剣に選挙に立候補してると思うんだけど、あのね、僕から見ると、ふざけてるのかなって、そういう風に思ってしまう人が、何人かいるんだよね。例えば、選挙のポスターに、甲冑姿で写っている人がいたりだとか、あとはね、なんか、そもそも人間の写真がポスターに写ってなくて、ロボットみたいな、姿の、イラストだけがポスターに写ってる、そんな立候補者もいるんだよね。うん。だけどね、本当に、いろいろな方が、立候補していて、面白いのが、東京都知事選挙ですね。はい。でね、最近、日本で、選挙の焦点になってるのが、
税金だよね。日本ってね、結構長い間、平均所得が上がってないんすよ。うん。この現実を知っている方、僕のポッドキャストを、聞いているような、日本語学習者の方々なら、ご存知かもしれないんですけど、日本の経済って、長い間成長してないんだよね。あのね、成長はしてるんだけど、そのスピードがね、結構遅い。うん。で、日本の経済が長い間成長してないと同時に、給料も上がってないんですよ。ただ、いろんなことに税金がかかるじゃん。さっき話したみたいにさ、少子高齢化で、お年寄り世代の、人口の割合が増えてくると、医療費がたくさんかかるし、あとはね、その働かない世代に対してのお金もたくさんかかるよね。で、あとは最近はね、日本は、防衛力を強化しようっていう、そういう流れになってきてるから、その防衛費もたくさんかかってくるんだよ。でね、とにかく、税金が必要らしいんだよね。僕はね、あまり詳しく知らないんだけど、政府によると、税金がたくさん必要らしい。うん、でね、税収も年々過去最高を更新してるらしいんだよ。うん。だからね、税金が高すぎるから税金を下げるべきだって言ってる立候補者の方々が、多くて、やっぱりね、その税金を下げるかどうかっていう、ことが、選挙の焦点になってるっぽいな。うん。で、このチャンネルは、日本語学習チャンネルなので、一応ね。僕の、政治的な思想を、話すつもりはないんだけど、なんかね、そういう、なんて言うんだろうな。内向きの話ばっかりでなんか悲しいなって僕は思ってるな。なんかさ、その、税金を誰に払うとか、税金をどのくらい国民から徴収するとかっていう話も、すごい大事だと思う。うん。本当に、大事な話だと思うんだけど、なんかもっと、夢のある話がしたいよね。うん。なんかさ、税金って、増えるにしても減るにしても、絶対に必要なことだと思うから、それについて話すことは重要だと思うんだけど、なんだろうな。うん。日本から、有名な AI 企業を輩出するために頑張るとか、うん。日本からたくさんロケットを打ち上げられるように頑張りますとか、なんかそういう夢のある話が僕はもっと聞きたいかな。うん。やっぱりね、僕はね、いつも新しいことを追い求めてしまう人間だからさ、うん。なんかもっと夢のある話をしたいよね。あの、例えば、日本から海外に行く留学生を増やしますとかね。なんかもっとなんかその日本が成長できるような、そんな話が聞きたいなって思う。うん。なんかね、日本人って現状に満足してる人がね、多いと思うんだよね。それだけ今の自分の状況が好きな人が多いと思う。うん。で、それってすごいいいことだと思うんだけど、やっぱりそれより上を目指すことも大事だと思うんだよね。で、さっき投票率が低いっていうことも話したんだけど、さっき話したみたいに、投票率が低いってことは、別に何も
変わらなくていいって思ってるってことじゃん。で、そんな、今の状態の日本っていうのを、大好きな人がね、多いんだと思う。うん。だから、何が言いたいかっていうと、日本が大好きな日本人が多いんですよ。うん。このまま日本に住んでいればいいや、幸せだしって思ってる人がね、多いと思うんだよな。だからね、さっき投票率が低い話をしたんだけど、留学に行く日本人も少ないんだよね。うん。すごい少ない。あのやっぱりね、アジア人だと、韓国人とか中国人の方って結構ね、留学して世界で、いろんなことを学ぼうって考えてる人が多いと思う。だからね、留学先にいるアジア人って、日本人とかよりも他のアジア人の方が多いと思うんだよね。うん。だけどね、日本人は、そう、あんまりね、外に出なくてもいいやって思ってるから。これは僕の個人的な意見なんだけど、だからね、あんまり留学する人がいないね。どっちがいいんだろうね。いや、でも人によるか。僕みたいにさ、海外にたくさん行きたいです。みたいに思ってる人は、海外に行けばいいし、日本で幸せに暮らせればそれで十分って思ってる人がいるとすれば、それでいいよね。みんなが幸せならそれでいいよね。うん。一人一人ね、考え方は違うからね。面白いよね。みんなはどうやっぱりさ、僕のポッドキャストを聞いてる人って、日本語を学んでる人が多いと思うんだよね。うん。で、皆さんが学んでる言語っていうのが、日本語だけなのかは僕はわからないんだけど、皆さん、日本に住みたいと思ってる？それとも、今自分が住んでる場所で幸せに暮らせればいいと思ってる？うん。どっちもいい点もあるし、悪い点もあるよね。やっぱりね、自分が生まれ育ったふるさとで、自分が慣れた場所で一生暮らしていくっていうのもいいと思うし、自分が行ったことないところに行ってみたいっていう、そういう考え方もいいと思うんだけど、わかった。僕がね、いろんなところに住んでみたいなって思う理由が分かった気がする。僕昔からたくさん引っ越しをしてたんだよ。家族の、仕事の都合で、引っ越しを今まで幼少期からたくさんしてきたんだよ。だから僕にはふるさとがないんだよね。うん。だから、ふるさとを持たないっていうことに対して、あまり抵抗がないんだ。うん。多分それが理由だと思う。うん。そうだね。だから、昔から同じ場所にずっと住んでて、自分のふるさとが大好きっていう人は、別の考えを持ってるんだろうな。で、僕も、生まれてからそういう生き方をしてたら、そういう考えになってたかもしれない。うん。だからやっぱり、幼少期の経験って大切だよね。うん。幼少期に自分の性格が形成されると言っても過言ではないよね。うん。僕は、いつも田舎に旅行すると思うことがあるんだよね。僕はね、結構な頻度で、日本国内と田舎に行くことが多いんだよ。
それこそ、田んぼだけが広がってるような、田舎に車で行くこともあるんだけど、僕はそのために考えるんだよね。もし僕が、この田舎で生まれて育ったら、どういう性格になってたんだろうって思うんだよね。でね、僕はね、今まで、いろんなところに引っ越してきたんだけど、結局ね、東京にいる時間が結構長いんだよね。東京ってさ、本当にいろんな人がいるし、これはね、人によって考え方違うと思うけど、世界でも最大の都市だよね、東京っていうのは。だから、東京にはもう何でもあるんだよ。エンターテインメント施設もたくさんあるし、ご飯もたくさんあるんだけど、だからね、基本的に生活をしてて不便なことがない。うん。その代わり、東京って、東京の範囲が広すぎて、東京の中に住んでると、田舎に行くのにすごい時間がかかるんだよ。だから、東京の中にいると、自然というものと触れ合う機会っていうのが本当に少なくなる。だから、生まれてからずっと、田舎で暮らしてたら、本当に不便なことも、たくさんあると思うんだけど、そういうそのエンターテインメント施設とか少なかったりとか、逆に東京と比べて不便な分、自分の中で楽しみを見つけるのも、もっと上手になってたかもね。やっぱり、便利すぎるとさ、それが当たり前になっちゃって、それに対する、楽しさっていうのを忘れたりするじゃん。だからね、その楽しいこととか、嬉しいことっていうのが、当たり前になりすぎるのってそんなに良くないのかもね。なんか僕が、留学してた時に、誰かの話を聞いて、知ったことがあったんだよ。で、これはね、まあ、まあ、合ってるか間違ってるかわかんないんだけど、人間って比較することによってしか幸せになれないらしいんだよね。これって面白いよね。だから、うん。まあ、そういう人間の性質があるからこそ、SNS が普及してると思うんだけど、やっぱり自分が、あの人と比べてお金持ちだから幸せに感じるとか、えー自分があの人と比べて高級なバッグを、より高級なバッグを持ってるから幸せに感じるとか。比較することって、これ以外にもたくさんあると思うんだけど、人間が幸せになるためには、格差がないといけないらしい。うん。これ面白いよね。そう、だから、格差とか、人々の差がないと、人間には幸せが生まれない。だから、やっぱり人間って、平等であるべきだし、公平な世の中になるべきだとは思うんだけど、みんなが、公平になる。みんなが完全に平等になってしまうと、世界から、幸せというものはなくなるのかもしれないね。いや、どうなんだろうね。ああ。幸せって何なのかっていうのは考えるのは本当に興味深いことなんだけど、なんか人間の幸せの作られ方って、
まあ人間の歴史の中で、どんどん変わってきてるらしいんだよ。で、昔はさ、昔って、本当に大昔ね。今から本当に大昔のことについて話すけど、昔は、えっと、狩りをして、肉をゲットしてそれを食べてとか、生えてる草を採取してそれを食べてとかして、人間って生活してたと思うんだけど、そっから、えっと、植物を栽培するようになって、人間って家畜を飼うようになったじゃん。で、それによって、一人一人が富を持つようになったじゃん。そうするとさ、自分はあいつよりもたくさんの富を持ってるっていう、そういう考え方が生まれたと思うんだよね。で、そこからやっぱり、領土とか、富の取り合いとかで、争いが生まれるようになって、で、今もね、いろんな形での争いはあると思うんだけど、やっぱり自分が手に入れたものを、自分だけのものにするようになって、幸せだとか、不幸せだとかっていう、そういう考え方が生まれてきたと思うんだけど、今のそういう世の中だと、格差っていうものがなくなるのは、本当に難しいんだなって思うね。いや、なんかやばい。また今日もこういう真面目な話をしてしまった。うん。でもね、なんか僕って、幸せって何なんだろうっていう考える時間が多いんだよね。うん。みんなが考える幸せって何？うん。みんなさ、何してる時が一番幸せなの？僕はね、何してる時が一番幸せかな。こうやって僕のどうでもいい話をみんなに聞いてもらってる時が幸せかもしれない。うん。僕やっぱりね、喋るの大好きなんだよね。で、最近さ、VR チャットの、動画を出してるんだよね。で、その VR チャットで、いろんな人と日本語で会話して交流してるんだけど、なんか、その、録画した動画を僕が後で見返すことが多いんだけど、自分喋りすぎだなって思うことが多いんだよね。うん。なんかさ、相手の話を遮ってまで話してるなっていう感じることがあって、それはね、ちょっと慎まなきゃなって思うことが多々あるんだけど、それだけ僕ってお話しすることが好きなんですよ。でね、話すことが好きっていうのもやっぱりね、人間の欲望の中では結構大きめの欲望らしい。うん。で、人間って三大欲求があるよね。性欲と食欲と睡眠欲。この三大欲求ってさ、海外でも同じ？みんながさ、暮らしている国でも、この三大欲求がよく使われる？日本で、日本でよく言われる三大欲求は、性欲、食欲、睡眠欲です。うん。でね、僕はね、比較的その三つの欲求っていうのが少ない方だと思うんだよな。性欲、性欲はね、自分ではあると信じてるんだけど、いや、性欲ありますよ、もちろん。うん。あるんだけど、自分より性欲強いなって思う人いるし、食欲が全然ないね、僕は。ね、うん。なんかね、あんまりご飯食べません、僕は。でも、そうだね。お腹すくなって思う時はあるね。そういう時はご飯食べるんだけど、お菓子を食べることがあまりないね。朝ごはんと昼ごはんと夜ご飯以外の
に、その3つの食事以外で食べるっていうことがあまりない。うん。だからあまり食欲はないかもしれない。で、睡眠欲、そうだ、僕睡眠欲はあるな。うん。うん。逆に、あまり性欲はないかもしれない。睡眠欲僕たくさんあるんですよ。前、ポッドキャストで僕が不眠症っていう話をしたんですけど、やっぱりね、寝れないと辛い。やっぱりね、僕は1日8時間は寝たいな。うん。ただ、昼寝はしない。うん。だから昼寝をする人と比べたら、睡眠欲はないかもしれないんだけど、だからね、ま、うん。睡眠欲は普通かな。普通なんだけど、睡眠はたくさん取りたいなって思ってる。じゃないとね、日々の日常生活に、支障をきたすからね。うん。まあとは何があるかな。あとはね、日本でよく言われるのは、承認欲求だよね。例えば、SNS に、投稿して、そこにつくいいねの数を見て承認欲求が満たされるっていう人はいるよね。でもね、僕は別に承認欲求ないわけじゃないけどね。うん。結構ね、僕ね、褒められるの好き。うん。結構ね、褒められること好きなんだよね。逆に怒られることは嫌いなんだけど、僕が子供の頃はね、あの例えばね、テストで100点を取ったらね、それをね、お母さんに見せるのが、本当に楽しみでしたね。僕可愛いでしょ？うん、だからね、褒められるのが好き。で、自分に子供ができた場合も、褒めて伸ばしたいなって思ってる。うん、たくさん褒めたいなって思う。ただね、僕はね、怒られることは嫌いだね。うん。人にいろいろ言われることが嫌い。で、日本って、中学生とか高校生になると、部活動に参加するんだけど、で、僕はバスケットボール部に所属してたんだよ。で、やっぱりね、そういうスポーツをやってると、監督とか、コーチに怒られたりとかすることって多いんだよね。で、別にそれっておかしいことじゃなくて、普通のことなんだけど、僕はそれが嫌いだったね。うん。やっぱり人から怒られるのってやっぱり嫌だよね。でもね、そうやって人から怒られたりとか叱られたりすることって、後から考えると、自分の成長に、本当に必要なことだったなって思うんだよね。後になって考えてみると、あの出来事が自分を強くしたなって思うことは多いんだけど、もう一生誰かから怒られるっていうことはされたくないかな。でもね、やっぱりね、ミスをしてしまった時とかっていうのはやっぱりね、誰かから叱られたりとかすると思うんで、できるだけね、そういう過ちを起こさないように、自分がミスをしたりとか、過ちを起こさなければ、人から叱られることっていうのはないと思うから、そういうことをしないように、これからの人生はね、生きていこうと思う。うん。はい。皆さんにとっての幸せって何ですかね。でもね、褒められるのが好きっていうのはね、僕だけじゃないと思うんだよね。みんな、人から褒められるのは好きだと思う。うん。だからね、僕が褒めてあげますよ。皆さんのことを。皆さん、毎日日本語勉強頑張ってるね。すごいね。うん。まずね、もうね、
このポッドキャストだいぶ終わりの方に来てるんだけど、まず僕のこの日本語のポッドキャストをこの時間まで聞いてる時点で、皆様本当にすごいよ。うん。本当にすごい。うん、だからね、僕の動画を見てくれてる人は、本当にみんな褒められるべき存在だと思うから、これからも、一緒に、人生幸せに生きていくためにも、一緒に頑張っていこうね。僕も頑張るからさ。うん。そう。だからこういうふうに僕は、幸せって何なんだろうって考えることが多いんだけど、皆さんもね、自分にとっての幸せを考えて、その幸せに、向かうために毎日生きてってください。多分ね、日本語を勉強している皆さんにとって、日本語を話せるようになって、日本語を聞けるようになって、日本人の友達を作ったりとか、日本語のアニメを字幕なしで見れるようになることが、皆さんにとっての、幸せだと思いますので、その幸せに向かって、頑張っていっていただければなと、そういうふうに僕は思います。はい。はい。なんか今日は本当に真面目な話をしてしまったね。次回のポッドキャストは、もうちょっとおちゃらけたもうちょっとふざけたお話をしようかなって思うね。うん。でもね、結局、いつもポッドキャストって、結局いつも僕のポッドキャストって、真面目な話になりがちなんだよね。なんでなんだろうね。うん。なんか、僕に話してほしいトピックとかあったらね、ぜひコメント欄に書いてください。僕もね、それについて話すように頑張ります。はい。では、本日は時間になってしまいましたので、ポッドキャストを終わりにしようと思います。皆さん、本日も僕のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストも聞きに来てください。それでは今日はこれで終わりにします。バイバイ。はい。ジロファムの皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。皆さんお元気ですか？今日はね、まず皆さんに謝らないといけないことがあります。皆さんに僕からの謝罪をさせてください。実はね、つい最近ライブ配信をこのチャンネルでやったんですよ。で、ライブ配信とっても楽しかったですね。いつもさ、こうやって、録画したものを YouTube にアップロードして、その動画をみんなに見てもらってるんだけど、ライブ配信だと、リアルタイムでみんなと交流できるじゃん。みんなも、チャットで僕といろんなお話をしてくれたんだけど、それがね、とっても楽しかったんだよ。うん。めちゃめちゃ楽しかった。だから僕、テンション上がっちゃったんだよね。で、最初、ライブ配信を始めた時は、できるだけみんなの睡眠に役立つような、生配信をしようと思ってたんだよ。で、ライブ配信を始めたのが、確か夜の9時なんだよね。そこから、約2時間にわたって、ライブ配信をしてました。でね、最初は、静かな、低い声でね、皆さんの眠りに、の助けになるような声でライブ配信をやってたんだけど、途中から、みんなとお話しするのが楽しくて、テンションが上がってっちゃって、で、もうすごい大きな声を出して、生配信をやってたんだよね。で、多分、その放送を、生で見てた人は、多分ね、途中で寝ようと思ってても寝れなかったと思うんだよね。うん、僕の声がうるさすぎて眠れなかったと思う。で、僕も、テンションが上がってたから、いろいろね、ふざけた発言とかをたくさんしてしまいましたね。うん。
で、今は多分、そのライブ配信の様子が、YouTube 上に残ってると思うんだけど、僕の恥ずかしい姿を、皆さんに見せてしまったので、こういった恥ずかしいことはもうしないぞという、そういう戒めも込めて、残しておいてます。うん。だけどね、恥ずかしくなったら、消すかもしれない。うん、削除するかもしれない。だからぜひ、そのライブ配信の様子が見たい人は、もしまだ残ってたら、その動画を見てみてください。うん。でもね、ライブ配信も、このポッドキャストと同じように、皆さんの睡眠を助けられるような、そんなライブ配信を目指していくので、また次回のライブ配信に期待してください。はい。はい、今日はね、何を話そうかなって考えてたんだけど、僕が考えたのはね、間違えた。遊園地っていうテーマだね。みんなさ、遊園地行ったことある？遊園地って何かわかる？遊園地って、英語で言うと何なんだろう。テーマパークとか、アミューズメントパークになるのかな。今日はね、なぜか、遊園地について話そうと思ったんだよね。うん、なんでかはわからない。うん。でもなんか最近、生放送でも話したんだけど、夏って、学生とかが夏休みの時期じゃん。だからこの時期って、遊園地に行く人が多いと思うし、花火大会もあるし、いろいろなエンタメがあるよね。で、最近テレビでも、遊園地の特集をやってたりとかして、うわー、僕も行きたいなーとか思ってたんだよ。だからね、遊園地について話そうと思う。あ遊園地って言ったらね、僕は、最近はあまり行ってないんだけど、子供の頃にね、行ってたかな。で、日本で、一番有名な遊園地といったら、東京ディズニーランドだよね。ディズニーの、うん、ディズニーのディズニーランドなんだけど、ディズニーって日本のものじゃないよね。アメリカのものなんだけど、ディズニーはね、日本で超人気なんだよ。だから、え東京ディズニーランドも人気だし、一番有名な遊園地じゃない日本では。で、ディズニーって本当に人気で、アニメも人気だし、映画も人気だし、あと何より、ディズニーのキャラクターってすごい多いよね。で、僕はね、あまりディズニーはね、あまり詳しくないんだけど、ディズニーランドは、結構行ったことがある。うん。で、僕の中での一番古い、ディズニーランドの、記憶といえば、5歳とか6歳とか、そのくらいの記憶だと思うんだよね。両親にサプライズで、東京ディズニーランドに連れて行ってもらったんだよね。車で連れて行ってもらったんだけど、その時はね、僕は本当にいろんなことに対してビビってたんだよね。臆病な子供だったから、ディズニーランドのアトラクションって、比較的そんなに怖いアトラクションってないんだよ。遊園地によっては、すごい高さから急降下する、ジェットコースターとかってあると思うんだけど、ディズニーランドのアトラクションって比較的、子供でも楽しめるような優しいアトラクションが多いんだよね。そう。だけど、僕は臆病な子供だったから、そんな子供に優しいディズニーのアトラクションでもすごい怖がってた。うん。だからね、いろんなアトラクションに乗りたくないなって思ってたのは覚えてて、
カリブの海賊っていうアトラクションがあるんだけど、実際乗ってみるとそんなに怖いアトラクションじゃないんだけど、両親に向かって乗りたくないって言ったのを覚えてるよね。うん。しかも、東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーのアトラクションって、とても人気だから、すごい時間並ぶんだよ。列に。で、確かね、列に並び始めて、まあ、なんか時間が経った後に、やっぱり乗りたくないって僕が両親に言ったのを覚えてるね。本当に迷惑な子供だよね。せっかく長い間並んで、ようやく乗れるっていう時にね、やっぱり乗りたくなくなったんだよね。そう。だからね、ディズニーランドに、子供の頃から行った記憶があるね。で、他に子供の頃に行った遊園地はね、浅草にも有名な古い遊園地がある。確か日本で一番古い、日本最古の遊園地だった気がするんだけど、そこはね、すごい敷地面積も狭くて、置いてあるアトラクションも優しいから、すごい小さい頃も楽しめたっていうのを覚えてる。うん。でさ、さっき東京ディズニーランドと東京ディズニーシーっていう話をしたんだけど、今話した通り、東京の、ディズニーリゾートには、2つのテーマパークがあるんだよ。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーっていう2つのテーマパークがあります。で、どっちかっていうと、東京ディズニーシーの方が、大人向けなんだよね。うん。だから、アトラクションとかも東京ディズニーシーに置いてあるアトラクションの方が、ちょっと怖いんだよね。で、僕の中で、東京ディズニーシーは怖いっていうイメージが子供の頃はあったから、中学生になるまで、東京ディズニーシーには行ったことがなかった。うん。全く行ったことがなかった。でもさ、中学生になると、友達とディズニー行こうよ、みたいな雰囲気になるんだよ。だから、中学1年生の時に友達と初めて東京ディズニーシーに行った。うん。で、すごい楽しかった。やっぱり人間って行ったことがないテーマパークに行くとめっちゃテンションが上がるんだよね。みんなもさ、海外旅行とかってさ、自分が今まで行ったことがない地域に行くとワクワクして興奮するじゃん。だからね、初めての東京ディズニーシーはめっちゃ楽しかったのを覚えてる。で、それまで僕がディズニーランド行ってた時って、いつも家族と一緒だったんだよ。友達と一緒にディズニーに行ったことがなかったんだけど、初めてね、友達と行ったディズニーはめっちゃ楽しかったね。うん。で、そこからね、中学生の頃はもう本当に頻繁にディズニーランドまたはディズニーシーに行ってたんだよ。で、多分ね、1年に4回から6回は行ってたと思う。本当に高頻度でディズニーランドかディズニーシーには行ってたんだよね。逆に言うと、なんか、ディズニーランドとかディズニーシーが、遊ぶ定番のスポットになってたんだよ。うん。東京の学校に僕は通ってたんだけど、東京って、いろいろなエンタメがあるって思われてる一方で、大人向けのエンタメが多いんだよね。それと比べてディズニーは、子供がたくさん行けるような場所だし、優しいアトラクションもたくさんあるから、僕たちはね、もうすごい高頻度でディズニーに行ってたんだよね。で、高校生になってからは、あまりディズニーランドとかには行かなくなった。それでもね、行くことはあったんだけど、中学生の頃と比べて頻繁に行くことはなくなったんだよね。
そう。なんだけど、でね、やっぱり、大人になるにつれて、ディズニーには行かなくなってくるんだよ。うん。なんでなんだろうね。うん、まあ、でもやっぱりさっき話したみたいに、まあ、大人向けのエンタメ、まあ、ディズニーランドに行くっていう以外の、まあ、選択肢が、まあ、たくさん増えたんじゃないかなって思うね。うん。で、だからね、最近はあまりディズニーに行ってないけど、行ってみたいなって思ってる。でさ、東京ディズニーランド以外にも、世界中にディズニーのテーマパークってあるじゃん。でね、まあ僕東京以外で行ったことあるのが、フランスのパリにあるディズニーランドに行ったことがある。うん。で、確か、そこのディズニーリゾートも2つのテーマパークがあるんだけど、僕はね、片方に行きました。で、その頃僕はヨーロッパに住んでたから、まあそれを絶好の機会と捉えて、まあ、フランスの、まあ、パリのディズニーランドに行ったんだよね。でさ、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、僕ってもう東京のディズニーランドとか東京のディズニーシーにもう何回も行ったんだよ。だから、どこにどんなアトラクションがあるかもう全部把握してるし、なんかね、まあたとえその場所に行ったとしても新鮮味があんまりないんだよね。うん。新鮮味がない。ただ、フランスのパリのディズニーランド、まあ初めて行く場所じゃん。超楽しかった。うん、めちゃめちゃ楽しかったんだよね。うん。あのね、まあ、たとえ東京にあるアトラクションと同じだとしても、なんかね、中身が違うんだよ。うん。まあ、例えば、スペースマウンテンっていうアトラクションがあるんだけど、スペースマウンテンはね、フランスのパリのディズニーランドは、東京のと比べて、あのね、速度が全然違った。うん。もう東京のスペースマウンテンよりも、もうはるかに速いスピードで動いたんだよ。だからそれが本当に刺激的で、えディズニーランドってこんな場所あるんだって思ったんだよね。そう。でさ、ディズニーの、テーマパークって世界中にあるじゃん。まあ、東京はさっき話したけど、まあ、東京以外にも、まあ、パリもあるよね。で、アメリカにもあるし、で、中国にもあるよね。だから、まあ、生きてる間に、まあ、すべてのディズニーランド、まあ、すべてのディズニーのテーマパークに行きたいなって思ってる。うん。みんなはさ、今までディズニーランドに何個行ったことある？うん。全部行ってみたいな。でもやっぱり一番行ってみたいのは、まあ、本場のアメリカのディズニーのテーマパークだよね。なんか東京のディズニーランドと比べて、規模が全然違うらしいよ。うん。面積が超広いらしい。だから本当に一つの街みたいになってるんだって。だからね、行ってみたいなって思ってるんだけど、いつ行けるかな？今ってさ、まあ、あまり僕時間がないから、まあ行く暇がないんだけど、まあそんなこと言ってたらさ、いつまで経っても行けないじゃん。うん、だからさ、行ってみたいなと思ってるんだけど、いつ行けるかな？で、友達の中にはさ、もうすでにアメリカのディズニーランドに行ったことがある人がいるから、でその人たちの話を聞くと本当に楽しそうなんだよね。うん、だから早く行きたい。うん。で、さっきから僕、東京ディズニーランドは東京にあるみたいな感じで話してるんだけど、実はね、まあ、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーって、東京都にないんだよね。知ってたみんな。日本には都道府県っていうのがあって、47の都道府県に分かれてます。日本っていうのは。で、もちろん東京都っていう場所もあるんだけど、実は、ディズニーランドがあるのは千葉県っていう県なんだよね。で、多分、まあ、世界的に見たら、まあ、地理的にも、えっと、まあ、本当にね、東京ディズニーランドが位置してるのって、まあ、千葉県と東京都の、まあ、本当に、
境界線上に近いところなんだよ。うん。で、世界的にも見てもさ、東京ってさ、千葉よりも有名じゃん。だから、東京ディズニーランドっていう名前をつけたと思うんだけど、実はね、東京ディズニーランドは東京都にはないんですよ。千葉県にあります。これね、知らない人結構いると思う。うん、結構知らない人いると思う。でさ、東京ディズニーリゾートが、一番日本で有名な遊園地だと思うんだけど、2番目に有名なのってなんだろうね。で、日本でさ、本当にたくさんの遊園地があるから、本当に、どれが一番有名な遊園地かって決めるのって結構難しいんだけど、僕の中で、2番目に有名なんじゃないかなって思うのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだね。USJ って略されることが多いんだけど、これはね、大阪にあるんだよ。で、僕は今まで1回だけ行ったことがある。うん。でね、えーアトラクションに関しては、東京ディズニーリゾートと比べても大人向けかもしれない。うん。で、僕も1回だけしか行ったことないんだよね。で、大学生の時に行ったんだけど、ちょっとね、記憶が曖昧なんだよね。うん。なんか、僕の中で一番記憶に残ってるのが、恐竜のジェットコースターなんだけど、プテラノドンなのかな。飛ぶことができる恐竜をモチーフにしたジェットコースターなんだけど、この、なんて言うんだろうな。腕の位置に、安全バーみたいなのが取り付けられて、手とか足を自由に動かせる状態で、下を見ながら、動くっていう、そういうジェットコースターがあったんだよ。で、それがね、スリリングでめっちゃ面白かったのを覚えてる。で、あとはね、反対向きに動くジェットコースターっていうのがあったね。後ろ向き。だから、普通さ、ジェットコースターって、進行方向。自分が見えてる方向が進行方向じゃん。ただ、そのジェットコースターはね、後ろに向かって動くんだよ。後ろに向かって進むんだよ。で、だから、次、どんな、坂が待ち受けてるとか、どんなコースが待ち受けてるとかっていうのがわからないまま乗るんだよね。で、それが一番怖かったかもしれない。うん。でもただね、もう本当に面白かった。うん。で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンといえば、任天堂のエリアがあるよね。で、僕乗りましたよ、マリオカートのアトラクション。まだ行ったことなかった、人がいたら、ネタバレになっちゃうから、あんまり詳細まで話さないんだけど、本当に、ゲームのマリオカートの世界がそこに広がってる。うん。で、マリオカートのアトラクションは、本当に、マリオたちとレースをしてるかのような感覚に陥るぐらいの、そういう超リアルなアトラクション。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行ったら、ぜひ行ってほしいね。で、今はどうかわからないんだけど、なんかね、前売りのチケットだかなんかを、予約してなきゃいけないのかな。うん。任天堂のエリアって、本当に、有名な、っていうか、本当に人気なエリアだから、確かね、行く前に予約しなきゃいけないんじゃなかったかな。うん。確か何時から入れるみたいなのが決まってたはずだから、もし行きたいと思ったら、そういう下調べも必要だから、気をつけてね。あと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで有名なのは、ハリー・ポッターのエリアだね。で、僕ね、ハリー・ポッターあまり詳しくないんだよ。うん。前ね、ポッドキャストでも話したんだけど、僕って長い映画を見ることが苦手なんだよね。で、本を読むことも苦手だから、だからね、ハリー・ポッターもあまり本格的に見たことはない。で、昔、
頑張ってハリーポッターを見てみようと思って、確かね、第3話まで見たことがあるんだけど、そっからね、見てないんだよね。で、ハリーポッターのエリアがあるんだけど、たとえね、ハリーポッターを見たことがない人でも楽しめる、そんなアトラクションだった。うん。なんて言うんだっけ。忘れちゃったけど、ハリーポッターにも、ジェットコースターのような、乗って楽しめるアトラクションがあるんだよね。で、ハリーポッターと一緒に空を飛んでるような感覚に陥ることができるアトラクションなんだけど、これもね、ぜひ体験してほしい。だから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くとするならば、絶対にハリーポッターのエリアと任天堂のエリアは行ってほしい。うん。みんな忘れないでね。うん。で、前売りのチケットとか必要な場合もあるし、前もって予約しておかなきゃいけないっていう、そういう場合もあるから、そういうのはちゃんとね、下調べしていってほしいな。うん。で、今まで、えっと、ディズニーランドとユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて話したんだけど、どっちもね、海外の文化だよね。ディズニーもはアメリカのものだし、で、任天堂ワールド、任天堂は、日本のコンテンツだけど、ハリーポッターはイギリスのコンテンツだし、海外のコンテンツを扱ったものが日本ではすごい人気。うん。だけどね、日本産というか、日本の会社が運営していて、そうだね。厳密に言えば東京ディズニーランドも日本の会社によって運営されてるんだけど、海外のコンテンツを扱ってなくて、日本国内で、有名な遊園地っていくつかあるんだよ。で、有名なのは、富士急ハイランドっていう遊園地だよね。で、これはね、富士山ってみんな知ってるかな？富士山っていう日本で一番高い山の近くにある、遊園地なんだよね。で、そこの富士急ハイランド、何が有名かっていうと、お化け屋敷とジェットコースターなんだよ。うん。で、なんで有名かっていうと、そのレベルがね、すごい高いんだよ。お化け屋敷だったら、日本でももうトップレベルに入るくらい怖いお化け屋敷で、ジェットコースターも日本でトップレベルに入るぐらい怖いジェットコースターなんだよね。でね、僕はね、友達と行ったことがあるんだけど、僕って、今でも臆病な性格だから、えーお化け屋敷には入らなかった。うん。お化け屋敷が本当に怖そうだったから、お化け屋敷は入らなかったね。あと、A じゃないかっていう、本当に怖いジェットコースターがあるんだよ。さっき話した USJ のジェットコースターに似てるんだけど、本当に手足がチューブラリンの状態で乗らなきゃいけないジェットコースターがあるんだよ。で、それが本当に怖かったから、それもね、僕は乗らなかった。あとはね、僕が本当に苦手なのが、フリーフォール。うん。上から下に一気に落ちるような、そんなアトラクションは僕が苦手だから、フリーフォールも僕は乗らなかった気がするね。うん、だからね、本当に僕は、臆病でビビリな人間なんだよね。うん。でもね、その頃は、まだ学生だったから、大人になった今だったら乗れるかもしれない。うん。ただね、積極的に行こうとは思わないんだけどね。うん。そう。だから、フリーフォールのアトラクションは僕は基本的に苦手。で、東京ディズニーシーにも、タワーオブテラーっていうフリーフォールのアトラクションがあるんだけど、それはね、僕は乗れます。だけど、僕の中で、一番怖いディズニーのアトラクションはそのタワーオブテラーだね。フリーフォール本当に苦手だからね。でね、タワーオブテラーって、なんかね、季節によっては、そのレベル、その怖さの度合いが上がってる季節があるんだよ。で、そういう季節だって知らないで僕行くからさ、なんかいつもより怖いなって思う時があるんだよね。で、そんな時は、
うわー、怖いけど我慢しようって思って、あの、タワーオブテラーって、各席の横に手すりがあるんだよ。そう。手で持てる手すりがあるんだけど、僕はいつもそこをね、全力で掴んで頑張って耐えてます。はい。はい。でね、ディズニーのアトラクションって、確か、タワーオブテラーもそうなんだけど、落ちてる時の様子を写真で撮ってくれるんだよね。うん。で、確かね、そのアトラクションに乗った後に、その時に撮影した写真を購入できるんだよ。うん。で、学生の頃とかだと、写真で、写真にあのポーズで写ろうぜとかそういう会話をするんだよ。で、僕も頑張って、みんなで決めたポーズをして、笑顔で写ろうって思うんだけど、もう何回やってもね、なんかね、怖そうな顔、怖いのを耐えてる顔をしてるね、僕はいつも。うん。だからそうやってね、写真を撮るような、そういう写真を撮ってくれるサービスもあるから、東京ディズニーランドに来たら、ぜひ、活用してみてください。はい。でね、ジェットコースターとお化け屋敷について話したんだけど、お化け屋敷はね、さっき話したみたいに富士急ハイランドの、お化け屋敷が、日本でもトップレベルで怖いと思うんだけど、僕はね、行ったことがないんだよね。ただ、それ以外のお化け屋敷は僕は何個か入ったことがあるんだけど、お化け屋敷によってはそんなに怖くないんだよ。うん。で、お化け屋敷にも、種類があって、実際に、なんて言うんだろうな。実際に、お化け役の人間がいて、僕たちのことを、お客さんを、脅かしてくるお化け屋敷もあれば、すべてが全自動になっていて、例えば、えーお客さんがそこを歩いた時にセンサーが反応して、光ったりとか、お化けの人形が動いたりとかっていう、そういうお化け屋敷もあるんだよね。で、僕が今まで経験したのは基本的にその後者の方のお化け屋敷なんだよ。実際の人間が脅かしてくるものではなくて、センサーとか機械とかそういったものを駆使して脅かしてくるお化け屋敷なんだけど、そういうお化け屋敷ってね、やっぱり怖くないんだよね。うん。そんなに怖くない。うん。ただ、人間がさ、驚かしてくるお化け屋敷って怖そうじゃない？だってさ、人間ってどうすれば人が怖がるかっていうのを全て理解してるわけじゃん。だから、そんなお化け屋敷にはね、できるだけ行きたくないなと思ってる。だから、富士急ハイランドのお化け屋敷にも今まで行ったことがないんだよね。うん。でね、そういった遊園地って、ただアトラクションを楽しむだけでも、十分楽しいんだけど、季節ごとにいろんなイベントがあるんだよ。例えばね、夏とかだと、花火が打ち上がる遊園地も多いし、冬はね、イルミネーションが綺麗なんだよね。うん。特にね、ディズニーランドとかディズニーシーの、クリスマスシーズンっていうのは、あらゆる場所が、イルミネーションでデコレーションされてるから、それがね、すごい綺麗。で、ディズニーシーにはね、もう大きなクリスマスツリーが、飾られるんだけど、そこでね、友達と一緒に、記念撮影するのもね、おすすめですよ。で、夏はね、確かディズニーとか、USJ とかだと、水がかかる、そういったイベントが多いんだよね。ずぶ濡れになるような、そんなイベントが多い。うん。で、ディズニーランドとか USJ を本気で楽しもうって思ってる人は、あのね、レインコート、カッパとも呼ぶけど、そういったものをね、着てく人がいる。で、そうやってね、ずぶ濡れになるようなイベントって、パレードであることが多いんだけど、パレードって結構人気だから、そのパレードが始まる、何分か前、ひどいと何時間か前から、そのパレードの場所に、陣取ってないといけないんだけど、そういった、えーまあ、早い時間帯からパレードのために、
待ってる人たちっていうのは、基本的にね、カッパとかレインコートを着て、びしょ濡れになってもいいようにしてるんだよね。うん。で、あとはね、東京ディズニーランドって、スプラッシュマウンテンっていう、そういうすごい有名なアトラクションがあるんだけど、スプラッシュマウンテンってね、あまり水がかからないんだよね。ただね、東京ドームシティっていう、東京ドームっていう野球を、えーするので有名な場所があるんだけど、そこの隣にある遊園地の、なんかね、スプラッシュマウンテンの小さい版みたいなのは、確かね、水がたくさんかかるから、なんかね、カッパを貸してくれるんだっけな。うん。なんか忘れちゃったんだけど、とにかく日本には、そうやってずぶ濡れになるようなアトラクションが多い。うん。多分ね、日本の夏が暑いから、そういうアトラクションが多いんじゃないかなって思ってる。うん。真相はわからないんだけどね。うん。で、ジェットコースターとお化け屋敷の他にも、観覧車っていうのが日本の遊園地では定番だね。観覧車ってさ、海外にもあるのかな？あるよね。うん。観覧車はね、まあ、遊園地には必ずあってもいいと言っても過言ではないのは観覧車だよね。ただ単に、えー、その、観覧車っていうのは、円状のアトラクションなんだけど、その円に、ゴンドラがたくさんついてるんだよ。ゴンドラっていうのから、人が入れるスペースっていうのがたくさんあって、下の位置からそのスペースに乗り込むと、それが一周するんだよね。で、その間に高いところに到達して、そこから綺麗な景色を眺めることができるアトラクションなんだけど、なんかね、観覧車はね、なんか恋人と一緒に乗るみたいなのが日本では定番かもしれないね。例えば彼氏と彼女とか、あとは好きな人同士とかで、男女でとか、好きな異性とか、好きな人と一緒にとか、で、観覧車に乗ることが多い。そこのね、観覧車に乗ってる間って、密室なんだよ。だから、二人だけの空間が生まれるんだよね。だからね、そこで、プロポーズをして、結婚しようっていう人もいるし、そこで、告白って言うんだけど、僕の彼女になってくださいとか、彼氏になってくださいとか、そういうことをする定番の場所だよね。でね、さっきも話した通り、冬はね、遊園地一帯がイルミネーションで、綺麗になってるから、そういった綺麗な夜景を見ながら、プロポーズをするとか、綺麗な夜景を見ながら告白するっていうのね、日本では、よくあることですね。はい。ちなみに僕はそんなことしたことないですよ。でもね、日本人だったらね、そういうことをしたことある人は、たくさんいると思う。うん。で、遊園地にはね、いろんな、県があるよね。日本の昔ながらの遊園地とかだと、アトラクションごとにお金を払うみたいな感じなんだよね。例えば、この観覧車は何円ですとか、このジェットコースターは何円ですみたいな感じで、アトラクションごとにお金を払うっていうのが結構あるんだけど、東京ディズニーランドとか、あとは間違えた、USJ とかって、入場料を払えば基本的に中のアトラクションは遊びたい放題なんだよね。でさ、僕が学生の頃と今とで、全然違うことがあって、それがね、値段なんだよ。だから僕が学生だった頃、例えば10年前とかって、物価がまだまだ安かったから、もっとね、安い値段で、ディズニーランドに入れたんだよね。
確かね、まあ、子供、学生の料金になったからっていうのもあるんだけど、5000円ぐらいでディズニーランドには入園できた気がする。うん。だけど今って1万円ぐらいかかるんだよね。そう。めっちゃ高い。めっちゃ高額になった。で、そうやって、なんていうの、入場料が高額になっただけでもすごい驚きなんだけど、ファストパスが有料になったのがもっと驚き。うん。みんなファストパスって知ってる？ファストパスっていうのはね、列にあまり並ばない。長い時間列に並ばないでアトラクションに乗れるっていう、そういうチケットなんだよ。でさ、まあ、特にディズニーランドとか USJ とかだと、ひどいと、まあ、2時間とか3時間とか列に並んでアトラクションに乗らなきゃいけないんだよ。で、それってさ、すごい不便じゃん。で、1日、まあ、長くても、その、遊園地に入れる時間って、まあ、朝の9時から夜の、まあ、9時とか。だから、まあ、約12時間だよね。で、その12時間のうちの2、3時間を列に並ぶことに使うってすごいもったいないじゃん。だから、まあ、ファストパスっていう制度があるんだよね。で、僕が学生の頃って、ファストパスにお金かからなかったんだよ。うん。例えば、ディズニーランドだと、ファストパスの発券機っていうのがあったんだよね。で、ファストパスの発券機に行って、ファストパスを発行すると、何時から何時までに使えるファストパスですっていう、そういうファストパスが発行されるんだよ。で、それを、えー使えるんだよね、その時間になると。で、そのファストパスを発見するのって無料だったんだよ。だけどね、今はそれが有料になってる。もうビジネスだなと思ってさ。そう。まあ、ディズニーを運営してる会社も、まあ、プライベートカンパニーだし、まあね、儲けることがね、まあ最優先だと思うんだけど、そういう列をスキップするためにもお金がかかるようになっちゃったんだよ。だから、本気でディズニーランドを楽しもうとすると、まあ、入場料以外にも、まあレストランで食べる時の食費だとか、そういったファストパスを買う時のお金とかがかかったりして、めちゃめちゃお金かかるんだよね。でさ、まあ、僕は東京に住んでるから、いつでも好きな時に東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーに行けるんだけど、まあ、やっぱり地方から東京に遊びに来る人って多いじゃん。でそういう人って、まあ、一気に東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを楽しむ人も多いんだよ。するとさ、宿泊費もかかるじゃん。うん。だからね、家族4人とかで地方から出てきて、1泊2日で東京ディズニーリゾートを楽しもうってなったら、まあ相当なお金がかかると思うんだよな。うん。で、まあしょうがないね。今は、日本人よりも購買力が高い外国人観光客とかが日本にたくさん来てるから、ディズニーランドの、まあ、そういった諸々の料金っていうのを高額にする気持ちもわかるんだけど、まあ、昔はね、もっと安く楽しめてたっていうのを考えると、なんか正直ね、悲しい気持ちになるね。うん、少し寂しい気持ちになる。うん。まあ、ただね、しょうがないね。まあ、僕も大人になったから、まあ、お金をたくさん稼ぐしかないよな。で、まあ僕が今ね、東京ディズニーリゾートの値段が高くなったって嘆いてるんだけど、まあ海外の東京ディズニーリゾートってもっと高額らしいんだよ。で、比較的日本のディズニーリゾートって、まあ安い方らしいんだよね。海外のものと比べたら。まあだから別にいいかなと思ってる。うん。まあディズニーもね、利益を上げないといけないからね。うん。まあそれはしょうがないんだけど、まあ少し寂しい気はするよね。うん。まあでもただね、まあ、東京ディズニーリゾートで外国の方ってあまり見かけない。うん。東京のディズニーに来てる人ってみんな日本人なんだよね。僕の中でのイメージだと。で、多分だけど、
海外からわざわざ日本に来る人って、日本の文化とかを楽しみたいと思ってると思うんだよ。日本の主要都市とかに行って日本の文化を楽しみたいって思ってる人が多いと思うんだよね。でさ、ディズニーって、さっきも言ったけど、アメリカの文化じゃん。だから、外国人観光客はディズニーに行かないのかなって思ってる。うん。ただね、日本人がたくさんいるね、ディズニーランドは。うん。で、海外のディズニーランドと比べて、日本のディズニーランドで圧倒的に違うのは、お土産を買うか買わないかなんだよね。日本人ってお土産買うの大好きなんだよ。うん。日本人ってよくお土産を買います。ね、ディズニーランドとか遊園地に限らず、どこか旅行に行った後って、日本人は、職場に対してとか、家族に対してお土産を買っていくことが多いんだよね。だから、ディズニーランドで一通り楽しんで、帰る直前っていうのはみんなね、お土産を買うんだよ。で、ディズニーリゾートから帰るときって、アーケードがあって、そこにたくさんのお土産屋さんがあるんだけど、そこでね、お土産を買う人が多い。だからね、ディズニーランドとかディズニーリゾートの中だと、日本人の購買力ってものすごいんだよ。うん。だから、日本のディズニーランドって本当にね、盤石なんだよね。で、実は、さっき言ったみたいに、世界にはたくさんのディズニーリゾートがあるんだけど、東京のディズニーリゾートだけ日本の会社が、運営してるんだよ。ちょっと待って、ちょっと表現が、誤解を生みそうだからもう一回言い直すと、えっと、ディズニーが直で運営してない唯一のディズニーリゾートが東京のディズニーリゾートなんだよね。で、フランチャイズ契約をしていて、日本の、会社が、運営してるんだよね。東京ディズニーリゾートっていうのは。で、確か、利益か売上の20%か30%かを、本場のディズニーに、送ってると思うんだけど、で、だからね、よく日本で言われてるのが、ディズニーが、えっと、日本の会社とフランチャイズ契約をして、東京ディズニーリゾートを運営してるのを、後悔してるっていう噂がね、日本では流れてるんだよね。これ本当かどうかわからないんだけど、東京ディズニーリゾートってめっちゃ儲かるらしいんだよ。うん。その日本人がさ、たくさんお土産を買うから、めっちゃ儲かるらしいんだけど、それをね、ディズニーが直で運営してないっていうのを、ディズニーが後悔してるっていうのがね、結構、そういうエピソードが日本では有名。だけどね、これも、その日本が大好きな日本人が、でっち上げたデマかもしれないんだけど、そうやって言われてる。それくらい、日本人ってお土産を買うんだよ。で、あとね、僕がフランスのパリのディズニーリゾートに行って感じたことはね、えー東京のディズニーリゾートは、ではね、みんなね、何かしらのグッズを身につけてるんだよ。で、よく多いのが、ミッキーとかミニーの耳がついたカチューシャを頭につけてる人が本当に多い。うん、そういう人がね、本当に多い。だし、何かしらディズニーのグッズを身につけてる人がディズニーランドにはいるんだよね。サングラスとか、手袋とか、そう。日本人はね、見た目から、その見た目も一緒にその場所を楽しむのが大好きなんだよ。で、最近はさ、夏だから、花火大会とかが多いじゃん。で、花火大会に浴衣で行く人が本当に多いし、で、ディズニーランドじゃなくて、例えば USJ だったら、USJ 関連のグッズを身につけてる人が多い。だからね、そういったグッズとか、お土産が日本人は大好き。だから、だから遊園地はね、すごい儲かるらしいよ。うん、儲かるらしい。うん。で、
まあそんな、まあ大儲けしてる、ディズニーランドとか、ディズニーリゾートとか、USJ なんだけど、まあ、やっぱりね、混むんだよ。で、夏とかに行くと、室外で、列に並ばなきゃいけなかったりして、それが本当に辛い。うん。だからやっぱりね、混雑をいかに避けていくかが重要なんだよね。で、もしあなたが東京ディズニーリゾートを存分に楽しもうと思ったら、もう開園時間から、えーディズニーリゾートの入り口に並ぶのがおすすめ。で、一番最初に一番乗りたいアトラクションに行くのがいい。だってさ、最初にそのディズニーリゾートが開園する時間帯って、まだアトラクションに誰も並んでないってことじゃん。だから真っ先に自分が乗りたいアトラクションに向かっていくのがおすすめ。開園した直後にね。うん。そう。で、今みたいな夏の季節に行くのって本当に辛いだろうな。あのね、暑すぎるよね、日本の夏ってで、まあ、アトラクションによっては、その列の途中に給水所があったりするんだよ。うん。そう、待ってる間に水を飲めるエリアがあったりするんだけど、まあそういうところでね、水を飲んだりしてもいいんだけど、まあその水がね、そんなに冷たくないんだよね。そう。給水器があるんだけど、そんなに冷たくないから、まあやっぱりそういうのも、冷たいお茶とか、冷たい水とかっていうのも自分で用意して、まあ水筒とか持ってくのがおすすめだよね。うん。そうだ。さっきさ、お土産とかグッズをみんな日本人は買うのが好きって話したんだけど、ディズニーリゾートだとね、みんなね、首にかけてるものがあって、それがね、ポップコーンケース。うん。ディズニーリゾートのあらゆる場所に、ポップコーンが売ってる屋台があって、で、そのポップコーン、自分が持ってるポップコーンケースに、ポップコーンを入れてくれるんだよ。まあもちろん有料なんだけど、まあそのポップコーンケースを持ってる人が多い。うん。だからそのポップコーンを食べながらディズニーを楽しんでる人が多いね。そうだ、思い出した。で、そのポップコーンケースが本当にね、たくさん種類があるんだよ。その、もちろんね、キャラクターごとにそのポップコーンケースがあるから、みんなね、それぞれが好きなキャラクターのポップコーンケースを持ってる。うん。でね、僕はね、ポップコーンケースはね、今まで買ったことがないんだけど、さっき話した、その、ミッキーとかミニーとか、ディズニーのキャラクターの耳がついたカチューシャを毎回買っちゃうんだよね。そう、だからね、まあ今僕のこの家にはないんだけど、僕の実家にはね、まあ、何個もそういうカチューシャがあるんだよね。で、行くたびに買うから、どんどん増えてくんだよ、家に。そう。でさ、なんか友達と一緒に行った時の思い出の品だから、まあ捨てるわけにもいかないじゃん。うん。だから捨てるわけにもいかないから、まあずっと実家にとってあるね。まあたださ、毎回ディズニーリゾートに行くときに行くたびに買うのってなんかもったいないから、うん。まあすでに持ってるものをつけていけばいいんだけどね。なんか毎回買っちゃうんだよな。そう。まあやっぱり日本と海外の遊園地の違いといったらやっぱりそういうところかな。グッズを買うか買わないか。パリに行った時にびっくりしたんだよね。やっぱりお客さんがそういうグッズとかをさ、身につけてないんだよ。そう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 。そういうのをね、身につけてなくて、まあ、全然日本のと違うなって思ったね。まあだからそうやって場所によって、国によって、まあ人々の楽しみ方が全然違うっていうのは面白いよね。うん。でさ、まあ一つ面白いエピソードがあって、僕がそのパリの、遊園地に行った時って、僕が大学生の頃だったんだよね。で、僕は、まあ、海外の大学にその時は通っていて、で、パリの、ディズニーランドに行った時は、まあ、友達と一緒に行ったんだよね。で、その時って、コロナウイルスが蔓延してた時期。まあ、
コロナウイルスが流行り始めてからちょっと経った時期だったんだけど、大学の授業がオンラインで行われることが多かったんだよ。で、そのディズニーに行った日、パリのディズニーリゾートに行った日、その僕の友達がオンライン授業を受けなきゃいけなかったんだよ。そう。せっかくディズニーリゾートに遊びに行ってるのに、授業を受けなきゃいけなかったんだよ。うん。たださ、オンライン授業だから、その、どこでもその授業を受けれるんだよね。うん。別に、家にいようが、ディズニーリゾートにいようが、どこにいても一応授業を受けることはできるんだよ。で、だからね、その僕の友達は、途中までディズニーでね、一緒に楽しく遊んでたんだけど、途中から、授業行ってくるわって言って、どこからね、確かね、レストランかどっかに移動して、そこでね、授業を受けてたね。そう、だからね、ディズニーリゾートにパソコンをね、持ち込んでたっていうね。うん。あれはすごかったね。僕だったら絶対嫌だな。だってさ、丸一日その日はディズニーで楽しんだんだけどさ、一日中ディズニーで楽しみたいじゃん。でさ、授業のこととか、仕事のことって、絶対考えたくないじゃん。普通だったらね。そう。だから、僕だったら絶対嫌だなって思うんだけど、その子はね、1時間みっちり、ディズニーのレストランで授業を受けてから、帰ってきましたね。うん。授業を受けてでも、ディズニーリゾートを楽しみたかったんだろうね。うん。でも懐かしいな。あの頃ってさ、あの頃大学生の人だったらわかると思うんだけど、あのコロナウイルスが流行ってた時期って、何もかもがオンラインだったじゃん。うん。だからさ、直接人と会えない分、すごい寂しいなって思うこともあったけど、そうやって授業とかがさ、すべてオンラインになった分、自分が好きな場所で作業できるようになったから、そうやって僕の友達みたいに、ディズニーから授業を受けることもできたよね。うん。そう。で、僕はね、最近は遊園地には行ってないな。うん。うん。なんかね、やっぱり、まあ、昔と比べてね、体力が落ちた気がする。中学生とか高校生の頃って、体力が無限だったから、2時間アトラクションの列に並ぶとか、朝の9時から夜の9時までぶっ通しで遊園地で歩き続けるとか、そういったことって、僕が学生だった頃って結構ね、余裕だったと思うんだけど、今はね、それができる気がしないね。特にこういった夏の季節だと、外が暑そうすぎて、うん。自分から自ら進んで遊園地に行きたいなとは思わないかな。うん。でもね、やっぱり遊園地って老若男女、どの年代からも、人気だから、その年齢に、適切、その年齢に応じた、適切な楽しみ方っていうのがあると思うんだよね。で、僕が、中学生とか高校生だった頃っていうのは、やっぱりね、いかにたくさんのアトラクションに乗るかが、勝負だったんだよね。だから、うん。アトラクションに乗れた数が多ければ多いほど、その遊園地を楽しめたっていうことになったと思うんだけど、アトラクションに乗るだけが、遊園地じゃないよね。そこの場所のグルメを楽しんだりとか、たとえ自分が、ジェットコースターとか観覧車とかに乗らなくても、今さ、ディズニーランドとかだと、ショーとかもたくさんあるじゃん。そういったものを見に行くのもいいかなとは思う。うん。で、僕がね、今行ってみたい遊園地はどこかな。さっき言ったみたいに、死ぬまでには絶対に世界中のすべてのディズニーランドを行ってみたいなと思ってる。でもさ、確かさ、ディズニーって中東かどこかにさ、新しい
テーマパーク出すよね。どこだっけ？今ね、調べてる。あ、UAE か。アラブ首長国連邦に、ディズニーのテーマパークができるんだ。へえ。これ絶対楽しいじゃん。行ってみたいな。これさ、いつできるんだろうね。いつ開業するんだろうね。開業時期は、まだ決まってないんだ。へえ。あ、そっか。設計に18ヶ月から2年かかって、建設におよそ5年かかるのか。なるほどね。ということは、まあ、最低でも7年かかるっていうことか。で、今が2025年だから7年後って2032年か。うーん。うん。まあ、今からその7年後って言ったらさ、まあ、僕がもっと年取ってるってことじゃん。その状況になってもまだ遊園地楽しめるかなって思ってうん。なるほどね。まあ、中東今まで行ったことないんだよな。で、ま、中東ってね、そう、アラブ首長国連邦とか、中東って、まあ、日本人にとって、あまりね、観光する場所としては主流ではないんだよね。だけどさ、まあ、日本って本当にたくさんのディズニーオタク、ディズニーマニアがいるから、そういった人がこういう UAE のディズニーリゾートに行くと思う。だから、まあ、日本人がこういった中東の地域に、まあ、行くような、まあ、そういうきっかけになるんじゃないかなって思うな。楽しみだね。ディズニーがさ、新しいテーマパークを作るのっていつぶりなんだろうね。7つ目の新しいパークなんだ。っていうことは今まで、っていうことは、もう世界中に6つのディズニーのテーマパークがあるってことなんだね。そんなにあるんだ。やっぱりディズニーすごいね。うん、アメリカの文化は強いね。個人的にね、その、日本のコンテンツ、まあ、ポケモンとか、任天堂のマリオとか、まあ、そういうのって、まあ、世界中でも人気だから、ディズニーランドみたいな大きなテーマパーク作ってほしいと思ってるんだけど、やっぱり採算が合わないのかな。うん。まあ僕はね、そういうなんか日本のコンテンツを集約したでっかいアミューズメントパークも見てみたいなって思ってる。USJ に任天堂のエリアはあるんだけど、まあ、そんなに大きくないんだよね。だからもっと大きいのを見てみたいなと思ってます。はい。本日は遊園地について話してみましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？僕が話した遊園地の中に行ったことがある遊園地は皆さんありましたか？今日はね、もう時間になってしまったので、これで終わりにしようと思います。それでは皆さん、また次回のポッドキャストも楽しみにしていてください。それでは、バイバーイ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。皆さん、お元気ですか？ごめん、ちょっと噛んじゃったんだけど、みんなお元気でしたか？僕はね、元気でした。久しぶりのポッドキャストだね。久しぶりですね、本当に。久しぶりなんで、カメラを置くこの位置が、ここで正しいのか、正しくないのか、ちょっと忘れてしまったんですけど、今日も元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。中華料理って美味しいよね。中華料理美味しくない？さっき中華料理食べてきたんだけど、そこの中華料理、本当に美味しかった。僕が食べたのは、ピーマンと肉の炒め物の定食なんだよね。でね、これがね、純粋な中華料理かどうかはわかんないんだよね。うん。
なんでかっていうと、そこの中華料理屋を経営してるのが、日本人の方なんだよね。日本人の、夫婦なのかな。日本人の夫婦が、経営している、中華料理屋に僕は行きました。でね、友達と一緒に、食べてたんだけど、たまに思うんだよね。これって本当の中華料理なのかなってね。だってさ、日本にはね、本当にたくさんの中華料理があるの。うん。たくさんの中華料理が日本にはあるんだよ。で、そのほとんどの中華料理が、多分ね、日本人によって運営されてるんだよね。もちろんね、中国系の方で、日本で中華料理屋を経営されてる方もいるんだけど、結構ね、日本にはね、たくさん、町中華っていうね、中華料理屋さんがあるんだけど、そういう中華料理屋はね、日本人によっていとまで、運営されてることが多いね。だから、日本人に合わせた、日本人が作った中華料理だから、あれこうやって本当の中華料理なのかって思うことがある。でさ、僕今までの人生さ、中国圏に行ったことがないんだよ。うん。だから、本場の中華料理っていうのをね、まだ食べたことないんだよね。うん。でもね、僕さ、猫舌だから、辛いもの食べれないんだよね。でさ、中華料理って、辛いの多いじゃん。辛い中華料理多いじゃん。だからね、実際の中華料理を食べたら、その辛さに耐えられるのかっていうのが、わからないね。うん。あと、韓国料理も辛いの多いじゃん。だから、韓国料理もね、食べれるか不安だな。うん。でさ、インドのカレーも辛いじゃん。だからね、基本的に辛い料理は食べれない。だけど、その国に行ったらその本場の味を楽しみたいじゃん。だから、中国行ったら辛くない。中国には限らないけどね。中華圏に行ったら、辛くない中華料理が食べたいなと思います。なんか今日、口の調子が悪いな。今日さ、久しぶりのポッドキャストだから、口がね、あまりいい感じに動かないな。うん、大丈夫かな今日さ、これから55分話すんだけど大丈夫かな大丈夫かな僕の口。そう、なんかね、最近忙しかったんだよね。うん、忙しくて、ポッドキャストを、撮る時間がなかったんだけど、それでね、僕の口も、ポッドキャストに、慣れてない状態で、ポッドキャストを撮らないで、たくさんの時間が流れてしまいました。でもこうやってね、久しぶりに、ポッドキャストが撮れて嬉しいです。なんかさ、最近の、YouTube に上げてる、僕のポッドキャスト、黒い服を着てることが多かったと思うんだよね。サムネイルを見てもらえればわかるんだけど、黒い服の時が多かったと思う。だからね、白い服は久しぶりなんだけど、どう僕と白い服の着こなしはうまく着こなせてる。うん。僕は白い服で今日は頑張ります。僕が持ってる服って大体白か黒なんですよ。何回か前のポッドキャストでも話したんだけど、僕はね、物を増やすのが嫌だし、柄のついた服を着るのはあまり好きじゃないんだよね。基本的に僕はね、ファッションセンスがないんだよ。うん。ファッションが苦手だから、もうね、わかりやすく、白色の服とか、黒色の服を着るしか僕の生きる道は残されてないんですね。うん。そう。それがね、僕が白とか黒の服ばっかり着る理由なんだよね。うん。でさ、最近忙しかった理由の一つに、ライブ配信の準備をしてたっていうのもある。このチャンネルのライブ配信ね。今までさ、2本のライブ配信を投稿したんだけど、みんな見てくれた？どうせ見てないでしょ。どうせそこの君僕のライブ配信見てないんでしょ。でね、ライブ配信ってやっぱり難しいね。こうやってさ、録画してるポッドキャストって、
何かさ、失敗しちゃったりしても、撮り直しできるじゃん。ね。だけどさ、ライブ配信って、撮り直しできないから難しいんだよね。いや、あれ本当に難しい。で、一番最近のライブ配信では、僕はね、マインクラフトの生配信をしたんだよ。でさ、全然想定通りにいかなかったんだよね。見てくれた人ならわかると思うんだけど、あのね、まず最初に、マインクラフトが思うように動作しなかったの。だから、ちょっと焦っちゃって。やばい。生配信だからみんな見てるけどどうしようって、ちょっとパニックになっちゃったんだよね。で、しかもね、僕、今さ、あの、YouTube で画面を見ている人だったらわかると思うんだけど、わかりやすいように、字幕をね、えー画面の上部に出してるんですよ。はい。僕のチャンネルは、日本語学習者の方がたくさん見てるので、そんな人にもわかりやすいように日本語の字幕をね、画面の上部に出してるんですよ。で、その字幕がうまく表示されなくて、で、トラブルばっかりだったんだよね。そう。で、もう本当に焦っちゃって、で、終始焦ったまま、2時間のライブ配信を終えました。でさ、結構ね、うまくいかなくて結構テンション下がったんだよね。うん。かなりテンションが下がった。そのマインクラフトのライブ配信をやる前にもう何回もテストしたんだよ。うん。みんなに公開しないようにして、生配信を実際にやってみたりとかして、よし、ちゃんとできるっていう状態になってから、みんなの前でね、ちゃんとライブ配信を公開したんだけど、それでもね、トラブルが起きてしまいました。はい。楽しみにしてくださった皆さん、申し訳ございません。はい。だからね、すごいテンション下がったんだけど、頑張ってたくさん準備した結果で、たくさん準備したから、正直ね、トラブルが起きたけど、しょうがないかなって思ってる。なんかさ、準備をちゃんとしないで、トラブルが起きたら、それはさ、後悔するけど、ちゃんと自分の中で大丈夫って思える状態になってから、みんなにライブ配信を公開して、うまくいかなかったから、それはね、準備ちゃんとしたから、大丈夫って思ってます。うん。自分はね、悪くないかなって思ってます。ただね、日本にはね、3度目の正直っていう、そういうことわざがあるんですよ。だからね、3回目のライブ配信は、絶対にね、失敗したくないね。うん。もう絶対に失敗したくない。うん。だからね、皆さん多分ね、いつか3回目のライブ配信やると思うんですけど、絶対に失敗させないんで、期待してください。はい。いや、人生はね、失敗と成功の連続ですからね。なんか今日さ、久しぶりのポッドキャストだからわかんないけど、喉乾く。ちょっと水飲みますね。うわ、水美味しいわ。結局さ、水が一番美味しくない？世の中にはさ、たくさん飲み物あるじゃん。水でしょ？お茶でしょ？コーラでしょ？ミルクティーでしょ？いろいろあるじゃん。でもやっぱりね、水が結局一番美味しい。あのー、ま国によると思うし、このポッドキャストを聞いてくださっているあなたが、どこの出身、どこの国の方かはわからないんですけど、あの日本って水道水が飲めるんですよ。で、こういう国結構多いと思うんだけど、日本もそういう水道水が飲める国の一つです。だからさ、蛇口をひねれば飲める水が出てくる状態なんだよね。で、いつでも簡単に手軽に水が飲めるこの環境最高だわ。うん。この環境最高。うん。全世界そうなるべきだね。うん。水が一番美味しいです。結局一番水が美味しいよね。昔はさ、多分水しか飲んでこなかったわけじゃん。人間って。それこそお茶が発明される前とか、コーラが発明される前。
牛乳が発明される前。牛乳って発明されるものじゃないか。まあいいや、一回その話は置いときます。結局さ、古くから人間って水を飲んできたわけでしょ。だからね、水が一番美味しいよ。今何を話してるんだろうね。でさ、何の話してたんだっけ。そう。人生は、失敗と成功の連続っていう話をしてたね。で、僕、最近ライブ配信をやるようになったんですけど、初めの方ってさ、何もかもがうまくいかないよね。今ね、チャンネル登録者数が、5万人になって、結構ね、たくさんの方が、僕のチャンネルの動画とか、ポッドキャストを聞いてくれるようになったんだけど、もっとチャンネル登録者数が少ない時って、いろいろ試しても、再生数が増えなかったんだよ。うん。で、僕の心の中では、僕の日本語学習コンテンツ、こんなに便利で、こんなに面白いのに、なんで誰も見てくれないんだろうって思ってたんだよね。でもね、そういうのって大抵間違いなんだよね。自分がこの日本語コンテンツ面白いって思ってても、実際に自分以外の人がそれを見ても、大して面白くないっていうことってたくさんあるんだよね。そう。それがわからなくてね、いろいろ、苦労しましたよ。うん。今もね、苦労してるんですけど、でさ、ライブ配信っていう新しい領域を自分が始めてみて、全然うまくいかないね。もう全然うまくいかないんだよね。もうどうやったらうまくなる。うん。だからね、僕は今、もがき苦しんでますね。でもね、こうやって楽しく、動画をね、作れているので、本当に贅沢な悩みなんだよね。うん。僕のね、普段の生活にはね、もっと大きな悩みありますから。はい。でもね、あんまり自分の中でね、なんだろうな、僕の性格って、あんまりネガティブじゃないんですよ。だからね、いろいろ悩みはあるんですけど、あまりね、落ち込まないタイプですね。最近はね、こうやって YouTube に動画を上げると、もう本当に心優しい皆さんのコメントを読むことができるんで、新しい友達ができてる感覚なんだよ。わかるかなこれ。やっぱりさ、僕って、日本に住んでてね。周りの友達は日本人ばかりなんだよね。だからね、コメント欄で、世界各国からの書き込みを見るのが超楽しい。マジで楽しいんだよね。だからね、これからも皆さんコメント書いてください。YouTube を開いて、自分の動画についてるコメントを見るの本当に楽しい。しかもさ、日本語だけじゃないんだよね。コメントが。もう世界各国から様々な言語のコメントが来てるから、あれを見るのが本当に楽しい。やっぱりさ、友達ってたくさんいた方がいいよね。ね。無理にたくさん友達を増やす必要はないんだけど、やっぱりね、自分にない価値観とか、自分が知らない世界を知っている人と話すのって本当に楽しい。うん。だからね、みんなのコメントを見るためにも、有益な日本語学習コンテンツをこれからも出していくから、皆さん、期待しててくださいね。はい。うん。みんなね、本当にいつもありがとうね。ライブ配信もね、見に来てくれた方、ありがとうございます。はい。でさ、今日さ、何話そうかなって思ってたんだよね。さっきまで話してたことは、今日話すトピックじゃないです。はい。今日のポッドキャストの、前段でした、さっきのは。今日さ、何についてポッドキャスト話そうかなと思ってたんだよ。で、久しぶりのポッドキャストなんだけど、みんなとね、生活の中で結構共感できるような、そんな話がしたいなと思ってて、今日選んだテーマはですね、スーパーマーケットです。
皆さん、スーパーマーケットって知ってますか？え、スーパーマーケットのこと知らないよっていう人いる？そんな人いる？ちょっと待って、今日喉乾くわ。マジで。水美味しい。スーパーマーケットっていうのは、食料品を売ってるお店のことですね。僕はね、結構な頻度で行ってますよ。買い物をしに。で、今日はね、日本のスーパーマーケット。日本のスーパーマーケット以外、海外のスーパーマーケットについても話してみてもいいんだけど、今日はね、とりあえず、スーパーマーケットについて話します。皆さん、どんくらいの頻度で、スーパー行く？うん。日本のスーパーはね、まあ、大して海外のスーパーと変わらないですよ。うん。ただね、スーパーによってそういう、いろいろ特色はあるかな。あとは、場所によってね、売られてるものの特徴が違ったりするね。うん。で、日本のスーパーはね、海外のスーパーと同じで、まずね、入り口を入ると、買い物かごをね、取るところがあるんだよ。で、たくさんの買い物かごが積み重ねられてて、そっからカゴを取って、スーパーの中に入っていくんだね。で、そのカゴの中に、自分が買いたい商品を入れていって、最終的にレジに行きます。でさ、なんか最近さ、その買い物かごの種類が増えてるんだよね。で、これって、全ての日本のスーパーマーケットに言えることじゃないと思うんだけど、僕がね、最近行くスーパーは、その買い物かごの種類がね、何個かあるんだよね。何個かって言っても2、3種類なんだよ。で、一つは普通の買い物かご。でね、他のやつはね、なんか特別な買い物かごがあって、その買い物かごを持ってる人は、僕たちとはね、行くレジが違うんだよね。で、多分スマホアプリを入れてるかなんかで、お支払いが早く済ませられるような、そういう買い物かごだと思うんだよね。ただね、僕そこに興味はないので、どんな買い物かごかは知らないんだけど、とにかく、最近は買い物かごの種類がね、2種類以上ある。だからね、最初僕、今住んでる場所に引っ越してきた時に、なんだこの買い物かごはって思ったんだよね。で、間違えて、僕が持つべきじゃない買い物かごを持ってしまったこともあるんだよ。だからね、あれちょっとわかりにくいね。うん。で、スーパーに入ったら、まず買い物かごを取るでしょ？でね、買い物かごを取って、えーっと、とりあえず前に進むんだけど、日本のスーパーだとね、入ってすぐのコーナーって、野菜を売ってるコーナーなんだよ。うん。新鮮な野菜たくさん売ってます。皆さんは、どんな野菜が好きですか？僕はね、僕が好きな野菜なんだろうな。特に好きな野菜ないね。別にね、嫌いな野菜もないんだけど、僕が嫌いな野菜なんだろうな。アスパラガスが嫌いかな。なんか緑色の棒みたいなやつ。アスパラガス。あれは僕嫌いだね。でもそれ以外は嫌いじゃないね。サラダもよく食べます、僕は。でね、僕が一番好きな野菜の食べ方は、キュウリに味噌とマヨネーズを混ぜたものをつけて食べるの。あれ本当に最高に美味しいよ。みんなやってみて。あれ本当に美味しいよ。でね、多分ね、その料理、料理っていうのかな。キュウリスティックだよね。キュウリスティックって、僕以外にも好きな人多いと思うんだよ。うん。だから、日本のコンビニに行くとね、野菜スティックっていうのが売られてて、で、野菜のね、棒状になってる野菜が、その箱の中に、パッケージの中に何本も入ってるんだよね。で、それはね、キュウリだけじゃないんだよ。キュウリと、
人参と、あとは大根かな。まあ、たまにセロリも入ってることあるね。うん。で、その野菜スティックが日本のコンビニは売られてる。で、野菜だけじゃなくて、そのパッケージの中に、そのつける、まあ、タレみたいなのが入ってるんだよね。だからね、僕もね、時間がないときは、まあ、その野菜スティックをサラダ代わりに買うこともあるね。そういえばね、今日ね、忙しくて、まあ、昼食を、まあ、いい昼食が食べられなかったんですよ。うん。で、そんな感じで、急いでる時に、えー僕が飲むものがあって、それがね、野菜ジュース。で、これはね、日本でね、どこにでも売ってるね。うん。でもね、野菜ジュースの種類が本当に多いんだよ。で、魅力的なパッケージをしている野菜ジュースがね、本当に多い。だからね、いつもね、いや、どの野菜ジュース買おうかなって迷っちゃうんだよね。で、まあ、特に僕が野菜ジュースを買うときに迷うポイントが、その栄養なんだけど、やっぱりさ、野菜ジュースを選ぶときって、まあ、栄養について、まあ、栄養を重視したいじゃん。でしょ？だからさ、まあ、できるだけ栄養がたくさん入ってる野菜ジュースを選びたいなっていつも思ってるんだけど、魅力的な歌い文句が書いてある野菜ジュースが本当に多い。で、よくあるのが、まあ、一日順の野菜が取れますとか、まあ、そういう風な歌い文句がパッケージに書いてある野菜ジュースが本当に多いんだよね。で、まあ、僕としてはね、一番栄養が入ってる野菜ジュースが飲みたいって思うじゃん。だからね、迷っちゃうんだよね、いつも。で、今日買った野菜ジュースは、なんかね、初めて買った野菜ジュースだったな。でもね、そこにもね、1日分の栄養が取れるって書いてありました。はい。まあね、野菜ジュース業界もね、まあ競争激しいと思うので、まあそういう謳い文句をね、まあ工夫しなきゃいけないのはわかると思うんだけど、まあ各社ね、なんていうのだろうな、そういう謳い文句とか、訴求っていうのがね、すごい似てるからね、迷っちゃうな。だからね、皆さん、個性を出してほしいなって思いますね。うん。もうちょっとね、独特なタイトルを野菜ジュースのパッケージに書いてほしいなって思うんだけど、やっぱり、一日分の野菜が取れるとかっていう謳い文句をパッケージに書くと、売れるんだよね。うん。まあ、それだったらしょうがないですね。まあ、日本は資本主義社会ですからね。はい。で、えー、まあ、なんで野菜ジュースの話してたんだっけ？だからそうだよね、スーパーの話をしてたんだよ。そう。で、僕が好きな、まあ、野菜は、まあ、特にないんだけど、まあ、きゅうりを、まあ、味噌とマヨネーズにつけて食べるのが大好き。でね、まあ、野菜コーナーを抜けていくと、まあ、大体ね、まあ、お肉とか、まあ魚とかが売ってるコーナーだね。で、僕はね、まあ、魚コーナーでね、魚を買うことはあまりないんだよな。なんでなんだろうな。うん。僕ね、実はあまり自炊しないんですよ。最近は、まあ、自炊するって言っても、まあ、肉を買ってきて、それを茹でたりしかしないんですよ。まあ、あとはもうすでに出来上がってる料理をスーパーで買ってきて食べるとか、まあ、そういうことばかりしてるんですよね。うん。だからね、魚は買わないね。でさ、まあ、例えば、焼き魚をしようと思っても、焼き魚を作るために、まあ、魚を焼く時間って結構かかるじゃん。で、あとね、僕って、焼き魚より生の魚の方が好きなんだよね。うん。もう生の魚大好き。だからね、本当に日本人として生まれてきてよかったなって思ってるんだけど、
もう回転寿司に行くのも大好きだし、あとはね、日本の、地方都市って、絶対に海鮮丼があるんだよね。日本ってさ、海に囲まれた島国だから、もう日本の各地に美味しい海鮮料理があるんだよ。だからね、もう日本のどこに行っても、海鮮、生の美味しい魚は食べ放題。だから生の魚好きなんですけど、なんでだろうね。日本のスーパーで、魚を買うことはあまりないね。刺身とか買うんだったら別なんだけど、結構ね、自分でさばかなきゃいけないことが多いんだよね。そう。で、僕さ、包丁の使い方とか結構ままならないからさ、自分で包丁を使って、魚をさばくっていうのがね、結構、億劫だなっていう風に考えちゃうんだよね。でもね、日本のスーパーって、頼めば、そこで働いてる人がお魚をさばいてくれるんですよ。うん。すごい便利でしょ？でもさ、やっぱり、僕で恥ずかしがり屋だから、例えば、スーパーに入って魚コーナーで、すいません、この魚さばいてくださいとか、あまりね、お願いできるタイプじゃないんだよね。うん。だから、僕はね、今まで多分ね、一回もこのお魚をさばいてくださいって、スーパーで頼んだことないかもしれない。今思い返すと、僕のお母さんとかお父さんとかも、そういう風に頼んでないかもしれないね、あまり。でもね、やっぱり僕のおじいちゃんとか、もうちょっとね、年齢が上の世代だと、スーパーで働いてる人に、この魚をさばいてくださいってお願いしてるね。うん。で、僕のおじいちゃんもね、結構そういう風なことをしてたのを僕は覚えてる。うん。そう。だからね、鮮魚コーナーって、本当にたくさん新鮮なお魚があるし、で、頼めば魚もさばいてくれるからね。日本に来たらぜひ見てほしいんだけど、僕ね、日本の鮮魚コーナーで独特だなって思うのが、これ別の国でもそうかもしれないんだけど、魚の種類がね、本当に多いんだよね。で、僕昔、ヨーロッパに住んでたんだけど、その時と比べてね、売ってる魚の種類が全然違う。うん。だからね、楽しいね、見てて。本当に、一つ一つ売られてる魚の、なんだろうな、色が違うから、それを見るのが楽しい。うん。で、鮮魚コーナーを抜けると、お肉コーナーがある。うん。豚肉、鶏肉、牛肉ですね。そこら辺が中心で売られてますよ。うん。で、宗教的にも、日本人で、鶏肉とか豚肉とか牛肉とか食べれないっていう人って、割合的にはね、そんなに多くないから、もう本当にたくさんの種類が売られてる。うん。で、えっと、僕はね、そうやって肉のコーナー、お肉コーナーで、買う、肉はね、もっぱら鶏肉だね。うん。なんで鶏肉なんだろうね。でもなんかね、僕の中で鶏肉って、筋肉をつけるのにすごいいいっていうイメージがあるんだよね。うん。勘違いなのかわからないんだけど、うん。豚肉とか牛肉よりも鶏肉の方が、筋肉に向いてるな。筋肉を、つけるのに適してるなって思うんだよね。うん。鶏の胸肉とか、鶏のもも肉とかっていうのは、本当にね、タンパク質たくさん含んでて、筋肉にいいっていう話をよく聞く。うん。で、筋トレ頑張ってる人って、鶏の胸肉をたくさん食べてるイメージがあるな。でね、僕はね、それほどマッチョではないんだけど、一応、筋トレ頑張ってるんですよ。うん。すごい重い重量を上げるっていうわけじゃないんだけど、筋トレを結構な頻度でしてる。うん。ジムにも行ってるよ。で、だからね、やっぱり筋肉には、筋肉は大事にしたいなと思って鶏肉をね、食べることが多い。うん。
で、そういうお肉コーナーで、鶏肉を買ったら、食べ方としてはね、茹でるのが基本かな。うん。茹でる時に、多少塩とか入れて、鶏肉を茹でますね。で、その後は、茹でたらマヨネーズとかと一緒に食べますね。はい。で、そうだな、鶏肉ってさ、やっぱり食中毒が怖いじゃん。ね。あの、これほんとか嘘かわかんないんだけど、日本人がよく言うのは、牛肉は生で食べても大丈夫なんだけど、鶏肉とか豚肉はちゃんと熱してから食べないとダメですよってよく言われるんだよね。うん。だからね、食中毒ほんとに怖いから、鶏肉はね、ちゃんと中まで火が通るように気を使いながら茹でてる。でさ、最近僕、ハマってる YouTube 動画があるんだよね。ハマっている YouTube 動画っていうか、ハマってる YouTube チャンネルがあるんだけど、その YouTube チャンネルはね、生き物を主に扱ってる YouTube チャンネルなんだよ。で、その YouTube チャンネルで、えーっと、魚を釣ったりするシーンっていうのが結構多いんだよね。で、生の魚を、切って中を見ると、アニサキスっていうそういう寄生虫とかが、大量に入ってることがあって、ごめんね、ちょっと気持ち悪い話してしまって。で、そういう動画をたくさん見てるとさ、なんだろうな、鶏肉を食べるときも寄生虫に気をつけなきゃいけないなっていう気持ちになるわけ。うん。でそういう動画を見てると、やっぱり、寄生虫だけは嫌だ。お腹壊したくないっていうのがあって、だから僕はちゃんと、火で熱してます。で、前の何個か前、2個か3個前の僕の VR チャットの、動画を見てくれた人ならわかると思うんだけど、最近ね、僕救急車で運ばれたんですよ。うん。それも食中毒で運ばれました。で、その時ね、本当に辛かった。僕さ、それさ、人生で初めて救急車を呼んだ瞬間だったんだよ。で、救急車の中でも病院に着いてからもう本当に辛くて、同じような辛さをもう一度味わいたくないって思ってるわけ。だからね、もう食中毒とかは本当に嫌だから、もう生のものを熱することはね、ずっと心がけてます。うん、だからみんなもね、食中毒気をつけてね。生の肉はね、ちゃんと熱して食べないと、お腹壊すからね。うん。で、そういう、お肉が売られているコーナーを抜けると、よくあるのがお惣菜コーナーで、お惣菜コーナーって何かっていうと、もうすでに作られた料理が売られているところなんだよね。で、僕は最近はスーパーで買い物するときは、そこでばかり商品を買ってるね。商品を選んでるね。でさ、スーパーで売られてる料理って本当に美味しいんだよ。で、僕さ、あまり料理得意じゃないから、僕が作る料理なんかよりも、もう断然美味しい料理がスーパーで売られてるんだよ。だからね、そこで買ってしまうことが多いよね。うん。で、お惣菜売り場には、単なるお惣菜だけじゃなくて、お弁当もたくさん売ってるんだよね。もう、その一つの箱で、その、食事1回分が済んでしまうような、もうお米、炭水化物とか、食物繊維とか、タンパク質とか、もうすべての栄養素が入ったお弁当が売られたりするんだよ。で、僕はね、お弁当を買うことはあまりないんだけど、お惣菜を買うことがよくあって、でね、僕はもう本当に料理したくないときは、そこのスーパーに売られてる、えもうすでにね、調理済みの、鶏肉の、唐揚げとか、焼き鳥とかそういうのを買うね。うん。でね、結構な確率で売られてるのが、結構な確率で、
そこのお惣菜コーナーで売られてるのが、枝豆。うん。枝豆。めっちゃ美味しい。うん。さ、みんなの国で、枝豆を食べる国ってある？うん。日本ではね、あの、大豆をね、納豆とかで食べることが多いんだけど、あの、豆がまだ緑色の状態でも、日本人はね、たくさん食べるんだよね。で、僕、枝豆超大好きで、居酒屋とか、に行くときね、例えば、友達と飲み会で、居酒屋に行って、一緒にお酒飲もうってなったときは、僕はね、隙を見て、いつも枝豆を注文するんだよね。もう枝豆、美味しくない？さ、みんなさ、枝豆食べる？あのね、もし枝豆食べたことがない人がいたら、日本に来たら絶対枝豆食べてほしい。うん。病みつきになるんだよね。なんかね、僕が子供の頃は、僕のおばあちゃんがね、定期的に枝豆を家に送ってきてくれたんだよ。でね、もう本当に大量の枝豆を僕の家に送ってくるんだけど、その枝豆をね、食べるのがね、本当に幸せだった。うん。で、枝豆って一つの房にね、二つか三つ豆が入ってるんだけど、一回で何個ぐらい食べてたかな？うん。多分ね、30個ぐらいは食べてたと思う。それくらい枝豆大好き。うん。で、なぜかね、そう。そのお惣菜コーナーに売られてる枝豆は、すでに茹で上がってる状態の枝豆。うん。だから、そのまま食べることができるんだよね。だからね、そこの、まあ、お惣菜コーナーの枝豆を僕は食べることが多い。でさ、そういうお惣菜コーナーって、夜遅くになると、そう、割引のシールが貼られてることが結構あるんだよね。やっぱりさ、そういうお惣菜とかって、うん、消費期限が短いんだよね。だから、スーパーとしても、その日中に陳列されてるものはすべて売り切らないといけないんだよ。うん。だから、夜遅くになって、閉店の時間が迫ってくると、スーパーはね、割引のシールを、そのお惣菜一つ一つに貼ってくんだよね。で、その割引のシールに、例えば、半額とか、20%オフとか、30%オフとか、そういう感じで書いてあるんだよ。うん。で、夜のね、サラリーマンの方々が、家に帰るようなタイミングに、そういうのが多いんだけど、そういう時はね、そのお惣菜コーナーが、あの、すごい人気になるんだよね。そう。みんなね、安いもの大好きだから、もう、たくさんの人でそのお惣菜コーナーがごった返すんだけど、で、僕もね、そんな割引商品が大好きな人間のうちの一人なんだよ。うん。なんかさ、30%オフとか、20%オフとか、そういう割引率が書いてあると、なんかさ、買いたくなるじゃん。買いたくなるじゃん。うん。だからね、僕はね、そういう割引のシールが貼ってある商品ばっかり目がいって、で、結局買うのもそういう割引シールがついた商品だね。なんでなんだろうね。やっぱ人間って面白いよね。たとえ、その商品がね、割り引かれた後に、たとえそんなに安くなかったとしても、割引されてると買っちゃうんだよね。あれなんだろうね。でもさ、それと同じ状況ってさ、アマゾンとかでのネットショッピングでも起きない？アマゾンとかで売られてる商品ってさ、何円割引ですとかっていう風に書かれてること多いじゃん。でさ、あれさ、結構さ、いつ見ても割引状態じゃん。その、定価で売ってるのはいつなのかっていうのをね、
疑ってしまうくらい割引されてる商品が多いじゃん。だからね、買いたくなるんだけど、あれはちょっとずるいなって思うね。だってさ、商品によってもさ、もう常に割引の状態のものがあるじゃん。それって割引なのかなって思う時はあるよね。もう、割引かれてる、その状態の値段が定価なんじゃないかなって思っちゃうこともあるよね。うん。だからね、僕は、割引率が書いてあるような、そういう商品は好きなんだけど、たまにね、これ本当に割引されてる値段なのかなって、そういう風に疑っちゃう時もあるよね。うん。で、お惣菜コーナーはね、本当にいろんなものが売られてるんだよね。さっき話したみたいに、お弁当が売られてるでしょ。で、あとは、唐揚げとか枝豆も売られてるでしょ。で、あとはね、たこ焼きが売られてたりとか、ピザが売られてたりとか、焼きそばが売られてたりとかするから、もうね、本当に最高だよ、あの場所は。あの場所はね、本当に最高。うん。でもね、やっぱり食にうるさい人とかは、スーパーで買うものよりも、自分で作った方が美味しいよっていう人もいるんだけど、僕の場合は、僕のね、料理スキルがあまりないんだよ。うん。僕自身が、料理あまり得意じゃないから、そう、スーパーで売られてるお惣菜っていうのは本当に魅力的に見えるし、美味しそうに見えるね。うん。そう。だから、お惣菜コーナーに来たらね、本当にいろんな種類があるので、皆さん、見てみてはいかがでしょうか。はい。で、お惣菜コーナーを抜けるとね、あとはね、牛乳とか、ヨーグルトとか、チーズとか、そういう、乳製品が売ってるエリアに来るね。うん。で、ヨーグルトの種類もたくさんあるんだけど、僕はね、牛乳は買うことあるし、牛乳大好きなんだけど、あとはね、たまにヨーグルトを買うっていう感じかな。あまりそのコーナーに長居することはない。うん。でね、そのスーパー、日本のスーパーの、ね、真ん中の方にあるのが、みんな大好き。お菓子コーナーですね。はい。皆さんお菓子大好きですか？はい。僕はね、お菓子大好きなんだけど、そんな頻繁に、買うことはないね。うん。で、お菓子コーナーについて話すと、僕が思い出すのは、幼少期の記憶だよね。うん。やっぱりさ、子供ってお菓子大好きじゃん。うん。だからね、お菓子コーナーにたくさん行ってたのを覚えてるね。あの、昔さ、子供の頃、スーパーに買い物に行くときって、大体、家族と一緒に行くじゃん。で、だけどやっぱりさ、お菓子コーナーを1秒でも長く眺めてたいなって思うことが多かったんだよ。だから、僕のお母さんとかお父さんが、野菜とかお肉とかを、選んでる時に、僕はね、一人でお菓子コーナーにいることが多かったんだよね。うん。でね、何円だったかな、確か、100円だったかな。ちょっとね、多分100円なんだけど、あの、正確な数字は忘れちゃったんだけど、多分100円。確か子供の頃、100円以内だったら好きなお菓子買っていいよ、みたいな、そういう決まりがあった気がするんだよね、僕の家族の中に。うん。だからね、あの、その100円以内で、どのお菓子を買おうかなっていうのを、あのね、悩んでたっていうのを僕は覚えてるね。で、スーパーに売られてる、駄菓子とかだったら、結構ね、10円とかで売られてるものが多いんだよ。で、多分ね、今はね、物価が上がっちゃったから、10円で売られてるお菓子があるのかはわからないんだよね。もしかしたらもうそういう風な商品って、
なくなってるかもしれないんだけど、まあ僕が子供だったその当時は、まあ10円菓子っていうのがありました。だからね、まあたとえ、お菓子買える上限が100円になったとしても、10円菓子を買えば、10個そのお菓子を買えるわけだよ。うん。だから結構ね、100円って結構十分な数字だったんだよね。うん。で、まあ、10円とかそうやって安いお菓子ってさ、まあ、たくさんあるから、僕はね、お菓子コーナーに居座って、あ、どの商品がいいかな、どのお菓子がいいかなって迷ってたのを覚えてるね。うん。まあ、ただ、僕がね、まあ、日常生活で、まあ、子供の頃、食べてたお菓子っていうのは、僕が食べてたお菓子だけっていうわけでは、僕が選んだお菓子だけっていうわけではないんだよね。もちろん僕のお母さんとかお父さんが食べたくて買ったお菓子もあるから、まあそういうお菓子をね、食べましたね。はい。はい。今ね、思い出したんだけど、僕が住んでた家、まあ僕の実家にはね、お菓子ボックスっていうものがあったんだよ。うん。お菓子ボックスっていうものがありました。でね、まあ台所の、まあキッチン、まあコンロとか冷蔵庫とかがあるスペースのちょうど後ろに食器棚があって、その食器棚の下の段を開けると、そのお菓子ボックスが入ってたんだよね。で、そのお菓子ボックスに、その家中のお菓子が詰め込まれてたんだよ。だからね、僕は、えー小学校に通ってた時とか、中学校に通ってた時は、学校から帰ってきて、たら、まず、そのお菓子コーナーに行って、お菓子を選んで、そう、お菓子をね、2、3個選んで、ソファに座って、テレビを見るっていうのが、それがね、至福のひとときだったよね。うん。やっぱりね、子供はお菓子大好きですから。ま、今はね、僕はあまりお菓子食べなくなっちゃったんだけど、ま、そうやってね、お菓子を食べるの僕は大好きでしたね。そう。で、みんなはさ、例えばさ、友達の家に行って、友達と一緒にゲームをするとかってなった時に、まあ、どんなお菓子を食べるのが一般的？まあ、僕の世代の日本人はね、友達の家に行ったら必ずポテトチップスがあったね。うん。で、ポテトチップスの袋を、まあ、広げて、上の部分を開けて、まあ、いつでもね、手で取り出しやすいようにして、ポテトチップスを食べてました。でもさ、ポテトチップスって手がベタつくじゃん。うん。で、僕が小学生の頃っていうのは、まあ、主にね、まあ、今は、主に、任天堂 DS とかっていうゲームで、まあ、友達と遊んでたんだけど、まあ、ポテトチップスを食べながら、任天堂 DS で遊ぶと、その、ベタついた手でボタンを触ることになるから、ボタンもベタついちゃうんだよね。うん。で、だからね、まあ、それをいちいちティッシュで拭いたりしなきゃいけないっていうことがありましたけれど、まあ、あれもね、いい思い出だね。うん。やっぱり友達と遊ぶときは、まあ、そういう、なんて言うんだろうな、まあ、スナックを食べることが多かったな。まあ、日本人に住んでる日本語、日本に住んでる日本人なんだけど、そこでね、和菓子を食べたりするっていうことはなかったな。友達と遊んでる時に食べるお菓子っていうのは、まあ大体ね、まあなんか西洋風のポテトチップスとか、ドリトスとか、まあそういうものばっかりでしたね。うん。で、まあ今ね、お菓子コーナーについて話してたんだけど、まああとはね、他にどんなコーナーがあるかっていうと、まあ他にもね、たくさんあるんだけど、まあ日本で、まあ結構大きめのコーナーになってるのが調味料のコーナーかな。
日本にはね、調味料たくさんありますからね。もちろん多分、インドのスーパーマーケットとかと比べると、調味料の数は少ないかなって思うんだけど、だってさ、インドって、インドの方って多分毎日カレーをお食べになられると思うんですけど、スパイスの種類がたくさんあるよね。昔僕がヨーロッパに留学してた時に、同じエリアにね、インド人の方も住んでたんですよ。で、毎日本当にカレー食べてたんですけど、その方。なんかね、大量にスパイスを持ってたのを覚えてる。なんかね、あの、キッチンの上にその人の、調味料とかをしまうスペースがあって、そこをね、開くとね、もう大量にスパイスが入ってた。で、ヨーロッパってさ、多分インドの現地と比べたら、調味料とかスパイスの数少ないじゃん。で、僕もね、どっからこんなにたくさんのスパイス買ってきたんだろうって毎回思ってたんだけど、多分、なんだろうね。インド人向けのストアとかがあったのかな。多分そこで買ってたかなと思うんだけど。そう。で、だからね、インドほど調味料の数は多くないとは思うんだけど、日本にはね、日本の調味料のコーナーはすごい巨大。なんでかっていうと、日本にもたくさんの調味料があるから。まず醤油でしょ、お酒でしょ、味噌でしょ、塩でしょ、胡椒でしょっていう風に、調味料の数が多いんだよね。で、醤油に関しては、その醤油の中で本当にたくさんの種類がある。うん。だからね、調味料のコーナーっていうのはすごい広いんだけど、やっぱりね、僕は料理あんまり得意じゃないから、特に醤油を買うときもね、こだわりがないんだよ。だから、一般的なすごいオーソドックスな醤油を僕は買ってるね。はい。で、一通り今ね、スーパーの、コーナーについては話したかなと思うんだけど、そういう風にいろんなコーナーで、商品を選んで、買い物かごに入れて、最後に向かうのが、レジだよね。で、これはね、世界的な流れだと思うんだけど、あのね、やっぱ無人レジの割合が本当に増えたね、最近。でね、まだ完全に無人になってるわけではない。まだね、有人のレジはあるんだけど、その割合が減ったね、完全に。うん。無人のレジがあって、そこでね、店員じゃなくて、お客さんが自分でバーコードを機械に読み込ませて、商品を買ってるね。で、これはスーパーマーケットに限ったことじゃないよね。例えばさ、ユニクロとかに行くと、ユニクロだともう、有人のレジはないね。全部セルフレジになってるけど。でもさ、最近、すごい興味深いニュースを見つけたんだよね。あの、世界的な流れとしては、無人化を進めてきましょうってなってるじゃん。で、イギリスだっけな、フィンランドだっけな、どこかの国で、あの、ちょっとね、これ、ちょっと国は断定しないでおく。だけど、何かの調査で分かったことらしいんだけど、無人レジを設置することによって、売り上げが下がることもあるらしいんだよ。これ面白くない？なんかさ、あの、レジが無人になると、その分お会計もスムーズになるから、店の売り上げも上がるんじゃないかって思うじゃん。それがね、そうじゃないらしいんだよね。まず、理由の一つ目が、その、機械の操作が難しくて、うまく商品のバーコードをスキャンできてないのに、その商品を持って
店を出ちゃう人がいるらしいんだよ。うん。まあ実質万引きと変わらないことなんだけど、だからね、ちゃんと料金が支払われないまま、スーパーから出て行ってしまう商品があるらしい。うん。これが、無人レジを増やして、スーパーの売り上げが減った要因の一つ目。で、二つ目なんだけど、これは、商品を自分でスキャンしたりするのが、めんどくさいから、その消費者が商品を買う数が減ってるらしいんだよ。確かに友人のレジだと、バーコードのスキャンとかをその店員さんに全部任せられるから、便利だなとは思うんだけど、便利だよね。だけど自分でやるってなると、確かにめんどくさいよね。自分で手を動かさなきゃいけないし、しかもさ、なんかたまにさ、バーコードの位置がさ、よくわからない商品あるじゃん。あれこのバーコードどれだろうってなるときあるよ。この商品バーコードどこについてるんだろうってなるときあるよね。でさ、前僕、卵を買ったときに、あの、全然バーコードが見つかんなくて、もう本当に下から覗いてみたり、卵を回転させてみたりとかして、いろいろ試してたんだよね。そしたら、痺れを切らして、店員さんが寄ってきて、ここについてますってアドバイスしてくれたんだよね。なんかちょっとね、恥ずかしい気分になった。うん。それくらいさ、バーコードを探すのにも時間がかかるから、確かにめんどくさいなっていう気持ちもわかる。うん。その気持ちもわかるよね。ただ、それが売上減につながってるとは思わなかったね。うん。だから、確かイギリスだったと思うんだけど、一部のスーパーは、無人レジをね、減らしてるらしい。また有人レジを増やしてるらしいんだよね。だからなんか面白いなーって思った。うん。ってことはさ、やっぱり、レジっていう仕組み自体がなくなればいいんだよね。一番便利だと思われるのは、やっぱり商品を取って、そのまま店を出ると、自動で決済がされたりとかすると、本当に便利だよね。で、確か、アメリカのアマゾンのコンビニなんかはそういうのがもう実装されてるのかな。うん。でさ、そういう風な便利な仕組みになるってずっと昔から言われてるけど、なかなかならないよね。うん。だけどな、そういう便利な世の中になってほしいな。で、商品をさ、取って、そのまま店を出て、自動的に決済される仕組みが作れるとしたら、万引きもなくなるじゃん。うん。そう。万引きもなくなるからすごいいいなと思うんだけど、いつになったらそういう便利な世の中になるんだろうね。うん。意外と未来って来るようで来ないよね。うん。僕がさ、5歳ぐらいの時はさ、例えば2025年になったら、えーっと、なんていうのえーっと、日本語を学ぶ必要がなくなりますとか。あとはね、例えば、自動翻訳機能がすごい発達して、リアルタイムで会話できるようになりますとか言われてたんだけど、で、今もさ、翻訳技術はすごいけど、やっぱり友達と話すときに、翻訳アプリを介してとか、そういう翻訳の、なんていうんだろうな、機械を使って話すっていうのはちょっとなんか不自然だよね。うん。だからね、意外と未来ってやってくるの遅いなと思ってます。うん。はい。そんな僕でした。やべえ、今日なんかさ、久しぶりのポッドキャストだから、なんかすごいずっとテンションが高い状態で話しちゃった。どうみんな寝れたみんな寝れたかはわかんないけど、とりあえずね、時間になったので、これで終わろうと思います。はい。皆さん、次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それじゃあ、バイバーイ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。
本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださりありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、皆さんお元気でしたか？いやー、僕はね、いつでも元気です。最近特に僕は元気なんだよね。理由は新しいことに挑戦してるからなんですよ。このチャンネルでは僕は最近新しいことにチャレンジしてるんだよね。まず最近ね、チャンネルメンバーシップを開設しました。そして最近は、ライブ配信もたくさんやるようになったんだよね。で、ライブ配信ね、前のポッドキャストでも言ったんだけど、やっぱりリアルタイムでみんなのコメント見れるのめっちゃ幸せだわ。めっちゃ幸せだわ。もしね、みんなが YouTube を開いた時に、僕がね、ライブ配信をやってたら、ぜひ見に来てみてください。きっとね、楽しい時間が過ごせるんじゃないかなと思います。はい。すでに見に来てくれた方はありがとうございました。引き続きライブ配信をやっていくつもりだから、楽しみにしててね。でさ、ライブ配信をしてるときに、僕はね、思い出したことがあるんだよね。うん。ライブ配信中に思い出したことがあるんだよ。でさ、前回やったライブ配信で、日本のね、100円ショップのダイソーっていうお店を紹介したんだよね。で、このコップもダイソーで買った。で、このコップは100円じゃなくて300円なんだけど、ダイソーはね、最近は100円以外の値段の商品も売るようになったんですよ。うん。でね、僕の家の近くには、ダイソーないんだけど、前ね、お出かけした先に、そのダイソーがあったんだよね。で、そこのダイソーで、なんと、そこのダイソーでは、現金払いにしか対応してなかったんだよ。でさ、ダイソーって、結構世界的にも知られてるお店だし、日本国内でももう本当にたくさん店舗があるから、現金決済にキャッシュレス決済にも対応してるのが普通かなって思うんだよね。で、僕がね、今まで人生で行ってきたダイソーって、ほとんどがキャッシュレス決済に対応してたんだよ。ね。でもさ、そこのダイソー、現金払いしか対応してなかったわけ。で、僕、あまり現金持ち歩かないんだよね。僕って、できるだけ財布をね、小さい状態で保ちたいの。でさ、硬貨がいっぱい財布の中に入るとさ、分厚くなっちゃうじゃん。あれが嫌なんだよね。うん。だから僕は持ち歩くとしても、紙幣が多めがいいんだけど、その時はね、だからそのダイソーに行った時は、仕方なく現金で払ったよね。うん。だからお釣りがね、たくさん出てきちゃって、たくさんの硬貨を財布の中に入れなきゃいけなくなったんだよね。で、その時僕は思ったんですよ。まだまだ日本には現金払いにしか対応してないところがあるなって。うん。もちろんね、有名なコンビニとかスーパーとかって、ほとんどがもうキャッシュレス決済に対応してます。日本だと。日本だとっていうか、僕は東京に住んでるから、東京だとって言っておこうか。でさ、だけどまだね、特に飲食店で現金払いにしか対応してないところは多いかな。うん。例えば、老舗のお店とか、個人経営のお店だと、そのキャッシュレス決済に対応しようとすると、その手数料が高くて、その手数料を払うことを嫌って、現金払いしか対応してないお店が多いんだよね。
で、これさ、一応みんなさ、日本に来た時に、みんながね、行きたいような、飲食店があったとするじゃん。みんなが行きたい飲食店をネットで見つけて、日本に来た時にもしかしたら、現金払いにしか対応してないかもしれないから、一応ね、これね、ちゃんと調べてから、日本に来た方がいいと思う。日本に旅行しに来るときはね、もちろん、日本の現金を、用意して、来るかもしれないんだけど、中にはね、クレジットカードだけで全部お支払いを済ませようっていう人もいるかもしれないから、そういう人はね、ぜひ気をつけてね。っていう風に、日本って、まだ現金払いにしか対応してないところ多いんだよ。で、でもね、これでも、キャッシュレス決済対応化って結構進んだ方なの。うん。もちろんね、ヨーロッパとか、中国とか、韓国とかと比べると、もちろん、キャッシュレス決済対応店の比率ってまだまだ低いと思うんだけど、これでも増えた方なんだよね。で、だけど、こんなキャッシュレス決済後進国の日本でも、結構昔からね、キャッシュレス決済って行われてたんだよ。例えばね、交通系 IC カードって知ってる？例えばね、スイカとかパスモっていう種類のカードがあって、このカードはね、鉄道とかバスとか利用するときに使えるカードなんだよ。で、この交通系 IC カード、実はね、約20年くらい前から日本では使われてる。で、これどういうのかっていうと、そのカードにあらかじめお金をチャージして使うんだよね。だから、いわゆるプリペイドカードだよね。で、このプリペイドカードを、そのカードを、例えば電車に乗るときだったら、改札機の機械にかざして通過するんだよ。で、バスだったら、そのバスに入ったときに専用の機械にタッチして使うんだよね。で、これ結構古くから使われてて、僕がね、子供の頃から使ってるっていう記憶があるね。だから日本はね、キャッシュレス決済、後進国なんだけど、結構に昔から、キャッシュレス決済のシステム自体は浸透してはいた。で、このね、スイカとかパスモに代表される交通系 IC カードなんだけど、電車とかバス以外の場所でも使えるんだよ。だから、コンビニとか自販機とか、一部レストランとかでも使える。で、この交通系 IC カードは昔から使われてるっていうこともあって、結構ね、広く、いろんな人が使ってるんだよね。で、最近は物理的なカードじゃなくて、その交通系 IC カードの機能自体をスマホに内蔵して使ってる人が多い。だから、カードはもう持ち歩かなくていいんだよね。だから、日本に来たら、電車に乗る人多いと思うんだけど、日本人がみんな携帯をね、改札機にタッチして使ってる風景っていうのを見れると思う。で、この交通系 IC カード、さっきも言ったように、古くからあるから、たくさんの人が使ってて、もともとはね、多分日本で一番使われてる決済手段、キャッシュレスの決済手段だったんだよ。だけどね、やっぱりスマホがこうやって普及してくると、他のサービスもいろいろ出てくるよね。で、最近ね、もうたくさんの人が日本で使ってる決済手段が QR コード決済だよね。で、この QR コード決済はみんなの国でもね、使われているものだと思う。で、日本も同じようなサービスがあるんだよ。で、PayPay とか楽天 Pay っていうブランドが、QR コード決済の、サービスとしては有名だね。で、これね、すごくて、例えば PayPay だと、本当に田舎の僻地の屋台とかでも使えるんだよ。だからね、この PayPay の営業部隊の努力がものすごいと思うんだけど、で、
だからね、本当に PayPay 使えるところが多い。で、レストランとか屋台とか、そういう、店舗での普及率がすごい高い。うん。で、多分ね、交通系 IC カードよりもね、導入しやすい理由があると思うんだよね。うん。交通系 IC カードより QR コード決済を店舗で導入しやすい理由があると思ってて。それはね、その導入、初期費用の安さとかもあると思うんだよ。これは僕の予想なんだけど、例えばね、交通系 IC カード、スイカとかパスモとかを、店舗でね、決済手段として対応しようと思ったら、そのカードを読み取る専用の機械を設置しなきゃいけないわけ。うん。だけどさ、QR コード決済って、その QR コード、お店の QR コードさえ用意できれば、それをレジがあるところに置くだけじゃん。うん。だから、めちゃめちゃ導入しやすいと思うんだよ。っていうのもあって、で、QR コード決済はね、すごい日本でも普及してる。うん。で、さっきも話した PayPay。QR コード決済で、一番日本でシェアが高い PayPay っていうサービスなんだけど、すごい浸透したなって思ったエピソードがあるんだよ。で、僕さ、2021年ぐらいにね、1年間、ヨーロッパに留学してたんだよ。で、海外に留学してる時ってさ、日本で何が起こってるかとか、日本で何が流行してるかっていうのをさ、把握することって難しいじゃん。で、もちろんさ、ニュースとかで、あとは記事とかで、日本でどういう事件があったとか、政治がどうなってるとかっていう情報はもちろん入ってくるんだけど、人々の生活がどうなってるかって、ちょっとね、把握しづらいところがあるんだよね。うん。で、僕はね、そのヨーロッパでの留学から日本に帰ってきた時に、一番変わったなって思ったのは、ペイペイの普及、ペイペイのなんて言うんだろうな、ペイペイの普及度合い。そう、ペイペイの普及度合いが明らかに上がったなって思った。うん。でね、もちろん店舗で導入してるところは多いんだけど、一番それを感じたのは、友達と割り勘をするとき。みんなさ、割り勘って何かわかる？割り勘っていうのはね、かかった料金をみんなに平等に割って負担することなんだよ。これさ、みんなも友達とご飯に行くときとかって経験することだと思うんだけど、例えばさ、友達と合計4人でレストランに行って1万円かかった1万円かかったとするじゃん。そしたら、1人当たりの負担を2500円にするっていうのが割り勘なんだよね。でもさ、例えば、そのレストランでお支払いをするときに、一人ずつ2500円の支払いをレジに行って、行ってたら、レジに行って一人ずつ2500円ずつ支払ってたら、時間かかっちゃうじゃん。だから、大体は、一人が代表をして、1万円を払って、その後に他の3人が2500円をその支払ってくれた人にあげるっていうのをよくやるんだよね。そう。で、それをするときって、以前はね、払ってくれた人に現金でお金を返したりだとか、あとは銀行アプリを使って振り込みをしてたんだよ。その人の銀行口座に。でもさ、ペイペイが普及してから、みんなその作業をペイペイでやるようになってたんだよ。で、留学行く前って、そんなことなかったからすごいびっくりしちゃって、うわー、時代って流れるの早えと思ったんだよね。いや、本当に思ったよ。うん。1年でこれだけ変わっちゃうんだって思って。うん。それだけね、勢いのある QR コード決済ですね。うん。で、僕はね、実は
QR コード決済をメインとしては使わないんだよ。僕が使うときは、そうやって友達にお金を送金するときとか、そういうことが多いね。僕はね、店舗、お店とか、あとは、自動販売機とか、コンビニとか、そういうところで支払いをするときは、QR コード決済はあまり使わない。うん。で、交通系 IC カードも店舗で僕はあまり使うことはないんだよ。じゃあさ、何の決済手段僕が普段使ってると思う？何だと思う？僕が一番使ってる決済手段。それはね、もちろん、クレジットカードですよ。みんなもクレジットカードだよね、多分一番使うのは。どうなんだろう。クレジットカードってさ、それこそ5年くらい前から、本当にスマホに内蔵することができて、タッチで支払いできるじゃん。あれ超便利だよね。うん。で、僕はね、自分の支払いの方法っていうのを場所によって変えるのがあまり好きじゃないんだよね。うん。でさ、さっきまで話した交通系 IC カードとか QR コード決済って日本国内でしか対応してない場合が多いんだよね。で、僕さ、海外に行った時に、その時に慌てて別の決済手段を使うとかっていうのあんまりやりたくなくて。だから、僕はね、海外でも普通に使えるクレジットカード決済をいつもやってますね。うん。で、最近はさ、クレジットカードもタッチ決済できるようになったじゃん。携帯で。あれを僕はね、すごい重宝してる。で、海外、僕がね、ヨーロッパに留学してた時に、すごい便利だなって思ったのが、間違えた。そのクレジットカードのタッチ決済で、電車とか乗り降りできるんだよね。あれ便利だよね。で、日本の交通系 IC カードとそれが何が違うかっていうと、さっきも話した通り、交通系 IC カードって、一回そのカードにチャージしなきゃいけないんだよ。うん。その作業がね、地味にめんどくさい。だけどさ、クレジットカードでタッチしてそのまま電車に乗れるとしたら、そのチャージの作業が必要なくなるってことじゃん。直接自分の銀行口座からその料金が引かれるってことだから、めっちゃ便利なんだよね。そう、だからね、僕はそれに感動しました。でね、実は、交通系 IC カードのスイカとかパスモとかがもう普及しきった日本でも、クレジットカード決済による、クレジットカードのタッチによる、えー公共交通機関の利用のサービスっていうのは少しずつ始まってる。うん。だから多分ね、遠くない将来、クレジットカードで、電車を利用できるようになるっていうのが、普通になるかなとは思うけどね。うん。ちょっとお水飲ませて。でもさ、僕って、クレジットカードを使うようになったのって、ここ5年なんだよね。多分、確かそんな感じだった気がする。うん。で、それまで、僕が何を使ってたかっていうと、デビットカードです。デビットカードってさ、海外でもある？あるよね。多分あるよね。僕なんか、性格的にさ、借金するのあんま好きじゃないんだよね。人からお金を借りてる状態があまり好きじゃない。だから、デビットカードっていうものを使ってたんだよ。みんなデビットカードがどういう仕組みか知ってる？クレジットカードはさ、えー、僕が例えばその店舗でお支払いをしたら、その瞬間は僕のクレジットカード会社が代わりに料金を払ってくれるんだよね。で、僕が次の月にその借金分をクレジットカード会社に返すっていうのがクレジットカードだよね。で、デビットカードは
即時引き落としだよね。僕が店舗で決済処理をした瞬間に、僕の口座からお金が引き落とされる。だから、クレジットカード会社とのお金のやり取りがないんだよね。直接支払ってるっていう感じだから。で、僕はね、借金が嫌いだったから、クレジットカードじゃなくて、デビットカードを結構長い間使ってたんだよ。でも、とある時気づいたんだよね。例えばね、20円のチョコをそのデビットカードで買ったとするじゃん。そしたら、銀行口座の履歴にその20円っていう小さい数字ですら残るわけ。そしたらさ、僕が銀行の通帳を見るときに、すごい見にくくなるんだよ。もう本当に数字がありすぎて。だから、クレジットカードで、支払って、月に1回引き落としがある方が、数字が見やすいなと思ったんだよ。だからクレジットカードを使うようになった。で、海外の事情はわからないんだけど、日本ってね、クレジットカード会社が乱立してるんだよ。クレジットカードブランドは乱立してないよ。クレジットカードブランドは、有名なところで言うと、日本でも世界でも使われてるのは、ビザとか、マスターカードとか、アメリカンエクスプレスとか、そういうブランドが有名だよね。うん。で、日本ではね、クレジットカードを発行する会社がすごい乱立していて、競争が激しいんだよ。うん。だからね、もう各社いろんなキャンペーンをやっていて、最近はね、もう本当に買い物するだけでポイントがもらえて、そのポイントを買い物するときに使えるとか、そういうことができるクレジットカード会社が多いんだよね。だから、デビットカードを使うよりも、クレジットカードでお買い物してた方が、日本ではね、お得なんだよ。そういうこともあって僕は、デビットカードじゃなくて、クレジットカードを使うようになったんだよ。うん。でさ、こうやって、いろいろなキャッシュレス決済の手段があるじゃん。でもこのキャッシュレス化、日本でなかなか進んでないって言ったんだけど、一気にやっぱりキャッシュレス化が進んだのって、コロナウイルスが流行した時だと思うんだよね。2020年とかそこら辺ではね、コロナウイルスが流行したのって、その時にさ、やっぱり現金の受け渡しってウイルスの感染につながるじゃん。千円札を人から人に渡すときに、そのお金にウイルスがついてるかもしれないでしょ。だから、さすがに現金が大好きな日本人でも、キャッシュレス決済をね、使うようになったんじゃないかなって思うな。で、僕はね、キャッシュレス決済するときは、基本的にはね、スマホでやるんだよ。うん。カードとかをね、財布から出すことってほとんどない。ほとんどが、携帯。で、その理由が、やっぱり、僕ってね、いつでもポケットの中に携帯を持ってるわけ。だからさ、お支払いするときに、財布をね、開いて、カードを出すとかするよりも、もうスマホをポケットから出して、そのまま支払いしたりするのが、支払いする方が楽なんだよね。うん。で、僕は支払いするときはいつもスマホでやってるんだけど、日本でも海外でも、他の端末を使って支払いする人って多いよね。日本でよく見るのはね、Apple Watch とか、スマートウォッチを使った支払いをしている人をよく見る。で、これみんな結構いろんな人が知ってると思うんだけど、日本では、一番人気の携帯が iPhone なんだよ。だから、それが影響してるんだと思うんだけど、スマートウォッチを
手首につけてる人って、ほとんどが Apple Watch なんだよね。うん。で、もちろん、Apple Watch にさっき話した交通系 IC カードのパスモとか Suica とかを内蔵することができるんだよ。うん。で、その内蔵したカードを使って、例えば電車に乗るときだったら改札を通ったりするんだよ。でもさ、これは僕がスマートウォッチをつけない理由なんだけど、右利きの人ってさ、左の手首に時計をつけるじゃん。だからもちろんスマートウォッチも左の手首につけるわけなんだけど、日本の、電車の駅とかにある改札って、右側にその決済端末を読み取る、なんて言うんだろうな、読み取りの部分があるんだよ。だからね、左手首にスマートウォッチをつけて改札を通ろうとすると、その左手首を右側に移動させなきゃいけないんだよ。つまり、クロスする形になるんだよね。で、それってさ、すごい不便じゃん。まださ、右手首につけてて、右側にタッチするんだったら、もっとやりやすいんだけど、左手首につけてて、左側の読み取り部分に形って、めちゃめちゃ不便じゃんと思って。めっちゃ不便じゃない？そう。で、それをね、やってる人結構見るんだよ。ああ。特にサラリーマン、左手首から右に移動させて、左手首を右に移動させて、決済をするっていう人。あれ、めちゃめちゃ不便そうだなと思って。それをやるくらいだったら、右手首につけた方がいいんじゃないかって思うんだけど、うん。でもさ、やっぱり右利きだから左手首につけたいじゃん。で、そういうのを考えてたら、もう、スマートウォッチなんかいらないなと思ってさ。うん。もうそんなこと考えるくらいだったら、スマートウォッチなんて身につけなくていいんだよ。うん。で、僕のね、友達も、Apple Watch 使ってる人いっぱいいるんだけど、みんなね、あまり使ってないね、ちゃんと。うん。なんかね、僕の友達も、特に、その技術的にっていうか、生活が便利になった感じはしないって言ってたね。だって使うことといったらさ、そういうお支払いの時とか、あとは友達からメッセージが来た時の内容を読むとか、そういうのじゃん。でもさ、それってさ、スマホでやればよくないって思っちゃうんだよね。みんなはどう思う？みんなさ、Apple Watch とか持ってるの？うん。僕はね、スマートウォッチ今まで買ったことないから、もしかして、買ってみたら、便利なのかなとか思ったりすることもあるんだけど、どうなんだろうな。でさ、僕の友達は、もう、生活を豊かにするために、Apple Watch をつけてないって言ってたんだよ。完全にファッションとしてつけてるって言ってて、それだったらなんかもっといい時計とか買えばいいのになって僕は思っちゃうんだよね。でも、なんかあれだよね、Apple Watch とかってさ、そのバンドの色とか、そうだね、バンドの色とか変えれたりするから、しかも、見た目がさ、スマートだから、結構いいかなとは思うんだけど、見た目もね。でも、Apple Watch ってさ、安くても3万円くらいするでしょ。で、結構さ、3万円って僕にとって高いから、いらないかなって思っちゃうんだよな。しかもさ、あれさ、充電しなきゃいけないじゃん。でしょ？充電しなきゃいけないのちょっとめんどくさくない？で、僕ね、スマートウォッチに関しては、興味がある機能はあるんだよね、一応。で、それがどんな機能かっていうと、睡眠の様子を測定する機能。あれやってみたいんだよ。で、僕はさ、今までライブ配信とか、ポッドキャストで何回も言ってるように、ちょっとね、不眠気味なんだよね。だから、自分がね、ちゃんと寝てる間に呼吸してるかなとか、そういうの、ちょっと今気になってるんだよ。うん。だから、
Apple Watch とか、Apple Watch じゃなくてもいいんだけど、スマートウォッチを、手首につけて寝てみて、睡眠の質っていうのを計測してみたいなとは思うの。でもさ、そしたらいつ充電すればいいのっていう話になるじゃん。例えばね、スマホだったら日中使っても寝てる間に充電すればいいから、いつでもね、充電はある状態で携帯を使うことはできるんだけどさ、寝てる時も起きてる時もスマートウォッチをさ、手首につけてたら、じゃあいつ充電すればいいのってなるじゃん。で、これはさ、スマートウォッチを持ってる僕の友達も言ってたんだけど、やっぱりね、充電がめんどくさいらしいんだよ。で、そういうのって特に僕は苦手なんだよね。絶対充電し忘れると思う。僕みたいな性格だと絶対に充電し忘れる。もう絶対に充電し忘れる。だからね、僕はね、スマートウォッチはつけないようにしようかなと思ってる。っていうか、だから僕はスマートウォッチを買わない。でも睡眠の質は測ってみたいな。睡眠時無呼吸症候群とかあるじゃん。寝てる時にさ、呼吸してない病気。ああいうの、例えば不眠症の人って、そういう症状がある場合もあるから、自分がさ、そういう病気かもしれないって思うと、そういう睡眠の時に自分がどういう様子なのかっていうのを知りたいなとは思うんだよね。うん。で、みんなはさ、そういう、なんだろうな、手首につけるような、ウェアラブル端末って持ってたりするの？持ってる？みんなは。最近はさ、本当にいろいろなウェアラブル端末があるよね。決済で行くとさ、なんか指輪みたいなのもあるよね。ビザのクレジットカードの決済ができる指輪があって、あれはなんかね、おしゃれだなって思った。うん。でもやっぱり僕みたいな性格だと、そういう小さい指輪とかって絶対なくしちゃうからな。うん。だから僕ね、なくし物するタイプなんだよね。なくし物しちゃうから、あまりね、高級なもの買えないんだよ。高級なものをね、買ったとして、それなくしたらショックの大きさもでかいじゃん。だから、僕はね、高級なもの買えないんだよ。ああ。でもね、睡眠管理は興味あるんで、もし、良さげな、そこまで高級じゃないウェアラブル端末が出たら、買ってみたいなとは、今は思ってるね。うん。あとは何がウェアラブル端末として有名かな。あ、前 VR チャットの動画でも話したんだけど、Apple Vision やったことある。Apple が販売したさ、40万円ぐらいする、その、ゴーグルだよね。AR ゴーグル。あれ、どういうものかっていうと、例えば、目の前にモニターがなくても、そのゴーグルを使えば、目の前にモニターがあるかのように見ることができるんだよ。で、あれね、僕もね、すごいテクノロジーを感じたね。あ、技術力ってここまで来てるんだって、すごい感動したんだけど、やっぱりね、40万円っていう価格がすごい高いのと、あとはね、重いんだよね。結構な重量があって、あれをずっと使ってたら絶対に肩凝っちゃうなって思った。うん。だから今はね、初代の Apple Vision だから、まだね、いろいろな課題があると思うんだけど、もうちょっと時間が経ったらね、小型化していくとは思うんだけど、スマートフォンの代わりになるのか、パソコンの代わりになるのかと言われれば、ちょっと疑問かもね。やっぱり、スマートフォンがちょっと便利すぎるよね。うん。あとね、ちょっと使いにくいのは、常に充電を
供給しなきゃいけないから、その Apple Vision にね。だからね、常にケーブルがその端末についてる状態なんだよ。だから、遠くに歩くことができないし、そこがね、ちょっと不便そうだなって思った。ただね、これからの、技術に、期待しようか。うん、これからの技術に期待だね。うん。そうだね。もしかしたらパソコンの代替手段に、なるかもしれないからね。うん。で、僕がね、使ってるパソコンは、みんなね、知ってる人も多いと思うんだけど、MacBook です。Mac。うん。でも、Windows を使ってる人が多いかな。日本だと。Mac のシェアもだいぶ伸びてきてはいるけど、まだまだ Windows の割合が多いよね。で、これさ、なんでかなってちょっと考えたんだけど、僕がね、小学生の頃、もちろんパソコンの授業はあったんだよ。多分ね、日本だと小学生の頃からパソコンの授業ってあると思うんだけど、だからね、各学校にパソコン室があるんだよね。で、パソコン室にあったパソコンって、もう全部が Windows だったんだよ。うん。だから、みんなね、Windows を使うことに慣れちゃってんだよ。だから、大人になっても Windows をそのまま使ってる人が多いと思う。あとはね、MacBook 少し高級だからね。うん。僕はね、職業からあの、Mac をね、買わなきゃいけなかったんだけど、っていうか、最近の小学生とか中学生って、Windows でも Mac でもないのか。なんかね、噂に聞いたところによると、Chromebook を使ってるって聞いたんだよな。でも僕さ、現役の小学生じゃないから、しかも知り合いにね、小学生とか中学生の人いないんだよ。うん。だからわからないけど、何のパソコン使ってるんだろうね。うん。で、今でも忘れないな。僕はね、初めて自分のお金でね、MacBook を買うときは、本当にお金なかったから、もうほとんどの貯金を使い果たしたんだよね。大学生の時、僕はね、実家に住んでたんで、毎日、ご飯も親が作ってくれますし、もちろんね、家賃も支払ってなかったから、特に、お金をね、自分で、頑張って稼ぐっていう必要はなかったんだよ。だからね、あまり働かなかったんだよね。あまり大学生の時に、大学生の最初の方は稼がなかったんだよ。で、僕はね、最初に、アルバイトしたのは飲食店だったんだけど、で、大学生になったら、僕の時代は、飲食店でバイトしたりするっていう人が、結構多かったんだけど、えー僕はね、普通稼ぎたかったら、週3回とか、週4回とかバイトに行くのが普通なんだよ。うん。だけどね、僕は、週1とか週2回しかね、そのバイト先には行ってなかったんだよね。だから、お金がほとんどなかったね。うん、だって、稼いでもさ、その稼ぎが少ないから、友達と遊ぶのに使ったりしてると、全然お金が貯まらないんだよ。だからね、もう MacBook 買うときはね、本当にすべての貯金を使い果たしました。はい。で、実はね、このパソコンはその時に買ったパソコンじゃなくて、その次に買ったパソコンなんだよね。で、僕はさ、結構ケチだから、まあ、いかにパソコンを安く買うかっていうことを考えてるんだよ。うん。そう。絶対に安くパソコンが買いたい。で、このパソコンを買った時もね、普通に Mac を買う時よりは安く買ったんだよ。うん。ちょっとなんかカメラがずれてるから位置調整するね。そう。みんなさ、
整備済み品って知ってる？まあ、国によってはこの整備済み品が売られてないかもしれないんだけど、日本だとね、整備済み品っていうアップル公式の商品があるわけ。でね、整備済み品って何かっていうと、アップルストアとか家電量販店で展示されてる Mac とか iPhone とか iPad ってあるじゃん。あれを、外装を新しくして、バッテリーを入れ替えたものが整備済み品。うん。だから、見た目は綺麗だし、バッテリー持ちも新品同様。なんだけど、中に使われている部品が、もともと展示されていたものなんだよね。で、専用のウェブページがあるんだよ。Apple 公式の。その整備済み品が売られてる Apple 公式のウェブページがあるの。で、そこに売りに出されているものを、通常の新品と比べたら安く買うことができるんだよね。で、僕も実はその整備済み品で買いました。でね、使ってみると、本当に新品同様なんだよ。全く中古っていう感じがしない。で、僕このパソコン買ったのが確か3年くらい前なんだけど、そっからね、何一つ不満なく使ってるんだよね。うん。何も不満はない。で、この整備済み品、結構ね、普通に買うより、安く買えるから、本当におすすめなんだけど、僕ね、これを買った時、結構ね、苦労したんだよ。なんでかっていうと、常に自分が欲しい商品が、その整備済み品として売られてるわけじゃないんだよね。うん。もちろん、在庫がないと売られないわけなんだよ。で、僕が欲しかったパソコンのスペックって、ちょっと特殊だったんだよね。あまり流通してないスペックだったんだよ。うん。だから、その整備済み品が売られるウェブページに、その商品が登場することってあまりなくて、僕はね、毎日、そのウェブページをブラウザで開いて、確認してたんだよ。その自分が欲しいスペックのパソコンがあるかどうか。で、ある日、ついにその商品がそのページに現れたわけ。よし、チャンスだと思って、色も確認しないで買ったね。うん。色を全く確認することなく、僕はこのパソコンを買いました。それくらいね、そのページ上にこの商品が現れるのって、本当に珍しい出来事だったんだよ。あまりないことだったんだよね。もうチャンスだったんだよ。で、やっとこのパソコンが買えたというわけですね。で、僕今の使ってるパソコンに、それほど不満はないからさ、僕新しいものを買うのってすごい好き。僕ね、ガジェット大好きなんだよ。機械とかそういうの大好きだから、新しい技術が詰め込まれてるものを買う、ものが発売されると、すごいワクワクして買いたくなっちゃうんだよ。でもさ、そういうのを買うと、家の中でスペース取るじゃん。うん。だから、めったに買うことはないね。で、僕が一番最近買った、機械っていうと、携帯だね、スマホ。で、今持っているスマホの前に使っていたスマホ、なんと5年間使ったんだよね。で、5年間使ったらさすがに古くなって、もう一瞬でバッテリーが減るようになっちゃったから、買い替えたんだけど、買い替えた時本当に感動したね。もう本当に動作がサクサクだし、最近の携帯はさ、その AI の機能とかたくさんあるじゃん。もうそれすごい感動しちゃって、こんな機能あるのかよ、みたいな。うん。写真を撮ってさ、例えば、余分な、例えば、
自分の写真を撮ったとして、周りに人が写っちゃったりするとさ、その人をさ、消したりできるじゃん。こんな機能あるのかよとかびっくりしちゃってさ。そういうワクワクを味わうために、新しい商品を買うの大好きなんだけど、次買うとしたらパソコンかな。でもさ、今のパソコンに全く、なんていうの不満はないから、正直わかんないな。いつ次僕がパソコンを買い替えるかっていうのは。みんなはさ、どんくらいの周期でパソコン買い替えてるの？僕はこのパソコン今ね、3年くらい使ってるかな。3年周期とかが普通なのかな？どうなんだろう。でね、僕はね、絶対にデスクトップ PC は買わないんですよ。デスクトップ PC ってさ、ちょっとさ、でかくない？パソコン本体がでかくてさ、それがさ、ほこりかぶったりするじゃん。あれがちょっと嫌で。で、しかも、ノートパソコンだとさ、持ち運べるじゃん。例えば、新幹線で移動してる時も、そのパソコンでさ、作業できるじゃん。あれ便利だから、もうずっとね、ノート PC しか使えない。でさ、昔は、デスクトップ PC とノート PC って、もう本当にスペックの差が激しかったじゃん。どちらかというと、ノートパソコンってスペックが低いじゃん。だけど最近は、こういう薄いパソコンでも、ある程度のね、スペックがあるから本当にいいよね。ね。もう本当にさ、最近のノート PC って薄いよね。このパソコンもさ、1センチもないんじゃないか？厚さ。どうなんだろう？ 1 センチはさすがにあるのかな？僕がね、初めて、僕の親に買ってもらったパソコンって、ノートパソコンだったんだけど、厚さがね、5センチぐらいあったような気がするんだよな。5センチもないかな。で、当時はね、最先端だったから、すごい感動したのは覚えてる。で、当時ね、僕が初めて親に買ってもらったのは Mac じゃなくて Windows だったんだけど、Windows 7だったね。Windows 7。もう今からしたらさ、もうなんだよその古い OS っていう感じなんだけど、当時はもう最新の OS だったわけ。だから僕は感動したよね。Windows 7だって思ったのを覚えてる。で、その時はね、すごいノートパソコンも分厚くて持ち運びしづらいし、しかもデスクトップのものと比べてスペックは低いしっていう感じだったんだけど、今はね、こういう薄いパソコンでも、ちょっと値段は高いけど、それなりのね、パフォーマンスは発揮できるよね。懐かしいな。今考えればあれは小学生の時だったか。僕はね、もう、知ってるソフトがね、マイクロソフトワードぐらいだったからね、それで遊んでましたね。どうやって遊ぶんだよって感じなんだけど、自分なりのなんか新聞みたいなのを作って遊んでたのは覚えてますね。あとは、小学校の旅のしおりっていうのをね、修学旅行をするとき作るんですけど、あれの一部、ページの一部をパソコンで作ってたっていうのを覚えてるね。でみんなのさ、学校とか職場って、どんなパソコン使ってんの？ぜひね、コメント欄に書いて、はい、教えてくださいませ。はい。で、僕がね、使ってる、端末、携帯と、パソコンと、もちろんね、このポッドキャストを撮ってる、カメラもあるんだけど、それ以外にもあるんですよ。うん。それ以外にも僕が使ってる端末ってあります。はい。それが iPad ですね。みんなも使ってるよね。どうなんだろう。iPad 便利だよね。でも、そこまでね、高頻度で使うことはないかな。僕が、使うとき、iPad を使うときっていうのは、例えばさ、YouTube で、動画を見るときに、携帯だと、
なんか画面ちっちゃいなっていう時あるじゃん。で、もちろん、こうやってね、デスクで何かね、動画を見たいなっていう時は、もちろん、モニターでさ、見ればいいから、まあ、十分に大きい画面なんだけど、布団に寝っ転がって、なんかそういうコンテンツを見たい時ってあるでしょ？その時に、携帯だとなんか画面ちっちゃいなって思うことあるわけ。で、なんか画面ちっちゃいとさ、なんか目痛くなってこない？うん。僕はね、そういうこと結構気にするんだけど、だからね、僕はそういう時に iPad を使ってるね。で、iPad で動画を見たりして楽しんでるんだけど、あとはさ、たまにさ、パソコンで作業をするときに、なんか寂しいなっていう時あるじゃん。なんか面白い動画見ながら作業したいなっていう時あるでしょ？で、ああいう時は、タブレットをね、このね、横に置いて、うん。タブレットを横に置いて、そこでね、動画を流してみるっていうことをよくするね。ただ僕は、タブレットはね、あまり使わない方な気がするな。うん。そう。で、タブレットって、動画を見る以外に何が便利かなっていう考えたら、僕はね、大学生だった頃は、ノートとして使ってたことはあったね。タブレットにさ、ペンで書き込めるじゃん。で、数学系の授業とかだと、例えば図を書かなきゃいけなかったりするじゃん。で、図ってさ、パソコンのキーボードだけじゃ、あまりうまく表現できないんだよ。だから僕は、そういう時は、タブレットを開いて、ノートのアプリを開いて、そこにね、ペンで直接書いてた。あの時は結構便利だったね、確かに。うん。でも今はね、なんか勉強もしないし勉強することもなくなったからさ、まあ、ペンを使うっていうことはあまりないかな、タブレットで。うん。他にタブレットを使うときに、便利なこと何かなって言ったら、やっぱり、みんながさ、タブレットを使うときってやっぱ読書とかじゃない？電子書籍を読むときとかにさ、使ったりするんじゃない？それこそさ、漫画好きな人にとってはさ、タブレットって本当にいいよね。タブレットで。本物の漫画と同じサイズでさ、漫画が読めるわけでしょ？あれすごい便利そうだな、とは思う。ただね、僕さ、本読まないんだよ。マジで本読まない。うん。僕ね、本読むこと苦手なんですよ。もっと言うと、文字を読むことが苦手なんだよね。もう本当に人間として失格なんだけどさ、文字を読むことが苦手。だから、本を読むことも苦手。で、僕さ、情報をね、得たいなっていう時に、受動的に情報を得ることはできるんだけど、能動的に情報を得に行くのって本当に苦手なんだよ。で例えばさ、ニュースについての情報をニュースで、最近起こった、事件とかについての情報を得ようとするじゃん。その時に、そのニュース記事をね、文字で読むよりも、そのニュースの動画を見る方が僕は好きなわけ。だってさ、能動的に情報を取りに行こうとしたら、わざわざ自分の目を動かして文字を読みに行かなきゃいけないわけでしょ？あれより、その情報が自分に降ってきた方がやりやすいわけ。うん。だから僕本読まないんだよね。うん。本読まないっていうか、本読むのが苦手。だから読まないって感じかな。うん。で、僕本読むとしてもね、まあ、に、情報を得るために本を読むっていう感じ。例えばなんか最新技術とか、それに関連したことについて、知識を得るために本を読むのが僕だね。うん。だからさ、小説とか全然読まないんだよ。漫画も読まない。で、僕が通ってた小学校は、本当にね、読書教育が盛んだったわけ。
もう本をたくさん読んでくださいねっていう、そういうことを推奨してる小学校だったんだよ。で、その時は僕、本当にたくさんの本を読んだんだよね。もうたくさんの本読みました。小説読みましたよ、たくさん。ただその中学校に入学してからは別にそういうなんか読書教育とかもなかったからさ、もうめっきり本なんか読むことなくなっちゃったよ。うん。で、そのまま成長しちゃったっていう感じだよね。だから本読むことが苦手なんだけど、でもやっぱりネット上に書いてない情報がその本に書いてあるっていうことあるんだよね。うん。もうその時はもうやむを得ず本を読むんですよ。もう本を読むしかないんですよ、そういう時は。で、僕はそういう時に何をするかっていうと、図書館に行くんだよ。で、これさ、日本以外の国でどういうシステムなのか僕あんまりよくわかってないんだけど、日本の、ほとんどの地方自治体が、図書館をね、そこの住民に対して、無料で利用できるようにしてるわけ。だから、もちろん僕が住んでる地域でも、無料で図書館を利用することができるんだよ。だから本を読むのは、基本的に無料。だからね、そこで、本を借りて読むんだよね。で、図書館結構便利で、例えば、僕の家の一番近くにある図書館に、自分が欲しい、自分が読みたい本がなかったとするじゃん。その場合でも、ちゃんとね、問い合わせれば、別の地域の図書館とかから、その本が用意されて読むことができる。だからね、図書館めっちゃ便利。うん。なんだけどさ、僕、もちろん本も借りますよ。でも、本読むの苦手じゃん。だからね、あの多分、僕がその図書館で一番最後に借りたもの、本じゃなくて CD だと思うんだよね。そう。もう図書館の何が便利って、本だけじゃなくて、CD とか DVD も借りることできるんだよ。それがね、めっちゃ便利。でね、日本の有名なアーティストで、Spotify とか Apple Music とか、そういう有名どころのサブスクサービスに、音楽をね、提供してないアーティストってたまにいるんだよね。で、そういう人でも、CD はリリースしてるから、CD はね、世の中に出回ってるわけ。で、図書館でももちろん、そういった CD 借りるんだけど、僕はね、そういったアーティストの、本を、間違えた。そういったアーティストの CD を図書館で借りるんだよね。で、図書館で借りたら、専用のドライバーでね、その CD を読み込んで、パソコンにそのデータを移して、で、それでその音楽を携帯とかで聞くっていうことを僕はやってます。はい。だからね、本当に、Spotify とか Apple Music とかに音楽がないことってあるんだけど、図書館に行って CD を借りると、その音楽が聴けるというね。はい。ということになります。だからね、本読むの苦手なんだけど、みんなは本読むの好き？本ってやっぱりね、字を読まないといけないから、あれがちょっと脳みそが疲れちゃうよね。はい。みんなのね、家の近くにも、図書館があったら、ぜひね、日本だったらね、CD とか DVD もね、借りることができるので、ぜひ、借りてみてください。はい。端末について、いろいろ話してきたんだけど、僕さ、さっきからガジェットが好きってこと話してるでしょ？僕ガジェット好きなんですよ。だから、いつかね、自分で PC も
組み立ててみたいなとは思ってるわけ。うん。自分の手でパソコン作り上げるってなんかロマンがあるじゃん。ロマンがあるでしょ？だけどね、今まで僕 PC 作ったことないんですよ。で、やっぱり、デスクトップ PC とかって、自分でさ、パソコンを組み立てたら、自分で部品をさ、入れ替えたりもできるし、なんかいろいろカスタマイズできるじゃん。で、例えばゲーム好きな人ってそういうことやってる人いるから、それにね、すごい憧れるんだけど、ちょっとね、時間がなくてやってないんだけど、いつかやってみたいなとは思っていて。で、そういうね、ゲーム PC とか、ゲーミング PC とか、あとはね、普通のデスクトップ PC もそうなんだけど、そういうパソコンを、そういうパソコンを作りたいとき、部品をどこで買えばいいかってみんな悩むかもしれないでしょ。悩むと思うんだけど、日本だとね、日本で一番 PC パーツに特化した、場所っていうのがあるんですよ。うん。それがね、どういう場所かっていうと、日本のどこだかわかりますか皆さん。正解は秋葉原です。で、秋葉原って、アニメ文化とか、メイド喫茶文化とか、アイドル文化とか、そっちで今多分有名だと思うんだけど、もともとね、でかい電気街なんだよ。もう大きい電気街なんだよね。秋葉原っていうのは。だから、もう本当にたくさんの PC パーツ店があって、ゲーミング PC とかね、自作 PC を作りたいなって思ったら、その秋葉原にね、行くのが一番おすすめ。うん。で、もちろんさ、最近は、通販とか発達きたから、やっぱね、通販の物量にはかなわないわけ。秋葉原にそのパーツがなくても、通販にはあるっていうこと結構あるんだけど、歴史的にはね、秋葉原が、自作 PC とか、ゲーミング PC を作るとしたら、聖地なんだよね。うん。だから皆さん、ぜひ、パソコンを作りたいと思ったら、秋葉原に行ってください。で、僕もね、パソコンを作るってなったら、秋葉原に行って、どこかのお店に入って、店員さんに相談するかな。うん。ガジェット好きでね、いろいろパソコンの部品とか知ってる僕なんだけど、実際にね、組み立てたことないから、その経験がないからね、まず、最初はね、誰かに聞いてやってみようかなって思います。でさ、パソコン関係の話でいくと、僕はね、最近、ライブ配信をするようになって、すごい気にかけるようになったことがあるんだよね。パソコンに関して。で、何を気にかけてるかっていうと、それはね、えーネットの速さ。ネットの速さについて、すごい気にかけるんだよ。うん、なんでかっていうとさ、ライブ配信って、ライブ配信をやってる時って、僕がパソコンからずーっと YouTube のサーバーに対して映像を送ってるってことじゃん。だから、僕からその映像のデータが途切れると、みんなもライブ配信を見れなくなるっていうことなんだよね。そうなっちゃうと、ライブ配信として成り立たないでしょ。だからね、僕はね、最近すごいネットの回線には、ネットの回線を気にかけてるんですよ。うん。で、最近さ、ここの回線遅いなって思ったことがあって、それがね、新幹線に乗ってる時。みんな新幹線、今まで乗ったことあるかな？新幹線もね、その新幹線に Wi-Fi がついてるんだよ。でもね、前、新幹線に乗った時、その Wi-Fi がめちゃくちゃ遅かったの。あの、新幹線ってね、いろいろあるんだけど、種類が。東京から北に向かって進んでる新幹線のことを、東北新幹線って言うんだよ。で、僕はその東北新幹線に乗ったんだよ、前ね。ただ、その東北新幹線、山岳地帯を走るから、もうトンネルの数がすごい多いわけ。
で、そのトンネルの地点に入ると、もうすぐにね、電波が悪くなる。で、新幹線には Wi-Fi がついてるのに、その Wi-Fi に接続してても、インターネット速度が遅くて、僕ね、ちょっとイライラしちゃったんだよね。で、僕もね、そのネットを使った作業をその時はパソコンでしようと思ってたんだけど、もう仕事にならなくて、もう諦めて、携帯いじってたかな、何してたかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、だからね、その新幹線によっては Wi-Fi が全然機能してないこともあるね。で、どうなんだろうな、その東京からさ、大阪とか、京都とかそっちの方面に行く新幹線のことを、東海道新幹線って言うんだけど、そっちはもしかしたら Wi-Fi がもうちょっとマシかもしれないね。たださ、なんか昔と比べて Wi-Fi につなぐことってあまりなくなった気がしない？昔と比べるとなくなったよね、Wi-Fi につなげる場面っていうのは。最近いつ Wi-Fi つなげたかな。そうだ。ホテルに前泊まった時は Wi-Fi につなげた。そのホテルの部屋で YouTube とか見ようと思った時に Wi-Fi につなげたな。うん。だけどさ、昔と比べて Wi-Fi が接続できる場所がね、減った気がするんだよな。僕がね、その中学生とか高校生の頃って、その駅ごとに Wi-Fi があったんだよ。うん。だからそこで、動画を見たりとかしてたんだよね。で、当時はさ、データ使用量が結構少なかったんだよ。1ヶ月あたり7ギガバイトしか使っちゃいけなかったから、だから僕はね、もう頻繁に Wi-Fi に接続して、携帯を使う必要があったんだけど、最近ってさ、結構もうモバイル通信でさ、十分じゃん。もう人によっては、ね、インターネット無制限で使えるプランを契約してたりするし、わざわざ Wi-Fi につなげなきゃいけないっていう、そういう場面が明らかに昔と比べてさ、減ったよね。うん。そういう場面ってすごい減ったかなって思います。で、実際ね、日本だと、Wi-Fi の数って、減少させていくっていう方向にあるらしいんだよね。そういう公共で使える Wi-Fi っていうのは。で、比較的ね、みんな安価にインターネットを使用できるようになったんだけど、これのね、原点になったなって思う出来事が、今の総理大臣の、日本の総理大臣の二人前の総理大臣。この人はね、その安倍総理大臣の次に総理大臣になった人なんだけど、菅総理っていう人がいたんだよ。で、その人が、インターネットの使用量、携帯の、通信使用量の値段を下げようっていう政策をやったわけ。それでなんか一気に、平均的な、市場のインターネット使用量の価格っていうのはね、下がったっていうイメージなんだよね、僕の中で。うん。で、今はね、本当にいろんな会社がそのインターネット産、産業っていうのかな、その市場に参加するようになってきて、本当に安い選択肢がいっぱいある。だからね、日本人だったら本当に一人一人使ってる会社っていうのがね、違うと思うんだよね。うん。そう。だから最近はそういう格安シムとかが増えてきて、選択肢がいっぱいあるんだけど、みんなはさ、どういうシムカード使ってんの？僕ね、えー、海外に行くときって、空港に着いたらさ、空港にさ、シムカード売ってるところあるじゃん。あそこに行って、シムカードを買うっていうのが、僕の海外旅行のルーティンなんだけど、みんなはさ、旅行してるとき、どこでさ、シムカード買うの？さ、今ってさ、eSIM とかがあるじゃん。eSIM って、その SIM カードを挿さなくても使える SIM ね。ああいうのがあるから、もしかしたら、空港で、そういう SIM カードを、物理的な SIM カードをわざわざ買う必要ってもうなくな、
買う必要ってもうないのかな？どうなんだろう。ちょっとね、そこら辺ちょっと詳しくないんだけど。でもね、僕ね、さっきさ、僕が1年間ヨーロッパに留学してたっていう話したじゃん。そのヨーロッパに留学してた頃の SIM カードが捨てれないんだよね。うん。もちろん、思い出だから捨てられないっていうのもあるんだよ。せっかくその1年間共に過ごしてきた SIM カードだから、その思い出として、捨てることはできないなっていう思いもあるんだけど、その留学中に登録したサービスが結構あるんだよ。で、サービスってさ、自分が携帯を使って登録するときに、電話番号を登録することって多いじゃん。だから僕は、その留学先で使ってた電話番号で登録しちゃってるサービスが多いから、なかなかね、その SIM カードを使えないんだよ。例えば、そのアカウントにログインしようと思ったら、その SIM カードを携帯に挿さなきゃいけなかったりするわけ。うん。そういうのがさ、そういうのをやんなきゃいけないから、SIM カードね、捨てれないんだよ。で、なんかサービスによっては、本当にその電話番号の切り替えがめんどくさいサービスも多くて、例えばね、お問い合わせサポートデスクに問い合わせてくださいっていうサービスもあるわけ。僕が電話番号を、そのアカウントの電話番号を別のものに変えたいときに、サポートデスクに問い合わせないとできないっていうサービスもあるわけ。それってさ、めちゃめちゃめんどくさいじゃん。そう。超めんどくさいから、まだやってないんだけど、いつかね、そういうことやらなきゃいけないと思うから、その留学中にね、使ってた SIM カードってなかなか捨てられないんだよな。ああ。そういうのもあって僕はね、SIM カード、留学中に使ってた SIM カードはまだ捨てられてない。だからね、その SIM カードも eSIM とかに、切り替えられたらいいんだけどな。うん。今までさ、こうやって、インターネットのこととか、パソコンのこととか、話してきたんだけど、これだけね、パソコンとかスマホとか、普及した世の中でも、日本の大企業って、まだファックスとかを使っているところがあるわけ。うん。ファックスと、ハンコこれをね、使っている大企業がまだ多いんだよ。だからね、日本はデジタルの国じゃなくて、アナログの国だって言われるんだけど、そう。本当にね、まだファックス使っている企業ってあるんですよ。で、誰も変えようとしないっていうね。で、日本はデジタル後進国だっていうことをすごい言われるんだけど、でもね、最近その状況も少しずつ変わってきたんだよね。今、新しいカードっていうのが日本人に配られ始めていて、それがね、マイナンバーカードっていうカード。これは、自治体が一人一人の日本人に配るんだけど、日本の国民一人一人に番号が割り振られるわけ。だから、国がね、国民をすごい管理しやすくなったんだよ。で、これってさ、ヨーロッパとか、普通の先進国だったらもう、とっくの塔にやってることだと思うんだけど、日本ではね、最近になってようやく普及してきた。うん。で、例えばね、日本で新しい会社に就職するときとかって、日本に住んでいる住民ですよっていうことを証明するために、住民票っていうのをね、発行しなきゃいけなかったりするわけ。で、これ、もともとは、その地域にある区役所とか、市役所とか、そういうお役所に行って、その資料を印刷しないとダメ、印刷しなきゃいけなかったんだよ。その、それがね、結構めんどくさかった。だけど今はね、そのマイナンバーカードっていうのがね、発行されるようになったから、結構便利になって、
そのマイナンバーカードにね、チップが入ってるから、そのチップをコンビニにある印刷機にかざすと、コンビニでそういった、行政の書類を印刷できるようになったわけ。これ結構ね、日本がね、アナログからデジタルに変わってる証拠でもあると言えるんだけど、でね、そのマイナンバーカードを自分の携帯に入れることもできるの。厳密に言うと、すべての機能は利用できないんだけど、一部機能をマイナンバーカードがなくても、携帯でできるようになったんだよ。だから、そのコンビニで、携帯をね、その印刷機にかざせば、そういった行政の書類が印刷できるんだよ。うん。で、こういう、もともと日本はデジタル後進国なんだけど、一歩ずつ一歩ずつ、デジタル先進国になれるように、努力は今ね、頑張ってしている最中なんだよね。うん。で、今まで、マイナンバーカードができる前って、日本人がね、自分の身分を証明するっていう、そういう場面に出くわしたら、えー運転免許証を出すことが結構一般的だったんだよね。で、運転免許証ってさ、運転免許を取得してる人じゃないと持ってないじゃん。でしょ？だから、今はね、マイナンバーカードがあるから、運転免許を持ってなくても、自分の身分の証明っていうのはできるんだけど、もともとね、保険証、運転免許証っていう2つのカードがあって、それにマイナンバーカードが増えたから、3つのカードを持ち歩かなきゃいけないってなるところなんだけど、そのマイナンバーカードに運転免許の情報も、そして保険証の情報も入れられるようになったんだよ。これって結構大きな出来事で、日本人にとっては。すごいね、便利になったんですよ。うん。そう、だからね、今、日本はね、頑張ってる最中。うん、デジタル先進国になろうと頑張ってる最中で。でね、やっぱり、ヨーロッパとか中国とか韓国とかと比べると、まだまだね、アナログな部分は多いと思うんだよ。僕もね、ヨーロッパに留学してた時は、わあ、これってもうこんな進んでるんだとか思ったことあるんだけど、僕がね、その留学中に忘れられなかったのは、その韓国人の友達が言ってたことだね。韓国ってもう本当に何もかも行政サービス系とか、そういう手続き系って、世界レベルで早いんだって。スピード感があるんだって。だからね、その留学先で、あるじゃん。例えばさ、外国人が、えー、まあ、そのその国に入って留学するってなった時ってさ、居住権を得たりとか、ビザをもらったりとか、いろいろ手続きしなきゃいけないことってあると思うんだけど、そういう系の手続き、韓国人の僕の友達にとっては、結構全てが遅かったらしくてうん、韓国だったらもっと早いのにって言ってね、なんか若干イラついてたことは覚えてるんだけど、それだけね、韓国とかって、そういう行政サービス系のデジタルの面での、すごい進んでる部分が多いと思うんだけど、日本はね、そこまで進んではいないかなっていうのが、日本国内にいる、日本人の僕としての感想ですかね。ただね、これから、いろいろ便利になってほしいなとは思うけどね、個人的に一番やってほしいのは、その運転免許証を、スマホで完結できるようにしたい。これさ、日本以外でもそうだと思うんだけど、運転するときって、常に運転免許証を持ち歩かないといけないじゃん。なんかさ、あれめんどくさくない？なんかあれ結構めんどくさいなって個人的に思ってて。でもさ、携帯って、常に自分のポケットの中にあるから、例えばさ、携帯でその運転免許証が見せられたらすごい便利だなって思う。例えばその、
たまに日本でも検問ってあるんですよ。警察の人が、警察官が、道に立ってて、ちょっと止まってくださいって言われて、車を止めて、で、運転免許証を見せてくださいって言われることたまにあるんだけど、あの時に、わざわざ財布を出して、えー財布から運転免許証取ってとか、そうやるのめんどくさいし、運転免許証ってさ、なくすなっていう時あるから、なくしちゃいそうじゃん、ああいうカードって。で、携帯ってなくす確率低いし、なくしても位置情報をさ、トラッキングできるじゃん。だから、僕はね、携帯で運転免許証が、完結する未来があったらすごいいいのになって思ってるんだよね。でも、そこまで進んでる国ってあるのかな。どうなんだろう。僕はね、なんかそれを日本でやってほしいなって思うんだよね。そしたら、もっと便利だなって思うんだけど、どうなんだろう。みんなの国でさ、そうやってスマホだけで身分証明が完結する国とかってあるの？それがあったら、それだったらさ、すごい羨ましいなって思う。うん。日本にいると、日本ってね、結構ロボット先進国だから、工場とかで使われてるロボットのレベルとかって本当に、高いんだけど、結構ね、法律が厳しいから、あまりなんか、進んだ取り組みっていうのができないんだよね。だから、アメリカとかさ、アメリカとかで、宅配便の配達をドローンでやったりするのはあるじゃん。ああいうのを見ると、すごいワクワクする。うわー、こういうなんか未来的な光景見てみたいなってすごい思うんだけど、そういうのってね、あまり日本ではなくて、もちろんさ、無人タクシーとかも走ってないしね、日本だと。中国とかアメリカだと無人タクシーってあるでしょ？あれ、なんか乗ってみたいなとか、すごい思うんだよね。そういうのなくて、最近唯一はなんかすごい先進的だなって思ったのが、無人宅配ロボみたいなのが走ってたね、最近街で。東京の、一部の地域だけかもしれないんだけど、あの時はね、ちょっとびっくりしたね。あの、大きさで言ったら高さ60センチぐらいかな。そこまで大きくない車輪がついたロボットだったんだけど、あの、その中にね、荷物が入ってて、宅配してるんだよね。うん。荷物を、どこかのお宅に届けてる途中だったんだよ。で、僕、そういう光景あまり日本で見ることないから、うわ、すごいって思ったのを覚えてるんだけど、そのロボットはちゃんとね、目の前に、目の前って、そそのロボットの前に人が来たら、それを感知して、ちゃんと止まるようになってたんだよね。多分、センサーが反応してると思うんだけど、うん。で、僕がね、そのロボットの前にいた時もちゃんと止まってたし、なんかね、ちっちゃくて可愛かったね。うん。で、周りにね、操作している人とかは全くいなかったんだけど、自立して走って、どこかのお宅に、え荷物をね、届けてたね。ああいうのを見ると、すごいなんか先進的だなって思うけどね。それ以外は、なんか、あまりないかな。なんか、うん、未来的だなとか、この技術すごい進んでるなって、なんか日本国内にいて思うことが最近ないんだよな。だからさっき言ったみたいに、その無人タクシーとかをね、見てみたいし乗ってみたい。なんか、そろそろなんか実証実験で、アメリカで実際に運行されているウェイモのサービスが東京でもね、あの実際に使えるようになるらしいね。ただ、それはね、なんか無人じゃないらしい。なんかドライバーがいつでもハンドルを握れるような状態で乗ってるらしくて、だからね、その車に乗ったとしても、
その車の中にいるのは自分だけじゃないんだよね。そう、人がいる、その運転手がいるんだけど、まあ、もしも何かがあった時のために、その運転手は乗ってると思うんだけどね。うん。まあ、ただどうなんだろう。東京の道ってさ、めちゃめちゃ狭いし、車の交通量も相当多いわけ。で、僕が予想するに結構、世界でもね、難しい、運転するのが難しい地域だと思うんだよ。で、ああいった難しい道路を、AI の力でちゃんと運転できるようになるのが、いつになるのかなっていうのすごい気になるな。うん。あ、でも、今さ、東京の道路が本当に運転しづらいって僕言ったんだけど、いや、東南アジアの方が難しいな。うん。確かに。あの僕今まで行ったことある東南アジアが、タイのバンコクとインドネシアのジャカルタなんですけど、あの二つの地域はね、ちょっとね、運転が難しそうだった。うん。っていうかさ、タイとインドネシアの人、運転めちゃくちゃうまいね。なんかね、日本だったら絶対ぶつかっちゃうだろうなっていう運転の仕方をして、全くぶつからないんだよ。うん。日本だと、まずあまり見ることがないくらい、隣の車に接近したりするわけ。うん。しかもね、結構なスピード出してるんだよ、その時。で、あの時に、うわぁ、東南アジアのインドネシアと、特に、僕が行ったのは、インドネシアとタイだから、うわ、インドネシア人の方々とタイの方々、本当に運転うまいなって思ったんだよ。と同時にさ、今考えてみると、いや、こんなに難しい運転、AI にできるのかなっていうね。うん、それは思うけどね。うん。ひょっとしたらね、AI はもう、向こう100年はずっと人間の代替にはならないかもしれないしね。実際さ、僕が子供の頃からだよね、自動運転がこれからの未来は普及するとか言われてたのって。だけどさ、意外と世界って時代が進むの遅くない？そう思わない？もう自動運転が一般的になる前に、もう僕はこうやって大人になってしまったし、なんて言うんだろうな。昔はね、僕はその運転免許なんか取らなくていい未来が来るってずっと信じてたんだけど、なんかさ、未だにそんな未来来なそうじゃん。意外とさ、その時代来なそうじゃないって僕結構最近思うことが多くて。うん、だから運転免許取っててよかったなとは思うんだけど、完全に無人になるのっていつなんだろうね。もう、一人も運転免許を持ってなくて、で、えっと、外で走ってる車っていうのは、すべてが無人運転。で、AI が運転してるっていう、そういう状況になるのって、いつなんだろうね。もしかしたらさ、もう僕が生きてる間は無理なのかなって思ったりするよね。うん。なんかね、僕が最近、ハッとした出来事があってさ、まあ、僕おじいちゃんがいるんですけど、そのおじいちゃんがね、例えば、ニュースで、この鉄道は2045年に出来上がります。とかって言ってたとするじゃん。で、そういうニュースを見たときに、俺ってこの時生きてるのかな？この未来に俺は生きてるのかなって、そのおじいちゃんが思うらしいんだよね。もちろん僕としてはさ、いつまででもそのおじいちゃんに生きてほしいんだけど、そのおじいちゃんより僕ってさ、若いじゃん。だから、例えば、
そういうニュースを見たときに、自分がその時生きてるのかとかって、あまり考えたことなかったんだよ。自分が未来に生きてることって当たり前だなって思うことが多かったんだけど、そのね、おじいちゃんの発言を聞いたときは、はっとしたね。自分にない思考を持ってるなって思ったし、やっぱり自分の人生は有限なんだって思いながら、一日一日大切に生きていこうって思ったね。真面目な内容になったね、また。やっぱりね、真面目になっちゃうんだよ、このポッドキャスト。前のポッドキャストでも話したんだけど、やっぱりね、真面目なことを話すのが好きなんだと思うな、僕は。ライブ配信でね、かなりふざけたことは話してるから、こういうポッドキャストでは、真面目に話してもいいかなとは思うんだけど、皆さんがね、飽きないような、そんなポッドキャストをね、引き続き、収録できるように頑張っていきますので、皆さんぜひ期待しててください。はい。それではね、今回のポッドキャストはこれで終わりにしようと思います。皆さん、聞いてくれてありがとうございました。ぜひ次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。それでは、これで終わります。バイバーイ。はい。皆さん、こんにちは。次郎です。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい。皆さん、お元気でしたか？僕はね、いつも元気です。最近の僕の近況をお話ししましょうか。最近は僕はね、髪を切りました。って言っても、僕の髪の毛、どんな髪型なのか知ってる人、多分このチャンネルのほとんどの人が、僕の髪型知らないと思うんだよね。あまり僕髪型をね、このチャンネルで映したことないですね。はい。でもね、僕はね、髪を切りました、最近。結構短めの髪型になったから、すっきりしたね。身も心もとてもすっきりしました。はい。はい、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さっきまで、ものすごい雨降ってたんだよ、外で。もう、すごかったよ。ものすごい雨だった。で、今はね、ちょっと、その雨足の方も落ち着いたんだけど、いやー、もう、バケツをひっくり返したかのような雨だったんだよね。で、僕、さっきちょっと外に出てたんだけど、でね、サンダル履いてたんだよ。もう、サンダルがね、意味をなしてなかったね。あの、靴下を履いた状態で、サンダルをね、履いてたんだけど、靴下びちょびちょになっちゃった。だからね、帰ってきてすぐに着ていた服を洗濯機で洗いましたよ。珍しいな、あんなに雨降るのは。あんなに雨降ったのを見たのは本当に久しぶりなんだよな。多分ね、いろんな警報とか注意報とかもね、出てたんだと思う。だけどね、そんな、雨足も弱くなって、今はね、雨自体降ってないと思う。雨自体降ってない。でもね、すごいたくさん雨降ったんだけど、結構ね、短い時間って短期的な雨だったからよかったね。あれがずーっと降るとなるとさ、やっぱり気分も落ち込んじゃうじゃん。で、本日もね、久しぶりのポッドキャストですけれども、今日はね、さっき、今日雨降ったってことを話したじゃん。だから雨に関することを話そうかなって思うね。せっかくだしね。せっかくだから、雨に関することを話そうかな。僕さ、これまでのポッドキャストでも何
回も言ってることなんだけど、もう雨大嫌いなんだよ。もう雨がね、本当に嫌い。で、晴れが大好き。その理由の、一つが、頭痛なんだよね。うん。なんか雨の日ってさ、低気圧じゃん。あとなんかね、軽く頭痛もするし、気分もね、テンションも下がるんだよね。なんかさ、体が重いんだよ。わかるこの気持ち。雨降るとさ、一気に低気圧の環境になって、体がね、動きにくくなるんだよね。で、僕、毎日ね、朝起きたらしてることって、筋トレなんだよね。で、僕は毎朝起きたら、まずはジムに行って筋トレをするんだけど、なんかね、雨が降ってる日って、なんか筋肉が固まってる感じがするんだよね。だから、うわー、今日雨だけど筋トレ行かなきゃいけないのかって結構ネガティブな気持ちになるんだよね。でさ、筋トレを毎日してる人ってたくさんいると思うし、筋トレ大好きな人って本当にたくさんいると思うんだけど、僕の場合ね、筋トレすごい好きなわけじゃないんだよ。実はね、僕、筋トレがすごい好きっていうわけでもないんだよね。僕はね、どちらかというと、筋肉をたくさんつけたいっていうよりは、健康のために筋トレをしてるんだよね。だから、筋トレをしないで、筋力を年が取っても保つことができるならば、別に筋トレしなくてもいいと思う。でもさ、そんなこと無理じゃん。筋力をずっと保ちたかったら、ジムに行って筋トレしなきゃいけないでしょ。だから僕は筋トレに行ってんだけど、だから最近はね、ジムに行くのってそんなに楽しいことじゃない、実は。でも、ジムでね、筋トレした後って本当に気分が良くなる。やっぱりね、人間って、あの、筋トレした後とか、運動した後って、気分が良くなるんだよね。で、目が覚める。あの、一日のスタート、頑張ろうっていう気持ちになれるんだよね、筋トレすると。だからすごいいいことなんだけど、朝起きて、最初にジム行くときって、ちょっとね、憂鬱な気持ちになるんだよね。なんか、今日も筋トレしなきゃいけないのか、みたいに思うことがあるんだよ。で、晴れの日でも、そういう風に思っちゃうんだよね、僕の場合は。ただね、雨の日はね、その気分に拍車がかかるんだよ。もう雨の日は、うわ、ただでさえ筋トレそんな行きたくないのに、雨かよっていう気持ちになるわけ。でさ、筋肉もなんか動きにくい感じがするし、筋肉もね、なんか膠着してるような感じなんだよね。だからね、僕は、筋トレに行くときも雨の日は、もうやっぱり憂鬱な気分になるな。うん。だから、雨の日は、その視覚的にも気分は下がるよね。晴れの日だとさ、太陽が出てるから、その太陽を見るとさ、なんか楽しい気分になれるじゃん。ただ雨の日ってさ、外は暗いし、で、本当に分厚い雲が空を覆ってるとさ、夜みたいに暗いじゃん。あれが嫌なんだよね。で、今日も比較的雲が多めだから、すごい暗い、日中。やっぱり人間はさ、明るい環境がないとダメですよ。だってさ、植物だって光合成をしてさ、生きてるわけでしょ。だからやっぱり生物にとって太陽の光って本当に大事だと思うんだよ。うん。だからね、僕は、雨の日。本当はね、曇りの日も嫌いなんだけど、特に雨の日が嫌い。本当に。で、みんなさ、雨の日ってどういう風に過ごしてる？平日だったら学校に行ったりとか、会社に行ったりするよね。ただ、休日の雨の日ってさ、みんな何するの？それがね、僕の中では本当に悩みの種なんだよね。
で、まあ、いろんな過ごし方があるよね。例えばさ、近くのカフェに行って、読書したりとか、あとは、自分の家にいながら、ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで映画を見るとか、家の中でも、やれる楽しいことっていろいろあるよね。ただね、僕ってね、それがあまりないんだよ。だから、雨の日に、雨の日の休日に何をするべきかっていうのをね、みんなに教えてほしい。うん。僕はね、結構趣味が少ない人間なんだよね。まず、前もポッドキャストで話したけど、読書が苦手。だから、カフェに行って本を読もうっていう、そういう考えに至らないわけ。で、あとは、そう、映画みたいなね、すごい長い。1時間とか2時間とか、そういう長い、作品を見るのも苦手なんだよね。やっぱりさ、普段からさ、TikTok とか YouTube ショーツとか見ちゃってるから、短い動画ばかりに慣れちゃって、映画もね、あまり見る習慣ないんだよね。だから、雨の日の僕の過ごし方って言ったら、やっぱりね、ベッドの上で横になることくらいかな。うん、やっぱり、やることないと辛いよね。で、ベッドの上で横になってる時に、やっぱりさ、スマホを開いて、YouTube とか見ちゃうんだけど、なんかね、もやもやするんだよね。僕は貴重な休日をこんなことに時間を使ってていいのかっていう気分になるわけよ。こういうさ、今僕がやってるみたいに、語学学習を目的とした YouTube の動画を見るとかならさ、自分にとってプラスになってるじゃん。ただ、本当に意味がない動画を見てるときって、なんかね、罪悪感を感じるんだよね。自分で検索した動画じゃなくてさ、なんか YouTube のアルゴリズムによって出てきた、動画をね、ただひたすら見てるときって、うわぁ、今時間無駄にしてるわーとか思っちゃうわけ。で、なんていうんだろう、自己嫌悪に陥っちゃうんだよね。うん。だからね、雨の日に、自己嫌悪に陥らないような、そんな過ごし方って何かあるかな。うん、やっぱり勉強とかがいいのかな。それくらい僕は雨の日が嫌い。本当に嫌い。逆にもう晴れの日は最高だよね。これさ、今までみんなに言ったことあったっけ？僕って日頃からもうめちゃくちゃ散歩するの。もう散歩大好きなの。で、雨の日でもさ、傘をさせばさ散歩行けるじゃん。だけどね、なんかね、気分が全然違うんだよね。晴れの日と比べてさ。晴れの日に散歩するのはね、爽快感があるよね。うん。とても爽快。で僕は本当に、長い時は3時間とか散歩するんだよね。でさ、晴れの日ってそういう風に、ただ散歩するだけで楽しい気分になれるわけ。も歩く時、まあ、あの、僕がね、いつも歩いてる、王道の散歩ルートっていうのはあるんだけどさ、まあ、ひ時には散歩のルートを変えたい時ってあるじゃん。ね。散歩の楽しさって、そういうところだと思うんだよ。今日はいつもと違って、こっちの道行ってみようとか、そういう風に考えながら歩くの本当に好きなんだよね。うん。今日はちょっと人が少ないところを歩こうかなとか、そういう風に考えながら歩くのが好き。そういうこともあってさ、散歩大好きなんだけど、雨の日って散歩したくないじゃん。うん。だから家の中で過ごさなきゃいけないんだけどさ、うーん。何が言いたいかっていうと、もう散歩すらできない雨の日はダメってことなんだよね。うん。だからもう雨の日はなくなってほしい。一年の中から。うん。比較的、日本は雨少ない国だと思うけどね。あの
3ヶ月前とか4ヶ月前かな。6月のシーズンって、梅雨っていう季節に入るから、比較的にね、雨が多い時期ではあるんだけど、今年は超ラッキーだったんだよ。今年は全然雨降らなかったの、その時期に。梅雨の季節に全然雨降らなかったんだよ、今年は。だからね、超ラッキーだった。ほんと最高だね。梅雨が終わりましたっていうニュースを見たときは、もう終わったのって思ったね。うん。だからその分、今年は他の季節にたくさん雨降るのかなとか思ってるんだけど、梅雨以外ってね、日本だとそんなに雨降らないんだよね。もちろんね、雨の日っていうのはあるんだけどさ、ただ、これからというか、ちょうど今の季節かな。台風の時期なんですよ。うん。皆さんの国では台風ってありますかね？台風じゃなくて、場所によってはハリケーンとかがあるよね。でね、前回台風あったんですよ。1週間ぐらい前に台風が日本に来たんだけど、雨とか風とかが強かったのは、一瞬だったね。うん。で台風が過ぎた後って、すごい綺麗な快晴になるわけ。うん。だから僕はね、その時も台風が終わった後の晴れた日も僕は散歩に出かけたんだけどさ、あの、今日の雨今日降ってた雨はね、その時の台風よりも全然強かったね。うん。で、実は、台風って、この8月下旬から、9月の上旬にかけて多いんだよね。うん。で、日本の中でも、一番被害を受けるのが、沖縄県。うん。沖縄県ってさ、日本の中で一番南にある県なんだけど、あそこがね、沖縄県って島なんだけど、沖縄県って、複数の島からできた都道府県なんだけど、ちょうどね、台風がいつも通るルートに重なってるんだよね。うん。だから沖縄の人は、本当にね、歴史的にも、台風と今まで戦ってきたんだけど、沖縄だとね、そう、台風に耐えるために、あの、コンクリート造りのね、家が多い。なんか真四角のグレー色の家が多い。だから沖縄に行くとね、日本の東京とかで見られる、一軒家とは、なんかね、違う作りをした家がたくさん見れる。うん。そう。だから今は本当に台風が多い季節で、何回か台風はもう日本には来たけど、これ以上台風は来てほしくないなって思うね。台風ってさ、本当に風が強いし、うーん、雨も強くなるからさ、本当にいいことないんだよ。ただ、台風の特徴として、台風の、これはね、前のライブ配信でも話したんだけど、台風の進行方向の、右側に比べて、左側はね、比較的雨風が少ないんだよね。で、前回台風が来た時は、東京はね、比較的雨も風も強くなかったんだよ。なぜなら、台風の進行方の左側に東京が位置してたからだね。だから、台風のルートによっては、本当に雨、風が強くなる。うん。で、雨がすごいし、やっぱり、台風って、洪水とか土砂崩れとか、そういった自然災害が起きる原因にもなるわけだよ。だから、比較的、比較的というかそうだな、台風って、基本、悪い影響しか、僕たちにはもたらさないんですよ。ただね、僕は、中学生とかね、高校生の頃って、台風が来ると嬉しかったんだよね。僕はね、本当に学生時代は台風が来ると嬉しかったんだよ。
台風が来るとさ、やっぱり川が氾濫したりとか悪いことばっかりなんだけど、僕にとってはね、本当に嬉しかった。で、当時の僕の同級生とか、もうみんな台風が来ると喜んでたんだよ。で、これなんでかわかる？なぜ僕たちが学生の頃、台風が日本に来ると喜んでたか。理由は簡単で、休校になるからなんだよね。うん。そう。学校がお休みになるんだよ。天気予報でね、台風が通るルートっていうのが、発表されるんだけど、自分が通ってるエリア、自分が学校に通ってるエリアが、その台風が、え動くルートと重なると、結構な確率でね、休校になるんだよ。ってことはさ、学校に行かなくていいってことじゃん。で僕は、学校の授業がね、そんなに好きじゃなかったんだよね。で、僕以外にもさ、学校の授業が好きじゃない人ってたくさんいたから、半分以上はね、学校の授業が好きじゃなかったと思うんだけど、だからね、休校になるとさ、学校に行く必要がなくなるんだよね。あそれが嬉しくて、僕は台風が来ると喜んでました。で、学校が休校になりますっていうお知らせって、確かね、メールで届くんだっけな。うん。で、前日とかにはまだわからないんだよ。休校になるかどうかって。確かその当日の、学校に登校する時間の前に、メールか何かでお知らせされるんだけど、だからね、朝になるとみんな早起きして、学校からの連絡はまだかっていうのでね、みんなワクワクしてたんだよね。で、実際に休校のお知らせがメールで僕たちの元に届くと、みんなね、ネット上で、やったーとか嬉しいとかそういうことを書き込んでたね。うん。ただね、台風って基本的には喜んじゃいけないことなんだよね。やっぱり台風が来るたびに、河川の氾濫とか土砂災害とかで亡くなっちゃう人もいるからね。それくらい台風って本当に危険なものだから、やっぱりね、普段から備えておくことが重要。うん。で、学校で天候によって、休校になることって、台風以外にもあるんだよね。それが何かっていうと、大雪だね。で、僕は、東京の学校に通ってたんだけど、東京ってね、雪に全然慣れてないんだよ。みんなさ、北海道っていう都道府県知ってるかな？北海道とか青森県とか新潟県とか、日本ってね、結構、まあ、日本って見た目は小さい国なんだけど、結構ね、南と北に広い国なんだよね。だから、雪が降ってる、雪が降る場所がね、結構多いんだよ、日本って。ただね、東京って全然その雪に慣れてない。だからもちろん北海道でね、雪が10センチ積もりましたっていう状態になっても、北海道に住んでる人たちって、全く何も感じないわけ。普通だなくらいにしか思ってないんだけど、東京で5センチも雪が積もったら、それはもうね、大パニックになるんだよ。うん。まず、東京の交通網を考えてみると、電車がたくさん走ってるでしょ、東京って。だからまず、雪が5センチ積もっただけで、もう電車がね、ストップしちゃうんだよ。うん。で、電車が止まると、学校に行くことができないんだよね。だから、台風の時もね、その雨風が強いと電車がストップしたりするんだけど、大雪が東京で降ると、電車が止まっちゃうんだよね。ってなると、生徒の人たちがさ、学校に行く手段がなくなっちゃうでしょ。うん。だから、大雪が降るとね、学校が休みになるっていうパターンがあったね。うん。でもね、雪が5センチ積もるって、新潟県とか北海道の人たちからしたらもう、本当に小さいことなんだよ。
うん。まあ、もちろんね、雪が5センチ積もったくらいじゃ、まあ、電車がストップするってことなんて、北海道では絶対にないと思うんだけど、まず東京の交通網って、雪が積もることを前提に作られてないから、まあ、そんなね、雪が5センチ積もっただけで、もう全部ストップしちゃうんだよね。うん。まあただね、雪が降っても、学校がお休みにならないこともあるんだよね。その東京、まあ、思ったより雪が積もらなくて、電車がストップしなかったから、まあ、学校に行けちゃう場合とかあるじゃん。まあ、そういう時は、まあ、学校の校庭でね、まあ、雪で思いっきり遊んだね。だってさ、まあ、東京で雪が積もるって本当に珍しいことなんだよ。てか、最後に東京で雪積もったのっていつだろう。正直ね、それを思い出せないくらい、東京で雪が積もることって本当にレアなことなんだよね。でね、まあ僕が覚えてるのは、学校でね、まあ、雪合戦とか雪だるまを作ったね。うん。もちろんね、雪合戦はね、もう東京の子供たちからしたらね、もう憧れの遊びだよ。まあ、だって東京で雪積もらないんだもん。うん。まあみんな雪合戦ってさ、みんなの国でも人気。まあ雪合戦が何かっていうと、まあ積もった雪からさ、雪を取って丸めて、で、友達に投げて当てたりする遊びね。まああれ日本語だと雪合戦って言うんだけどさ、あの雪合戦楽しいよね。でさ、雪が積もるとさ、まあ、しばらくそこに雪って残ってるじゃん。で、雪が降った日の、まあ、3日後ぐらいって、なんかその氷が固まって、すごい硬い雪になるんだよ。ってなるとさ、もうその、すごい硬い雪を当てられるとすごい痛いわけ。うん。で、僕はね、それをすごい覚えてるね。で、あと雪だるま作るね。うん。まあ、雪だるまはみんな知ってるでしょ。でっかい雪の玉を2つ作って、それを、まあ、組み立てて作る。なんだ、あれなんて言うんだろう。まあ、雪だるまだよね。まあ、雪だるま知ってるでしょ。まあ、雪だるまはね、雪だるまも作りましたよ。僕は。学校の校庭で。うん。で、あと、まあ、子供たちがね、まあ、雪が積もったら作るものといえば、やっぱり鎌倉だよね。みんな鎌倉ってわかるかな。その雪の家なんだけどさ、まあ、作り方は、まあ、雪を、まあ、山にして結構高くしてさ、まあ、高さ1メートルぐらいの雪の山を作って、その後に穴を開けるんだよね。で、人が入れるようにして、まあ、その中でね、その中に入るっていうのが、まあ、鎌倉の楽しみ方なんだけど、まあ、雪がたくさん降る地域だと、その鎌倉を作って、その鎌倉の中でね、まあ、みかんを食べたりするんだけどさ、日本では。東京みたいに雪がめったに降らない地方だと、いや雪が積もったらね、やっぱり鎌倉作りたくなっちゃうんだよ。だからね、僕はね、鎌倉作りましたよ、東京で。雪が積もった時に。だからね、まあ今話したみたいに、雪が積もったら、まあ東京の人がやること何かっていうと、まず一つは、まあ友達と雪合戦をすることだよね。まあ、友達と雪合戦をします。そして、その次に、雪だるまを作ります。まあ大きな雪の玉を2つ組み合わせて、雪だるまを作るよね。そして、まあ一番難易度が高いのが鎌倉作りだよね。で、鎌倉を作って、まあこの3つだね。うん。この3つが、まあ雪が降ったら子供たちがやりたいこと。まあやるべきことだよね。うん。で、東京って、まあ雪めったに降らないっていう話したじゃん。まあだから、まあ、東京の人って、まあめったに雪見ることないんじゃないって思うでしょ。うん。今そこのあなたそう思いましたよね。まあ、ただね、そういうわけでもないんだよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、東京からね、まあ、比較的近い場所で雪が見れる場所があるんですよ。まあ、東京からね、まあ、一番近いスキー場が長野県っていう場所にあるんだけど、まあ、新幹線でね、東京から1時間半くらいで確か着くんだよね、長野県って。
で、長野県とか、あとは新潟県にね、スキー場がいっぱいあって、で、東京の人は、そこでスキーとかスノーボードとかをするんだよね。だからまあ東京で雪が降らなくても、まあそういう地方にみんな遊びに行って、まあスキーとかスノーボードとかを楽しむんだよ。うん。で、ちなみに、僕はね、えー、スキーはやったことがないんだよね。うん。みんなスキーやったことある？ある？まあ、スキー場に行ったら、普通最初にやるのってスキーじゃん。だけどね、僕は今までスキーやったことなくて、スノーボードしかやったことない。うん。僕が一番最初にスノーボードやったのは、高校生の時かな。うん。友達と一緒にスノーボードをしに行こうっていう話になったんだけどさ、僕以外の人がみんなスノーボード経験者だったんだよね。あ、いや、僕以外にもう一人やったことない人いたかもしれないな。うん。だからさ、スノーボードをしにみんなで遊びに行く前に、親とね、スノーボード練習に行ったんだよ。うん。なんかね、埼玉県に、人工の雪を使った、スノーボードとか、スキーとかを練習できる施設があって、そこでね、ある程度スノーボードを練習して、ある程度ね、滑れるようになった状態で、友達と一緒にスキー場に行ったんだよ。うん。でもさ、やっぱり、そういう施設の雪って、やっぱり人工の雪だから、本物の雪と全然違うんだよ。でさ、やっぱりスキー場の、雪とか、スキー場の傾斜って、やっぱり自然によってできたものだから、すごい不規則なんだよね。うん。だからね、まあ最初、初めてスキー場でスノーボードをした時は本当に緊張したんだけど、でもね、まあ2、3時間遊んだら結構慣れて、まあ友達とね、友達のスピードについていけるようになったね。まあ、ただね、僕はやっぱり慎重な性格なんですよ、僕って。で、スキー場に行くとさ、ジャンプ台とかがたくさんあるんだよね。で、友達はスノーボードでそのジャンプ台に挑戦したりするんだけど、まあ、僕はね、あまりそれをやりたくないんだよね。だからもしさ、そのジャンプ台に行って、ジャンプに失敗してさ、転倒して怪我しちゃったら元も子もないなと思って、で、僕はね、まあ、ジャンプ台に行くとかそういうことはできてないんだけど、スキー場で、まあ普通に、まあ傾斜を滑る分には僕はね、スノーボードは問題なくできますね。うん。で、まあ僕ね、その友達とスノーボードをしに行った時が、僕にとって初めてのスキー場っていうわけではなかったんだよね。まあそれ以前に僕はスキー場にね、まあ家族と行ったことあるんだよ。まあ僕が、まあ本当に小さい頃だね。まあ4歳とか5歳の頃に、お母さんとお父さんとスキー場に遊びに行ったことはある。まあもうちょっと僕が大きくなった時、まあ8歳とか10歳とかそこら辺の時も、まあおじいちゃんとかとスキー場に行ったことはあったんだけど、まあもちろんその頃って、スキーもできないし、で、スノーボードもできないから、まあそんな時はね、僕はね、ずっとソリで遊んでたね。うん。でさ、大きいスキー場ってさ、まあ、いろんなコースがあるじゃん。まあ、傾斜の角度がすごい大きい、まあ、上級者向けのコースからさ、本当にちびっこばっかりがいるような傾斜が少ない小さな山がある場所とか、まあ、いろんな場所がスキー場にはあると思うんだけど、僕はね、そういう子供用の、優しいコースに行って、ソリでね、遊んでたんだよね。まあその時から、まあスキーとかスノーボードとかやってみたいなと思ってたんだけど、まあ、やる機会がなかったんだよね。まあただ今はね、スノーボード、できるようになったから、実はね、まあ毎年僕スノーボード友達と行ってると思う。うん。で、毎回ね、行くスキー場は違うんだけど、まあ、基本的に東京に住んでるから、うん。まあ長野県とか、
新潟県とか、そういった場所に行って、スキーをするスノボをすることが多いね。今僕スノボって言ったんだけど、日本人はね、言葉を略すのが大好きってことはみんな知ってるかな？例えばさ、インスタグラムだったら、インスタって略したりとかするんだけど、スノーボードって言わないんだよね、あんまり日本人って。スノボっていうね。うん。だから僕は、スノボに毎年冬になると言っております。はい。だから、スノボをスキー場でやるときはだいたい新潟県とか長野県に行くんだけど、行き方も違うんだよね、毎回。前回友達とスノボをしに行ったときはね、車で東京から行ったね。うん。で、車だと確か3時間ぐらいかかった気がするな。うん。友達と車で、長野県に行って、確かね、2泊ぐらいしたと思うんだよな。うん。で、その時の旅行はね、スノーボードが主目的ではなかったんだよね。他のいろんな場所も観光しながら、スノボもしたんだけどさ、その時は車で行ったな。でも、新幹線で長野県に行って、スノボをしたこともあるし、あとね、僕が結構覚えてるのは、夜行バスでスノボをしに行った時だね。確かね、それが僕にとって日本で初めて乗った夜行バスだったと思う。うん。夜行バスってさ、僕あまり好きじゃないんだよね。僕って結構不眠症気味なんだけど、やっぱり寝るときって、ベッドの上に寝て、ベッドの上に寝たいわけよ。で、夜行バスってさ、リクライニングが少しできてもさ、完全に横の状態になることってできないじゃん。だからさ、全然寝れなかったんだよな。どんくらい寝たかな？あまり覚えてない。で、夜行バスだから、結構夜遅い時間に出発して、で、起きた頃にはもう朝になってるんだけどさ、うん。全然眠れなかったね。うん。でさ、眠れないと、日中のスノボをする時間もさ、あまり楽しめないんだよ。やっぱり睡眠を十分にとってないと、エネルギーが余ってないわけ、体に。うん。でその時に僕はもう、夜行バスに乗るのはやめようって思ったんだよね。うん。夜行バスって、値段はね、安いんだよ。値段は安くて、すごいコスパはいいんだけど、やっぱり眠れないのはきついな。だからね、僕は夜行バスはあまり使いたくないんだよね。もう少しお金を払ってでも、新幹線とかで行きたいなって思っちゃうんだよな。で、夜行バスに限ったことじゃないんだよね。僕が眠れないっていうのは。僕はね、飛行機でも眠るの苦手なんだよ。うん。例えばね、僕が、よくやるのは、海外旅行に行くときに、日本の夜の12時に出発して、で、現地の朝に到着するみたいな飛行機に乗ることって結構あるんだけど、僕はね、やっぱり飛行機の上だと十分な睡眠取れないんだよね。うん。なんかね、その現地に着いた後もすっきりしないんだよ、気分が。うん。やっぱり寝るときはベッドの上で横になりたい。うん。だから僕は、基本的に寝るときはベッドで寝たいので、少しお金を出してでもね、移動中に寝るっていう手段は選ばないようにしてるね。うん。でもやっぱり夜行バスとかね、バス移動、高速バスっていうのは、新幹線とか飛行機とかと比べると結構安いから、人気の移動手段ではあるんだよね。で、世の中にはさ、
調べないとその存在すら知られてないような、そういう安いチケットって、何個かあるんだよね。で、僕はね、前回そういった安いチケットでね、旅行してきたんですよ。うん。実はね、日本の JR っていう鉄道会社に、青春18切符っていう切符があるんですよ。みんな知ってる？で、まず JR っていうのは、日本で一番有名な鉄道会社。もともとはね、国によって経営されてた鉄道会社なんだけど、その JR で、青春18切符っていう切符がね、1年に何回か発売されるんだけど、それがね、結構安くて、いい切符なんだよね。で、3日間、乗り放題。3日間 JR の在来線乗り放題で、1万円。か、5日間 JR の、在来線乗り放題で1万2000円か。選べるんだけど、前はね、3日間のチケットを買って、3日間で1万円のチケットを買って、旅行してきました。うん。僕にとって初めて青春18切符を使う旅行だったんだよね。で、結構ね、青春18切符って、有名なんだよ。安いから。で、お金がない大学生とかにね、人気のチケットなんだけど、僕はね、前回初めて青春18切符で旅行してきました。で、結構楽しい。うん。青春18切符で行く旅行結構楽しい。で、なんでかっていうとさ、もちろん新幹線とかはその切符で乗れないわけ。青春18切符はあくまでも在来線専用の切符なんだよね。でさ、やっぱり旅行するときってさ、現地にできるだけ早く着けるか、現地にできるだけ到着するっていうのが大切じゃん。だからさ、お金があったら新幹線とか飛行機とか使って、移動時間をできるだけ極力短くするのがいいと思うんだけど、在来線ってね、いいよ。いや、在来線ってさ、遅いんだよ。もちろん新幹線とか飛行機と比べて、スピードは遅いんだけど、景色が見れるんだよね。うん。あの、在来線ってスピードが遅いんだけど、自分が今まで行ったことない駅で停車したりとかするじゃん。だから、新しい発見があるんだよ。日本のこの県のこの駅ってこういう見た目してるんだとか、あとは、この県のこの駅はこんくらい人が乗り降りするんだっていうのがわかるわけ。でさ、こういうことって、新幹線とか飛行機に乗ってたら気づけないでしょ。だからね、僕はね、一瞬でその切符の虜になりましたね。うん、だから時間がある人はね、その切符使ってみたらいいんじゃないかなって思うね。でもやっぱり海外から日本に来る場合はね、時間が限られてる場合もあるだろうから、やっぱり飛行機とか新幹線とかそういったものを使った方がいいかなとは思うんだけど、うん、やっぱり在来線で移動するのって楽しいんだよね。実は、僕、その青春18切符っていうさっきまで話してた切符を使わなくても、在来線で移動することって結構多いんだよ。普通ならその距離を新幹線で移動するだろってことに、在来線を利用することが多い。でも楽しいんだよね。うん。やっぱり東京に住んでるとさ、うん。地方に行って景色を見ることってあまりないから、こここうなってるんだとかっていう思うの楽しいし、やっぱりね、大切なことが何かっていうのを改めて気づかせてくれるよね。やっぱりさ、東京とかこういう都会に住んでると、やっぱり何もかもスピード速くしなきゃいけないって思っちゃうわけよ。うん。目的地に着くまでも、いかに時短にするかっていうことを考えなきゃいけないし、
今もね、そのリニアモーターカーっていうのは日本で今作られてて、東京から名古屋まで今1時間半かかってるのを、確かね、30分とかで行けるようになると思うんだけど、そんな感じで、世間的にはさ、できるだけ早い移動手段っていうのが重要視されてきてる時代ではあると思うんだけど、そういう時間を考えないで、ゆったりと移動する旅行ってもやっぱりいいなって思ったよ。うん。で、海外に行くとさ、やっぱり時間が限られてると思うし、今はね、日本全国を、在来線とかで行ってみたいなと思ってるんだよね。で、早くしないとさ、これから冬になるじゃん。で、冬になるとさ、結構寒くなるじゃん。うん。あれがね、そう、だから寒くなるとさ、やっぱり、さっきの雨の話でもそうだけどさ、体が硬直してさ、あのどっかに旅行しに行こうっていう気分じゃなくなるじゃん。うん。だからね、寒くなる前にまたね、国内どっか旅行したいなって思ってるんだよ。そう、だから皆さん、日本でね、時間がある人は、そういうね、在来線とかに乗って移動してみるのもいいと思う。うん。やっぱりね、新幹線って、その速度が速い分、景色もすぐ終わっちゃうんだよ。うん。例えばね、東海道新幹線に乗って、東京から京都に行きますっていう時もさ、富士山が見えるんだよね。途中で、静岡県を通るから、北側の席に座ってると富士山が見えるんだけど、それもね、本当に一瞬だよ。で、うわ、富士山だと思って携帯を片手にさ、写真を撮ったりするんだけど、それも本当に一瞬で終わっちゃう。で、富士山ってさ、日本で一番大きい山だから、比較的長い時間、新幹線から富士山を眺めることができるんだけど、それでもね、短いんだよ、時間が。ってことは、例えばね、新幹線に乗ってて、景色を眺めてるときに、あの建物なんだろうとか思ったときに、その思った3秒後にはもう視界からその建物ってなくなってるからね。そう、それくらい、新幹線って、速度が速いから、景色を楽しむ暇もないっていう感じなんだよね。景色とかをゆったり眺めたいなっていう人は、遅い。そういう人にはね、在来線に乗ることをお勧めしてますね、僕は。うん。あとは安いしね、新幹線って意外と料金高いからね。うん。まあ、今はそういう風に、電車の話とか、バスの話とかしたんだけど、移動手段って色々ありますよね、本当に。今この時代だとさ、移動手段って本当にたくさんあってさ、それこそさ、5年くらい前から電動キックボードも増えたよね。だけど僕ね、電動キックボードに乗るくらいだったら別のものを選ぶんだよ。うん。僕は、電動キックボードじゃなくて、レンタルするときはね、別の乗り物を借ります。それがレンタサイクルだよ。あの、日本にも電動キックボードを、レンタル電動キックボードを運営してる会社っていくつかあるんだけど、あの、レンタサイクルを提供してくれてるサービスも結構あるんだよね。だから日本の例えばね、東京の街を歩いてると、そこら中にポートがあって、自転車を借りれるところがあるんだけど、僕はね、レンタサイクルはたまにすることがありますね。うん。どっちかっていうと、旅行先でレンタサイクルをするっていうよりは、僕はこの自分が今住んでるエリアの近くで、自転車を借りることが多い。うん。でさ、歩くには少し遠いけど、自転車だったら行ってもいいなっていう場所って結構多いじゃん。うん。僕の場合は、自分の家から図書館ってそんなに近くないんだよね。だから、図書館に行くときはね、自転車を借りたりするんだけど、今のさ、レンタサイクルって本当に便利だよね。アプリを開いてさ、
そう、自転車についてる QR コードを読み込めば、自転車に乗ることができるじゃん。で、最近のレンタサイクルってほとんどの自転車がさ、電動アシストがついてるから、坂道とかも余裕で登ることができるんだよ。うん。だからね、僕にとって、レンタサイクルってすごい便利なサービスなんだけど、やっぱりね、電動キックボードと比べて自転車が何がいいかっていうと、座れることなんだよね。で、電動キックボードって乗ってる間ずっと立ってなきゃいけないじゃん。でさ、立ってるとなんかさ、腰が痛くなったりするじゃん。うん。あれが僕は嫌いなんですよ。だから多分ね、僕日本で電動キックボード乗ったことないんじゃないかな。逆に海外だとレンタサイクルと比べて電動、海外って国にもよると思うんだけど、僕が昔住んでたヨーロッパとかだと、レンタサイクルを見ることはほとんどなくて、電動キックボードばっかりだったから、電動キックボードをね、仕方なく借りてたんだけど、日本だとね、電動キックボードよりね、自転車の貸し出しサービスの方が多い気がするから、僕はね、自転車を借りることが多いんですよ。うん。だからね、あと、自転車の方がなんか安全な気がするんだよね。うん。これは、僕の勝手な個人の感想なんだけどさ、なんか、僕は昔から自転車を漕いでたから、で、電動キックボードって僕にとっては結構新しい乗り物なんだよね。僕が初めて電動キックボードに乗ったのが確か、え20代になった時かな。うん。で、僕が初めて自転車に乗ったのって5歳の時だから、経験値が違うわけだよ。もう人生の中で、電動キックボードを知ってる時間よりも、自転車のことを知ってる時間の方が、もう断然長いわけ。うん。で、僕はもう5歳の頃から自転車乗れるから、自転車の方がね、乗ってて安心するんだよね。電動キックボードに乗ってる時って少し緊張するんだよ、僕。ちょっとバランス崩したりしないかなとか、なんかね、緊張しちゃうから、だからね、僕は電動キックボードよりも自転車の方が好き。うん。で、僕ね、5歳の時に、どうやって自転車に乗れるようになったかと言いますとですね、なんかね、そういう施設があったんだよね、家の近くに。家にはそんなに近くなかったんだけど、僕のお父さんが、そこにね、連れて行ってくれたんだよ。で、そこはなんかね、えー自転車を練習するコースがある施設だったんだよね。で、本物の道路みたいに、ちゃんとね、信号とかもあって、なんか子供たちが自転車を練習するような、そういう施設だったんだよ。で、僕はそこでね、えー自転車を初めて乗ったんだけど、最初はもちろん補助輪をつけた状態で走ってたんだよね。ただ5歳にもなると、そろそろ補助輪を外すこともできるだろうなって、僕の親が考えて、えーある日ね、実際に補助輪を外して、走ってみたんだよ。で、最初はさ、やっぱり、バランスを崩しちゃうんだよね、補助輪なしだと。だけど何回か乗ってるうちに、だんだん乗れるようになってったっていう感じだよね。で、そのね、自転車を、えー僕が初めて補助輪なしで運転してる様子っていう動画を確か僕のお母さんが撮影してた気がするんだけど、最近見てないな。あの動画のデータまだ残ってるのかな。うん、なんか、ビデオカメラで撮影してたのか、携帯で撮影してたのか、それすらも忘れちゃったけど、その記憶はね、僕の中で結構鮮明にあるんだよね。みんなさ、初めて自転車補助輪なしで乗れるようになったのって何歳の時？その時ってさ、どうやって練習した？うん。
僕はね、その施設ではね、自転車の貸し出しがあったから、自分の自転車はまだその時は持ってなかったんだよ。で、その施設で補助輪なしで自転車を乗れるようになってから、自分の自転車を親に買ってもらった。うん、僕は今でも覚えてる。確かね、5歳の時だったね。うん。で、その5年後だか6年後にね、また新しい自転車買ったんだよね。うん。まあ、小学生とかになるとさ、成長するの早いじゃん。だからやっぱり、5歳の時に買ってもらった自転車が、結構ちっちゃかったんだよ。うん。だいぶ小さいサイズだったから、僕は。確かね、だから10歳とか11歳の時に、また別の自転車を買ってもらいましたね。はい。うん。まあ、自転車は、すごい便利なんだけども、まあ、僕はね、まあ、自転車ですごい怖い思いもしたことあるんだよ。まあ、それがね、まあ、僕が怖い思いをしたのは、日本じゃなくて、海外なんですよ。はい。僕さっき、まあ、ヨーロッパでさ、昔ヨーロッパに住んでたっていう話をしたじゃん。で、ヨーロッパって、冬になると日本より全然寒いんだよね。うん。雪も降るしさ、気温も日本より全然低い感じ。で、まあ、僕はね、そのヨーロッパに1年しか住んでなかったんだよ。うん。だから、1年しか住まないから、まあ、新しい自転車を買うのって、なんかもったいないなって思ってたわけ。だから、まあ、中古でね、安く自転車を買って、学校とかに通ってたんだけど、まあ、ある冬の日ですね、その自転車のブレーキが効かなくなったんだよね。で、その、寒すぎて、なんかブレーキの仕組みが、まあ、自転車のね、まあ、ありとあらゆる部分が凍ってしまって、そのペダルを動かすことができて、自転車を漕いで前に進むことはできるんだけど、ブレーキが効かなくなったんだよ。うん。ただね、僕その時、まあ、自転車を漕いで学校に通わなきゃいけなかったんだよ。で、結構時間もギリギリで、まあ自転車に乗るのをやめてバスで行こうとか、まあそういうことができなかったんだよね。もう自転車に乗らないと学校に間に合わないっていう、まあそういうタイミングだったんだよ。で、その時に僕は、ブレーキが使えないのにもかかわらず、ブレーキが機能しないにもかかわらず、自転車に乗って学校に行ったんだよね。で、その通学路の途中で、結構ね、急な坂があるわけ。うん、下り坂がある。だけど、その下り坂が終わると、えー、まあ、普通の平地になるからさ、まあ、ブレーキが効かなかったら、まあ、足でね、自転車を止めようとすればいいんだけど、その下り坂で、まあ、もちろん、ブレーキが効かないんですよ。ただ、その下り坂を過ぎた後に、まあ、足で、その自転車を止めればいいやって僕は思ってたの。まあ、だけどさ、まあ、下り坂ってどんどんスピードが上がってくじゃん。加速するじゃん。その時に、目の前におばあさんがいたんだよね。うん。でさ、普通ブレーキが機能してたら、まあ、ブレーキを使っておばあさんにぶつからないようにすることができるんだけど、その時はブレーキが効かなかったから、おばあさんに衝突しそうになったわけ。で、うわこのままだとおばあさん怪我させちゃうなと思って、僕はね、ブレーキが効かないから、しょうがなく、体を動かしてわざと転んだんだよ。で、まあ、自転車を投げ出して、えーその地面に僕がね、転がっちゃったわけ。うん。で、まあ、軽い怪我したんだけど、それを見て前から来た、えーおばあさんが、大丈夫ですかっていうふうに
声をかけてくれて、冬はね、ブレーキが効かなくなるから気をつけてねっていう風に話してくれたんだけど、時はね、すごい危険でしたね。やっぱり、ブレーキが効かない状態で走る、自転車に乗るってことはもう絶対にやらない方がいいです。皆さん絶対に真似しないでくださいね。で、僕はね、その時からもうブレーキは絶対に効かない状態では走らない。自転車には乗らないっていうことを決めました。はい。そんな怖い体験も僕は自転車でしましたね。うん。で、僕、さっき散歩が大好きっていう話をしたんだけど、サイクリングも大好きなんですよ。うん。サイクリングって楽しいよね。で、僕が一番好きなサイクリングコースが、その川沿いだね。うん。日本の川って、だいたい川沿いに、いい道があるんですよ。いいサイクリングコースがあるんですよ。うん。川沿いで、友達と一緒にサイクリングしたりするのが僕が大好きだな。みんなが好きなサイクリングコースはあるかな。うん。東京だとね、その道幅が狭いんだよね。うん。だから、いいサイクリングコースっていうのは少ないんだけど、たまに川沿いでね、すごい広い道があるから、そういうところを僕はサイクリングするのが好きです。うん。やっぱり東京って道幅が狭いから、今これ危険だなとか思うこと結構あるわけ。うん。で、最近なんかはさ、ウーバーの配達員が自転車に乗ってること多いじゃん。うん。で、ウーバーの配達員の方がさ、結構無茶な運転をすることって結構あって、あれがね、結構僕にとっては、うーん、不安になることがあるよね。例えば、僕が車を運転してるときに、前に急にそういった自転車が現れることがあって、今危ないなって思うこと結構あるわけ。うん。で、特に、コロナが流行った時期、コロナウイルスが流行った時期に、自転車の数が東京で増えたなっていう印象。ちょうどその頃に、ウーバーイーツが日本でも流行ったんだよね。で、ウーバーイーツで配達をすることによって、お金を稼ぐ人っていうのが増えてきて、で、その時に、自転車が一気に増えたっていうイメージだね、僕の中だと。うん。で、ウーバーイーツを使った、配達に、自転車とか、バイクとか使われていて、危険だなっていうことは危険だなって思うことはあるから、やっぱりね、一番いいのは、徒歩ですよ、徒歩。結局徒歩が一番いいんじゃないかなって僕は思うね。楽しいしね。運動になるしね。うん。僕、筋トレで下半身のトレーニングあんまり好きじゃないんだよな。うん。でもさ、ウォーキングって、あの、常に見えてる景色が変わって楽しいから、楽しいし、しかも足の筋肉のトレーニングもなるから、本当にいいことばっかりだなって思うんだよね。で、散歩ができるのも、さっき話した通り、天気が晴れてる日だけであってさ。で、晴れてる日って、日光に当たるじゃん。うん。で、僕今年から始めたことがありまして、それが日焼け止めをちゃんと塗るっていうことなんだよ。これはね、前、夏に入るちょっと前のポッドキャストで話した。うん。その時に、今年はちゃんと日焼け止め塗ってますっていうことを話したんだけど、日焼け止めを塗り始めて、変わったなって思うことがあるわけ。うん。で、それがね、肌なんだよね。うん。
いや、こいつ何に当たり前のこと話してるんだって思われるかもしれないんだけど、肌がね、変わったんだよ。明らかに。うん、特に顔の肌。うん、で、実は、僕にとって、僕がね、主観で変わったなって思うことはあまりないわけ。ただ、友達に言われるんだよ。なんか、肌綺麗になったねって言われるようになったんだよ。うん。最近、別の複数の友達から、肌綺麗になったねって言われるようになったんだけど、僕ってさ、毎日鏡で、自分の顔を見るから、その変化に、自分自身だと気づけないわけ。ただ、そうやってさ、友達とかがそうやって言ってくれると、ああ、僕の肌綺麗になったんだって思うわけ。でも、初めてそれをね、友達に言われたとき、なんでだろうって思ったわけ。え、僕って何か普段と違うことしてるっけって思ったわけ。僕がその時に思ったのは、なんかストレスとかがなくなって、えー肌も良くなったのかなとか、そういう風に思ったんで。僕にとってさ、別に、僕にとって感じるストレスって別に去年と今年で特に変わってないんだけど、なんかストレスが減ったのかなとかそういう風に考えてたんだけどさ、ある時思い出したんだよ。うわ、今年から日焼け止め塗ってるなって気づいたんだよね。うん。で、やっぱり、日焼け止め塗ると肌綺麗になるんだね。やっぱり紫外線が一番肌に悪いんだろうね。うん。日本の、女性とかってさ、やっぱり美意識が高い方が多いから、みんなそういう紫外線を気にして日焼け止めを塗るんだよね。で、僕も今年から日焼け止め塗ってみようと思って塗ってるんだけど、やっぱり日焼け止めって効果あるんだね。うん。本当にびっくりしたよ。だって複数の友達からさ、肌綺麗になったねって言われたら、さすがにびっくりしない？うん。で、僕は決めました。もう、これからずっと日焼け止め塗ります。うん。で、若いうちは、なんか肌が汚くなるとかってあまり気にしないと思うんだよね。うん。シワが増えてくることとかって、若いうちってそんなに気にしないと思うんだけど、やっぱり年を取るとさ、肌ってどんどん劣化してくじゃん。うん。だからそれを、できるだけ、抑制するためにも、年を取った時に、できるだけね、肌をきれいに保つためにも、日焼け止めはね、これからもずっと塗ってこうと思ったね。うん。でも夏とかさ、特に半袖半ズボンを着る季節って、日焼け止めを塗る量が結構多いよね。だから、結構定期的にさ、日焼け止めを買わなきゃいけないから、お金もかかるんだよ。うん。だから結構お金かかるなとか思ってたんだけど、これからね、秋とか冬になるからさ、日焼け止めを使う量も減ってくだろうからいいと思うんだけど、これから死ぬまでずっと日焼け止めを塗るってなったらさ、これから何本日焼け止めを買わなきゃいけないんだろうな。うん。でもやっぱり紫外線を浴びてていいことってないから、これからも日焼け止めは塗ってこうと思うね。やっぱり皮膚がんとかが怖いじゃん。うん。特に、ニュージーランドとか、ああいう地域とかってさ、オゾン層が薄いから皮膚がんになりやすいらしいね。うん。で、日本でもやっぱり皮膚がんになるリスクってすごい高いと思うから、日焼け止めはね、ちゃんと塗ろうと思ったね。ただ、日焼け止め塗るのめんどくさい時もあるからね。だから、そういう時は、帽子かぶってるんだけど、帽子は帽子でまたね、なんか頭がムシムシするから、それもそれでね、良くはないよね。うん。だから、今の時点で、まだ、うん、日焼け止めを塗ってないよっていう人がいたら、
日焼け止めを塗ることをお勧めしますよ。でもね、日焼けしたいっていう人もいるじゃん。うん。日焼け止めを塗らない方がいいっていう人もいるじゃん。だから難しいんだけどね、どれを選ぶかって。ねえ。もちろん僕の友達にもいますよ。日焼け止めは塗らないで、日焼けをしたいっていう人がいるんですよ。うん。できるだけ日焼けをしたいっていう人がいます。日焼けをしてる肌の方がかっこいいっていう人もいるんだよね。うん。僕もね、それかっこいいなって思うんだけど、僕の場合、日焼け止めを塗らないと何が起こるかっていうと、僕はこうやっていつもね、半袖の服を着ることが多いわけ。で、日焼け止め塗らないとさ、この半袖の袖の部分にくっきりと跡がついちゃうんだよ。うん。日焼け止め、えっとね、袖が肌に被ってて、日焼けしてない部分と、日焼けした部分が、すごい、その境目がね、くっきりできちゃって、ちょっとね、見た目がね、ダサいんだよね。うん。だから僕はそういう見た目のダサさを回避するために、日焼け止めを塗ってます。うん。皆さんは日焼け止め塗る派ですか？それとも塗らない派ですか？うん。僕はどっちでもいいと思います。僕の友達にも日焼け止め塗る人と塗らない人がいるんで。はい。うん。でも僕の場合は日焼け止めをこれから塗っていこうかなと思います。はい。はい。皆さん、いかがでしたか？最初何の話してたっけ？最初何の話したかすら覚えてない。そうだ、最初さ、天気の話してたよね。うん。今日僕は雨が降ってたから、うん。その関連で雨の話をしました。で、今雨降ってるのかな？うん。なんか今ね、僕カーテンしちゃってるから、雨が降ってないから、外の様子はわからないんだけど、さっきほど、うん、雨は降ってないと思う。でさっきさ、そうだ、ちょっと、他にも話したいこと思いついちゃったわ。そう、さっき、このポッドキャストを撮ろうと思った時に、やっぱりポッドキャスト撮るのやめようって思ったことがあったんだよ。で、それが、雷が鳴ってたんだよね。うん。で、雷の音が鳴っててさ、その、ゴロゴロっていう雷の音も鳴ってたし、しかもさ、その稲妻が何回も見えたんだよ。で、雷が鳴って光ってたからさ、ここの部屋の中もピカってしてて、でさ、なんかこうやってさ、カメラ回してんのにさ、光ったらなんかおかしいじゃん。うん。だから、で、ピカッとか光ったりしたらさ、僕もポッドキャストを収録してるのに、集中できないなと思って、で、だからね、雷が鳴ってるうちは僕はポッドキャスト撮らなかったんだよね。うん。で、雷に関する、子供の頃のお話をするとさ、これはさ、国によって違うと思うんだけど、なんかね、雷が鳴るとね、あの、おへそを取られるよっていう脅され方を僕は子供の頃してたんだよね。で、これ、ま日本のすべての地域でこういうことがね、言われてるとは思わないんだけど、言い伝えなのかな何なのかなわかんないんだけど、言い伝えか何かはわからないんだけど、雷が来るとその雷様に、おへそを取られるっていう、言い伝えがあるんだよね。で、僕の場合は、親から、えーおへそを取られるから、早く寝なさいみたいな、そういうことを言われてたんだよね。で、僕はさ、それを信じてるわけ。僕はね、その、4歳とか5歳とか、そういう若い、本当に小さい子供だったから、親に雷が鳴るとおへそが取られるよとか言われると、それを信じちゃうわけ。で、もちろんさ、おへそ取られたくないじゃん。でしょ？僕はもちろんおへそなんて取られたくないわけですよ。だから僕は、いつもね、
雷が鳴った時は、まあ、服とズボンでね、おへそを隠して寝てました。はい。で、まあ、この言い伝えとか、だから、雷が鳴るとおへそが取られるっていうのって、日本のどの地域の言い伝えなんだろうな。うん。なんか、でもこういう、雷が鳴ると、おへそが取られるっていうことを聞いたこと、僕、別の親とか、別の祖父母とかから、そういうこと聞いたことがないんだよね。うん。まあ、だから日本、まあ、僕の家庭だけで言われてたことなのか、まあ、それとも別の家でもね、言われてることなのかわからないんだけど、でもそういう、まあ、迷信って日本に、まあ、たくさんあるんですよ。で、僕もね、いろいろ迷信をたくさん知ってるわけではないんだけど、まあ、有名な迷信はね、夜に口笛を吹くと、蛇が来るっていう迷信があるよね。うん。まあ、本当なのかわからないんだけど、これは多分ね、日本全国で言われてるような、まあ、言い伝えだと思うんだよね。だから、まあ、夜、僕はね、まあ、おばあちゃん家とかで、口笛を吹くと、おばあちゃんにね、言われてました。まあ、夜に口笛を吹くと蛇が来るから、口笛を吹かないでって言われてた。うん。まあだから僕は注意されたから口笛吹いてなかったんだよね。でも今はね、そういう迷信を、僕は信じてないからさ、口笛は夜でも吹いてるね。うん、僕はやっぱり自分の体から音を発するのが好きなんだよ。うん。だから、僕はね、まあ前も話したけど、シャワーを浴びてるときはいつも鼻歌を歌ってます。うん。で、まあ、夜でもね、口笛を吹いたりすることが好きで、僕10歳ぐらいの時に急に口笛吹けるようになったんだよね。うん。で、それが嬉しくて、まあ、そっからね、僕は、まあ、ずっと口笛を吹いてるんだけど、まあ、多分、夜に口笛を吹いたら蛇が来るっていう言い伝えは多分さ、近所迷惑とか、そういうこと、そういう近所迷惑になることを防止するために、そういう迷信が生まれたと思うんだけど、どう思うみんな。まあ、確かにさ、まあ、夜に口笛を吹くと、まあ、うるさいよね。近所迷惑にはなるよね。うん。僕もたまに気にするんだよね。あの、まあ、僕の中でね、まあ、ストレスを感じてる時期っていうのは、やっぱりストレス発散になることって、一番は鼻歌を歌うことなんだよ。まあ、僕にとってね。で、まあ、シャワーで思いっきり大きい声で歌ってると、まあ、急にね、我に返る時があるんだよ。急に、あれこんなうるさい声で、鼻歌歌ってていいんだっけって思う時があって、で、その時は、自分の声の音量をね、少し小さくしてる。うん。やっぱりさ、東京とかだと、その、なんていうの人口密度が高いから、人が住んでる場所も近いんだよ。まあ、田舎とかに行くとさ、まあ、家がポツンポツンとか、まばらにあったりするから、まあ、家でね、うるさい声で歌ったりしても、別に他の家に迷惑になることってないんだけど、まあ東京だとね、まあ、僕の家結構防音性能が高いから、あまり他の人の声とか、まあ、音とかって聞こえることあまりないんだけど、まあ、僕はね、歌を歌うときとか一応、まあ、自分の声量っていうのをね、下げて歌ってますね。うん。うん。まあ、でも僕がね、ヨーロッパの時に留学してた、えっと、ヨーロッパに留学してた時の僕が住んでた、寮はね、防音性能超高かったんだよ。で、日本のマンションの壁とかと比べても全然違くて、すごい壁が硬かったんだよね。で、これだったら、他の部屋に住んでる人にね、あまり
迷惑にならないかなと思って、もう本当に爆音で音楽をかけてたんだよ。僕は自分の部屋でね。もうびっくりするぐらい爆音で音楽をかけてたんだよ。で、まあ、ある時思ったんだよね。でもこんなに爆音で音楽をかけてて、周りに聞こえてたらまずいなと思ったわけ。そしたらさ、なんか、他の人にも迷惑になってるのかなって思ったんだけど、だってさ、本当にコンサート会場かなっていうくらい、僕はね、音量高めで音楽をずっと流してたんだよ。で、ある日聞いたんだよ、僕の部屋の隣に住んでる友達に、ごめん、最近僕、爆音で音楽かけてるんだけど、うるさくないって聞いたんだよね。そしたら、音楽なんて聞いたことないよって言われてそう、だから、実際にね、その部屋は本当に防音性能がすごい高くて、全くね、他の部屋に僕の爆音の音楽は聞こえてなかったんだよ。だから、日本でもね、そういう爆音で音楽がかけれる部屋に僕は住みたい。で、僕もね、この部屋に引っ越す前に、ちょっと探したんだよね。その防音性能がある部屋に、防音性能がある部屋を貸し出してる、賃貸もあるんだけど、そういう部屋ってね、ちょっと相場より高いんだよね。だから、僕は、そういう部屋は借りなかったんだけど、でもやっぱり、鉄筋コンクリート作りの部屋を選んだ方がいいよね。やっぱり音楽を部屋でかけたいとかってなるとさ、木造だとやっぱり、結構ね、隣の部屋の話し声とかすごい聞こえるらしい。うん。だから皆さん、日本に来て部屋で音楽をかけたい人は、鉄筋コンクリートのね、家を選んでください。はい。でも僕は、鉄筋コンクリートなんだけど、この家。でもやっぱり、周りに音聞こえてないかなって心配になっちゃうから、そこまでね、ヨーロッパに住んでた時ほど、音量を上げて音楽はかけれないんだよね。うん。でもやっぱり僕、爆音の環境好きなんだよね。うん。やっぱり爆音で音楽をかけたい。うん。だからいつかは、田舎に住んで、周りに迷惑がかからない環境で爆音を流すか、それか完全防音の部屋に住むかしないといけないな。うん。みんなも好きでしょ？爆音で音楽流すの。でもそれか、ヘッドホンを買えばいいのかな。僕はね、人生で一度もヘッドホンを持ったことがないんだよ。うん。もうずっとね、イヤホンしか持ったことがない。で、理由は、ヘッドホンってさ、なんか、サイズ大きくない？うん。なんかヘッドホンってでかいよね。だからヘッドホンをリュックに入れるとさ、スペース取るじゃん。しかも、手ぶらで僕ってさ、手ぶらで外出したい人なんだけど、ヘッドホンがあったら手ぶらじゃなくなるじゃん。うん。だからそれが嫌なんだよね。だから今までヘッドホンは、買ったことがないし、なんなら、ヘッドホンを体験したことがあまりない。うん。最後に僕がヘッドホンを体験したのっていつだろうな。友達に一瞬、もう本当に一瞬、友達に、10秒間とか音楽を聴かせてもらったことがあるし、家電量販店に行って、その音質を、ヘッドホンを実際につけて確かめたりしたことはあるんだけど、それが最後何年前だったかな。もしかしてさ、今っていろいろ技術が発達したじゃん。だから、本当に想像もつかないくらい音質が良くなってるのかな、ヘッドホンってうん。で、ワイヤレスイヤホンがね、すごい便利すぎるんだよね。うん、やっぱりちっちゃいじゃん。だから、外出した時もさ、ポケットに入れられるじゃん。ワイヤレスイヤホンって。うん。あれが便利で手放せない。
逆にヘッドホンはすごいでかいんだと思う。まあ、気になるんだけど、まあ、みんなさ、ヘッドホンって持ってる？例えばさ、まあ、この世界にはイヤホンとヘッドホンの2つがあるでしょ？それでなんでヘッドホンを選ぶの？僕がさっき言ったみたいに、その爆音で音楽が流せる環境が作れるからってこと？やっぱりイヤホンで感じる音と、イヤホンで聞く音と、ヘッドホンで聞く音って全然違うの。うん。それがね、僕はすごい気になる。うん。なんか久しぶりにヘッドホンの話したから、ヘッドホンで音楽聴きたくなってきたな。うん。ヘッドホンね、あのーまあでも、まあ僕の友達にも今ヘッドホン使ってる人ってあまりいないかな。うん。まあ、たまにさ、電車とかに乗ってるとヘッドホンつけてる人はいるんだけど、まあ圧倒的にイヤホンをつけてる人の方が多いよね。まあやっぱり、うん。まあ、かさばるんだろうね。ヘッドホンって。まあしかもなんか、頭にずっとつけてるとさ、重そうじゃない？なんか肩とか首とかさ、い凝りそうじゃない？なんか僕はね、そういう風に思って、うん、まあヘッドホンは買えないんだよな。あとヘッドホンってなんか僕の中で価格が高いイメージがあるんだよね。イヤホンに比べて。まあ結構サイズ大きいからね。うん。まあああいうヘッドホン、まあイヤホンと比べて、まあ、ヘッドホンの方が好きですっていう人がいたら、まあぜひ、まあ、コメント欄にそのヘッドホンの魅力を書いてくださいよ。うん。でヘッドホンの魅力を書いてくれて、そのヘッドホンについてのコメントを見て、うわ、いいなって思ったら、まあ、僕もね、ヘッドホンの購入を検討しますよ、本当に。うん、本当に検討するよ。うん、もう僕結構コメント見てるからね、YouTube の自分のチャンネルの動画についたコメントっていうのは僕見てますよ、結構。まあ前も言ったみたいに、あの褒めてくれるメッセージ、褒めてくれるコメントが結構多いんだよね。うん。でもそれ以外にも、この動画こういう風に直したらもっと良くなると思います。みたいなこととか、このゲームやってください。みたいなコメントがあって、それがね、結構参考になるんだよね。うん。だからこういうなんかね、コメント欄って、その人が、僕の動画を見た人が、こういう風に思ったとか、そういうことだけを書かれるんじゃなくて、なんか改善案を僕に示してくれる人が多いから、それがね、僕は結構役に立ってるね。うん。まあ、実はね、まあ、この動画にもついてると思うんだけど、この上の字幕あるでしょ？うん、この上に表示されてる字幕あるじゃん。で、この字幕も、ちょっとね、昔と比べてね、下げてるんだよね。この字幕の位置を昔と比べてちょっと下に下げてる。うん。で、理由が、なんかね、YouTube をパソコンで見てて、動画を止めた時に、上の方にね、タイトルが表示されるらしくて、それがね、被っちゃうんだって、字幕と。うん。だからもうちょっと下に下げてくださいっていう意見があったんだけど、それがね、それもね、僕が参考にして、この字幕の位置を変更しました。はい。あ、で、あと、まあ、みんなに言うの忘れてたんだけど、なんかね、なんかたまに動画によっては、この字幕が出てる、字幕が出てる時間がちょっとね、ずれることがあったらしいんだよね。うん。僕が喋ってる音声と字幕が、ほんの少し、ずれる動画があったっぽい。うん。だからそれもね、僕は最近修正しました。はい。
なので、皆さんの意見がね、僕のチャンネルの、動画作りに、すごい反映されておりますのではい、皆さんこれからもね、厳しいご意見を、僕にね、向けてくださればなと、思います。これからもよろしくお願いします。はい。皆さん、いかがだったでしょうか？本日のポッドキャスト。僕はね、今日はずっと雨だったんですよ。今はね、止んでるかもしれないけど、ずっと雨だったから、正直、気分がすごい落ち込んでた。うん。テンションがすごい下がってたんだけど、こうやってみんなと話してると、なんか楽しくなってきてもうね、ほとんどの人はもう寝ちゃったかもしれないけどさ、やっぱりこうやって皆さんとこうやって対話すると、すごい楽しい気分にされるんで、これからもこのポッドキャストを続けていきたいなって思いますよね。うん。うん。で、ライブ配信もね、定期的にやっていきたいと思うから、その時に、皆さんと、実際のね、交流ができればなと思います。ここ何回かね、変則的にライブ配信をやってみてるんですよ。日曜日の昼間にやったりとか、平日の夜にやったりとか、土曜日の夜にやったりとか、できるだけ、いつも同じ時間にならないようにしてるんだよね。やっぱりさ、人によって、日曜日の昼はライブ配信見れませんとか、そういう人っていると思うんだよね。うん。そういうのがあるから、変則的にライブ配信をやってみてます。で、毎回ね、ライブ配信をするために、今日が初めてですとか言ってくれる人がいるから、そうやってね、初めてライブ配信を見れる人っていうのを、これからもたくさん増やしていこうかなと思っております。はい。動画撮り始めた時は、外も明るかったけど、すっかり暗くなりました。やっぱりね、冬に向かっていってるので、日照時間がどんどん短くなっております。はい。で、暗くなってしまったということで、今日のポッドキャストはこれで終わりにします。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？はい。次回のポッドキャストもぜひ聞いてくださいね。それじゃあ、今日はこれで終わります。バイバーイ。はい。皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕のポッドキャストを聞きに来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい。皆さん、お元気でしたか？僕はとても元気です。皆さん、最近はリラックスできてますかね？僕はね、毎日リラックスしてますよ。うん。特に寝る時間にリラックスしています。皆さんが一日でリラックスする時間っていつですか？はい。今日はそんなリラックスについての話をしようと思うね。で、最近僕はね、一人である場所に行ったんですよ。はい。とある場所に行きました。とある場所に僕はリラックスするために行ったんだよね。で、それが何かっていうと、銭湯なんだよ。皆さん、銭湯って何かわかる？銭湯って日本独特の文化だと思うんだよね。うん。その銭湯、どういうものか、銭湯がどういうものかを今日はみんなに紹介していこうと思うわ。じゃあちょっとね、水飲ませて。やっぱりね、銭湯って日本独特の文化だから、みんなに間違った情報を教えちゃいけないと思うんだよね。だからちょっと緊張してきて喉が渇いちゃった。もう一回飲むね。はい。水がとても美味しいですね。はい、じゃあ、銭湯が何なのかっていうのを話す前に、日本人が毎晩していることについて、お話ししようと思います。日本の家にはね、基本的にお風呂がついてる場合が多いんだよね。みんなさ、お風呂って入るかな？みんなの国で。で、お風呂って何かっていうとさ、
シャワーもあるんだけど、浴槽もあるんだよね、家に。で、浴槽にお湯を溜めて、そのお風呂に入るっていうことを日本人はね、毎日してる人が多い。うん。で、ちなみに僕は、お風呂に毎日入ってません。僕はね、結構時間がかかることが嫌いだから、シャワーで済ませちゃう日が多いんだよね。うん。だけどね、日本人は昔からお風呂に入るっていうことをよくやってるんだよね。で、お風呂に入るとね、血行が促進されて、すごいリラックスすることができるんだよ。うん。ただね、今若者の間ではやっぱり、シャワーで済ませちゃう人が多いよね、お風呂に入らないで。理由はいくつかあると思うんだけど、まずね、浴槽にお湯を入れると、水道代がかかるんだよね。で、あとしかもさ、お湯を入れなきゃいけないから、ガス代もかかるじゃん。で、しかも、その浴槽にお湯を入れるのに時間もかかるんだよ。うん。だからさ、やっぱり、効率性を重視しちゃう現代人のみんなはね、あの、シャワーで済ませちゃうっていう日本人も多いかもね。僕もね、そのうちの一人なんだけどね。そう、だからさ、家でね、お風呂に入ることはあまりないんだよね。うん。だけど、やっぱり、お風呂って健康にいいらしいんだよね。あったかいお湯に自分の体、あったかいお湯に浸かることってすごい健康にいいらしいんだよ。だから、僕の、親なんかはね、毎日シャワーで済ませないでお風呂に入りなさいっていう風には言ってくるね。うん。そんな感じでね、日本人は、毎日お風呂に入ってる人が多いです。うん。僕は毎日は入ってないんだけどね。だから、日本にはね、お風呂文化っていうのはすごい深く根付いてるんだよ。うん。で、ここで気になるのは、みんなの家に浴槽ってある？みんなってさ、毎日お風呂に入るの？うん。それともさ、みんなの国ではお風呂に入る文化ないのかな？うん。そこがね、ちょっと気になる。やっぱりさ、お風呂文化って日本独特だと思うんだよね。だけど、日本と同じように、浴槽で、お風呂に入るっていう文化を持ってる国もあると思うから、でさ、僕のチャンネルの動画を見てくれてる人って、結構ね、いろんな国にいるからさ、みんながどういう文化を持ってるのかっていうのが気になるんだよね。だから、みんなシャワーで済ませちゃうのか、それとも、お風呂に毎日入るのかっていうのをコメント欄で教えてね。ぜひコメントしてくださいね。でさ、あとは日本人独特なことって、いくつかあると思うんだけど、あのシャンプーを毎日するかどうかっていうのがね、他の国と違うと思うんだよね。うん。で、シャンプー毎日みんなする？みんなさ、髪をさ、シャワーで流すときに、シャンプー使う？毎日。日本人はね、毎日シャンプーを使うんだよ。うん。で、僕ね、昔、ヨーロッパに留学してたんだけど、その時ね、現地でできた友達に、僕毎日シャンプー使うよって言ったら、みんな驚いてたね。うん。だから、あの、毎日シャンプーを使うのって、独特な文化だと思うんだよね。で、現地の友達が、なんでシャンプーを毎日使わないかっていう理由について話してたんだけど、その理由が、シャンプーを毎日使うと髪に悪いって言ってたんだよね。うん。でもそれも本当かもしれないんだよね。だから日本人が毎日シャンプーするのって本当は良くないのかなって思ったりするんだけど、どうなんだろう。でもさ、日本で売られてるシャンプーって多分、日本人が毎日、毎日使うっていうことを想定して作られてるだろうからさ、ちゃんとそこら辺の成分の配合量とかってちゃんとね、考慮して作られてるんだろうけど、うん、みんなはさ、毎日シャンプー使わない？いや、気になりますね。日本ってやっぱり島国じゃん。で、海に囲まれた国じゃん。だから文化も結構独特なんだよね。うん、だから他の国と違うことっていっぱいあると思うからさ、みんなそういう違いを見つけたらどんどん教えてね。はい。こんな感じですよ。日本のお風呂文化っていうのは。はい。まとめますと、日本人は毎日お風呂に入るし、シャンプーも毎日使います。うん。だから日本人は、
お風呂大好きなんだよね。うん。で、そんなお風呂を、手軽に、体験できる場所っていうのがあって、それが銭湯。たとえ自分の家に、浴槽がなくても、お風呂に気軽に入ることができるのが銭湯。で、銭湯が何かっていうと、まあ、お風呂屋さんだよね。お風呂が、でっかいお風呂がある場所なんだけど大浴場がある場所で、場所によっては、サウナもついてる。うん。場所によってはね、サウナもついてるんだけど、まあ、たくさんの人がね、その銭湯を利用してるね。で、銭湯って結構いろんな場所にあるんだよ、日本の中に。もう普通の住宅街、閑静な住宅街の中にも銭湯ってあるから、もしみんながね、日本に引っ越してきたとしたら、本当にね、どこに住んでも自分の家の近くに銭湯ってあると思うよ。まあ、それくらい銭湯って、身近なものなんだよね。うん。で、僕はね、最近一人で銭湯に行ったんですよ。うん。なんか僕最近なんかちょっと疲れてるなって感じることがあってさ、だから銭湯に行かなきゃなって思ったの。うん。で、家でお風呂溜めるのちょっとね、めんどくさいんだよね。しかも、銭湯にはね、まあ、いろんな種類の、お風呂があるから、それをね、やっぱそういうのって自分の家だけじゃ体験できないんだよね。うん。で、まあ、銭湯の魅力が何かっていうと、まあ僕はね、まあ近所にあまり友達いないんですよ。うん、僕の近所にね、あまり僕の友達っていないんだけど、銭湯って、やっぱり、その地域の交流の場にもなってるんだよね。うん。やっぱり、その街にある銭湯って、まあ、常連の方が多かったりするんだよ。うん。だから、まあ、地域の人たちがそこに集まって、まあ、話したりだとか、まあ、交流の場所にもなってるんだよね。で、僕はね、まあ、友達、近所にいないからさ、僕の場合は友達が近所にいないから、まあ、銭湯に行ってもね、話してくれる友達っていうのはいないんだけど、でもやっぱりね、銭湯って、まあ、人と人が交流する、まあ、重要な施設になってるっていうのは、まあ、間違いないなって思うね。うん。でね、なんかね、雰囲気もいいんだよね。うん、なんかね、うん、安心感があるというか、やっぱり、まあ、地域の人が中心になって、その銭湯に来るからさ、なんかね、僕も心がね、安心するんだよね。うん。で、まあ、そんな銭湯なんだけど、銭湯ではね、まあ、サウナが併設されることが多くて、僕は、まあ、サウナに行くことも結構あるんだよね。うん。だから、まずは、銭湯に着いたら、どういう風にその施設を楽しむのかっていうのを、まあ、みんなに、伝えられたらいいなって思うね。で、銭湯にまず入ると、まあ、自分の靴をね、脱いで、まあ、ロッカーに入れます。で、ロッカーはね、最近は鍵がついていることが多いから、その鍵をね、自分で持っておくんだけど、まあ、その後にチケットを購入するんだよ。で、そのチケットは、まあ、普通に大浴場を利用するだけのチケットもあれば、レンタルタオルを借りるためのチケットとか、あとは場所によってはサウナを利用するためのチケットだったりを買わなきゃいけない、買わなきゃいけないことがあるね。うん。で、そのチケットを買ったら、そのチケットを受付で見せて、脱衣所に入っていくんだよ。で、もちろんね、日本は、ま性別ごとに、脱衣所が違うし、まあ、お風呂も性別ごとに分かれてるから、僕の場合は、男性の脱衣所に入ります。はい、僕は今、男性ですからね。まあ、多分これからもずっと男性だと思うんだけどね。まあ、人生何があるか分かんないからね。もしかしたら、自分は女性かもしれないって気づく可能性はなくはないけど、まあ僕は今男性ですし、これからも多分男性だと思うんだよ。で、僕は男性の脱衣所に入ります。はい。で、そしたら服を脱ぐんだよね。で、みんなね、まあ日本人じゃない人は結構抵抗があるかもしれないんだけどさ、脱衣所で、すっぱだかになります。うん、だから、他の人の、まあ、裸も目に入るし、自分の裸もみんなの目に入ると思うんだけど、まあ、基本的にはね、水着とか、タオルでその裸の状態を隠しちゃいけないっていうところが多いね。やっぱり裸で入らなきゃいけないっていうルールの銭湯が多い。ああ
で、僕の場合はね、裸になって、入らなきゃいけない。みんなそうなんだけどさ。うん。で、いろんなルールがあるんだけど、最近日本人もさ、タトゥーを体に入れてる人が多いと思うんだけど、タトゥーが体に入っている人をが入ってはいけないっていう銭湯は未だにあるね。うん。今はさ、日本人もタトゥー入れてる人たくさんいるし、外国の方も、タトゥーを入れてる人って多いからさ、タトゥー入ってても大丈夫ですよって言ってる銭湯は多くあるんだけど、たまにね、そのタトゥーはお断りしてますっていう銭湯もあるから、みんなちょっと行く前に気をつけてほしい。もし自分の体にタトゥーが入ってるんだったらね。うん。で、まず、じゃあ、からよ、脱衣所で服を脱ぎ終わったら、大浴場に入るんだけど、その前に僕がやってるのは、体重計に乗るっていうことをやってるね。で、体重計になんで乗るかっていうと、一日でさ、すっぱだかになるタイミングってその時ぐらいしかないじゃん。でしょ？だからその時に、服とか、あとは財布とか携帯とかの、重りを含めてない僕の純粋な体重を測りたいなって思ってさ。はい、僕はそういう時に、体重計に乗ることが多いね。うん。で、体重を確認します。で、最近僕はね、ちょっと痩せてきちゃったから、たくさん食べなきゃなって思ってるんだけど、最近僕がね、銭湯に行って体重を測った時は、ちょっとがっかりしたね。やっぱり体重がちょっと減ってきちゃってるんだよね、最近。うん、僕はちょっと、痩せ体質だからさ、もうちょっとたくさんものを食べなきゃなと思って努力してるんだけど、最近ね、体重が減ってきちゃってるんだよ。僕の体重の話は一旦おしまいにして、体重計で、自分の体重を測った後は大浴場に入ります。で、大浴場に入ったら、まずマナーとして自分の体を洗うんだよね。で、自分の体をね、洗っていく。僕の場合は髪の毛を洗った後に、他の体のパーツを洗っていくんだけど、で、場所によってはね、そのシャンプーとか石鹸をその銭湯で提供してないっていう場合があるんだよ。で、そういう時は、自分でね、シャンプーとか石鹸を持っていかなきゃいけないんだよ。持ち込まなきゃいけないんだよ。うん。で、僕は、前行った銭湯は、自分でシャンプーとか石鹸を持ち込んでいかないといけなかったから、自分で用意して持っていきました。はい。で、自分の体を洗ったら、やっと、お風呂に入れるんだよ。で、銭湯にはね、場所によると思うんだけど、いろんな種類のお風呂があるんだよね。そのお湯も違ったりとか、あとは形も違ったりとか、いろいろなんだけど、場所によってはね、アロマの香りがするお湯だったり、温泉の種類が違ったりするんだよ。で、お湯の種類が違うと、その効能も違うんだよね。うん。これは肩こりに効きますとか、このお湯は腰に効きますとか、そういう風に、お湯によって、効能が異なるんだよ。だから自分が入りたいお風呂を選ぶっていうことが重要だよね。で、あとはね、その一人用のお風呂だったりとか、あとは寝ながら入るお風呂だったりとか、そうやってね、その利用する方法も様々だから、その時自分が入りたいなって思うお風呂に入るのがいいと思う。うん。で、そこでお風呂に入ります。で、僕はね、友達と今までは結構そのお風呂、銭湯とかに行くことが多かったからさ、常にね、喋ってることが多かったんだよね、人と。だけど前回は僕は、一人で、その銭湯に行ったからさ、誰とも喋れなかったんだよ。で、その時感じたのは、一人で楽しむお風呂もいいなっていうことだよね。うん。一人で行く銭湯って結構いいね。うん。で、なんでかっていうと、人と話す必要がないから、一人だけの時間を楽しむことができるんだよね。で、僕はね、そのお風呂に入って、縁に、自分の頭をつけて、目を閉じて、もうね、完全に寝そうになってたね。うん。このままだったら自分眠りに入っちゃうな、睡眠に入っちゃうなと思ったんだけど、そこはギリギリ耐えました。はい。で、そこでね、えーお風呂に入って、じっくり体を温めることが重要なんだよね。で、僕はね、確か前回行った時は、20分ぐらいお湯に浸かってたかな。
で、やっぱりね、41度とか42度とか結構比較的高めの温度設定のお湯だと、長い時間、入ってるのって難しいんだけど、でも、結構温度が低めのお湯、40度未満だったりすると、結構長時間入っていられるから、僕はね、そういう風な温度が低いお湯の方が好みなんだよね。うん。で、そこでお風呂に入って、体を温めたら、そろそろサウナに行く時間帯なんですよ。うん。で、サウナで、サウナに入るとね、1段目、2段目、3段目って結構段が分かれてって、えっと、上の段の方が人気なんだよ。うん。なんで上の段の方が人気かっていうと、暖かい空気って上に行く傾向があるじゃん。うん。だから、僕は、結構上の段に行くし、上の段が人気だね。だから上の段に人が集まってることが多いね。で、サウナ室に入ったら、だいたい5分から10分そのサウナ室にいることになります。で、僕の場合は、結構短めだね。比較的短めにサウナ室にいることが多くて、6分間ぐらいだね、僕がサウナ室にいるのは。うん。で、サウナ室にはね、結構な割合で、テレビが設置されることが多くて、設置されていることが多くて、だから、サウナ室にいる間って、あまり退屈じゃないんだよ。うん。テレビを見てるとさ、そのテレビ番組が面白かったら、なんか面白いなとか思いながらサウナを楽しむことができるから、結構ね、退屈な時間ってあんまりサウナにないんだよね。で、僕の場合は6分間っていう比較的短い時間しかサウナに入らないから、結構ね、気づいたらあっという間にその6分間が過ぎていることが多いね。うん。で、その6分間、サウナ室に入ったら、その後は水風呂に入りますね。うん。で、水風呂に入る前に、やっぱり体を流さなきゃいけないんだよ。なんでかっていうと、サウナにいる間に、やっぱりサウナ室の中ってさ、高温状態だから、その高温状態だとさ、汗をたくさんかくじゃん。で、汗をお風呂の中に持ち込むのって結構マナーとしてはそんなに良くないことなんだよね。だから僕は水風呂に入る前に、っていうか、僕だけに限らないで、みんなやってることなんだけど、水風呂に入る前は、桶でお湯をすくって自分の体を流して、汗を流すっていうことをやります。で、その後に水風呂に入る。うん。で、水風呂はね、だいたい1分間入るね。で、場所によって、水風呂の温度って違うんだけどさ、だいたい15度ぐらいの方が多いかな。で、1分間その水風呂に入ったら、外に出て外気浴を楽しむんだよ。うん。で、この時間がめちゃくちゃ気持ちいいんだよね。みんなさ、サウナの後ってすごい気持ちよくない？あの感覚僕大好きなんだけど、えー外気浴をね、10分ぐらいやる。外気浴をやるときは、椅子とかリクライニングができるような椅子に座って、目を閉じて、その外気浴を楽しむんだよね。で、体の芯が温まってて、で、その自分の体の表面が冷たいと、なんかね、すごい気持ちいいんだよ。うん。で、その外気浴を、10分間ぐらい楽しんだら、また体を流して、またサウナ室に入るっていうことを繰り返すんだよ。で、これがね、だいたい、2回か3回これを繰り返すんだよね。うん。その後は、えーまあ、お風呂に入ったりだとか、体を流したりして、出るんだよね。で、脱衣所に戻ったら、えドライヤーを使って髪を乾かしたりだとか、化粧水とか乳液を自分の肌に塗って、その後、脱衣所を出るっていう風な流れになるね。うん。でさ、あの最近は日本って、サウナブームなんだよ。うん。サウナブームなんですよ。最近っていうかな、今が一番サウナブームっていうよりは、4年前とか5年前にサウナブームっていうのがあったんだよね。うん。で、日本人って、ずっと疲れてる人が多いんだよね。で、日本人の睡眠時間って世界的に見ても、すごい短いっていうのを前話したと思うんだけど、それ
に加えて、日本人って結構長時間働いている場合が多いからさ、疲れが溜まってる人が多いんだよ。で、そういう人にとって、サウナとか、あとは銭湯っていうのは疲れを癒すとてもいい場所なんだよね。だから、サウナブームっていうのが、4年か5年ぐらい前から始まったんだよね。うん。だからね、最近は本当にサウナが大人気だよ。だからサウナ室に行ってもさ、たくさん人がいるんだよね。うん、もう本当にたくさんの人がサウナ室にはいますよ。うん。で、たまにね、うわ、こんなにたくさん人いるのかよって思うこともあるくらい人がいるんだよね。あ、だからね、あまり人が多すぎると、そのサウナ室に入れないこともあるんだよ。サウナ室ってさ、やっぱりスペースが限られてるから、入っていい人数、定員っていうのが決められてるんだよね。うん。だから本当に人気のサウナ施設だと、並ばないとサウナに入れないっていうこともあるんだよね。うん。で、このサウナブームなんだけど、やっぱり医学的にもサウナが健康にいいっていうのは、証明されてるらしい。まずね、精神疾患にかかる確率がサウナに入ってると低くなるんだって。うん。しかもね、睡眠も深い睡眠を取れるようになるらしいんだよ。うん。だからさ、いいことしかないよね、サウナって。うん。でも、なんかね、デメリットもあるらしくて、そのデメリットが、サウナに入った後にさ、水風呂に入るじゃん。で、その時に、暖かい環境から冷たい環境に自分の体を、置くわけじゃん。うん。そうなると水風呂に入った時に、心臓に負担がかかっちゃう場合もあるから、そういうのはね、気をつけた方がいいらしいです。はい。でもサウナって、前、軽く調べた感じだと、フィンランドが発祥らしいんだよね。うん。で、僕もフィンランドで実はサウナ入ったことあるんだよ。ヨーロッパに昔留学してたから、フィンランドでサウナに入ったことがあります。はい。で、フィンランドとサウナはね、日本のサウナとちょっと違うんだよ。うん。で、何が違うかっていうと、その湿度と温度なんだよ。で、日本のサウナって、だいたい90度とかに設定されてることが多いんだけど、フィンランドのサウナはね、僕が体験したのは、60度とか70度とか、比較的ぬるめのサウナなんだよね。で、あと、湿度もね、あのーフィンランドのサウナの方が低かった。で、日本のサウナってムシムシしてるんだよ。うん。すごい湿度が高い。だからね、日本のサウナと、えーフィンランドのサウナでもう全然違うんだよね。うん。だからね、サウナ体験したことあるよっていう人結構いると思うんだけど、その北欧式、フィンランド式のサウナしか体験したことがない人がいたら、日本のサウナもね、ぜひ試してほしいなって思うね。で、あとはさ、サウナ文化を持ってるのって韓国とかだよね。で、僕韓国行ったことないから、韓国のサウナがどういう感じなのかっていうのがすごい気になるね。やっぱり、アジアという同じ地域に属してるから、日本のサウナと似てるのかな、どうなんだろうね。うん。で、さっきね、お風呂には、いろんな種類があるっていう話をしたでしょ。うん。で、さっき話したのは、寝るお風呂とか、あとはね、さっき話さなかったけど、あの、マッサージ付きのお風呂みたいなのもあるんだよね。それがどういうのかっていうと、そのお風呂に入ると、勢いよくお湯が噴射されてるエリアがあって、その噴射されてるお湯に自分の肩とか腰とかを当てると、すごいその部分がほぐれるっていうものなんだけど、そんな感じでね、いろんな種類のお風呂が日本の銭湯にはあるんだよ。うん。だけどね、すごい人気なのが、露天風呂。うん、露天風呂はね、絶対に体験した方がいい。うん。で、街にある銭湯にも露天風呂が設置されてる場合ってあるんだけど、僕がおすすめするのはね、日本の温泉街にあるような、田舎の温泉街にある露天風呂だね。うん。で、露天風呂の何がいいかっていうと、やっぱり外気に自分の体を
触れさせることができるっていうのが一番いいと思う。やっぱ室内のお風呂もいいんだけどさ、外の風を感じながら入る露天風呂って、なんか気持ちいいんだよ。ああ、なんか気持ちいいの。で、あとさ、僕って、寝るときに、外の環境が寒ければ寒いほど、なんかね、気持ちいいなって感じるんだよね。うん。なんか、露天風呂だとね、それが味わえる。うん。特に冬の露天風呂だと、その露天風呂に入るために、外に出た瞬間っていうのはすごい寒いんだけど、お湯に浸かるとね、あったかいんだよね。うん。だからね、露天風呂はね、本当におすすめ。うん。で、銭湯とか、大型のスパ施設に、行った場合も、一番人気があるのはやっぱり露天風呂だね。室内のお風呂にいる人数より、明らかに露天風呂でお風呂を楽しんでいる人の方が多いなっていう印象を受けるで。うん。でさ、露天風呂って、さっき言ったみたいに、冬に入ることもできるし、夏に入ることもできるし、その季節によって楽しめるものが違うんだよ。で、例えばね、冬に入る露天風呂は雪景色を見れたりするわけ。うん。で、場所にもよるんだよね。その有名な温泉街で、冬に雪が降るような地域だったら、そういう雪景色を楽しみながらお風呂に入ることができる。で、これがね、本当に圧巻の景色だよ。マジで綺麗。うん。で、秋はね、その紅葉を見ながらその温泉に入ることができるから、露天風呂ってね、本当に季節によってその表情が変わるんだよね。うん。うん。だから露天風呂は、景色を見ながらそのお風呂を楽しむことができるから、室内の風呂よりもやっぱり人気なんだよね。うん。で、露天風呂が、お風呂の種類っていうことを話したんだけど、さっき話した、寝ながら入るお風呂とか、マッサージ付きの風呂以外にね、人気なのはいろいろあって、まず最初に紹介するのは、電気風呂。うん。電気風呂はね、なんかね、僕もね、どういう仕組みかよくわからないんだけど、そのお風呂に入るとね、体がピリピリするんだよね。で、あの、小さい電気がそこに流れてると思うんだけど、それがね、なんか体をほぐしてくれるらしい。で、僕はね、その電気風呂あまり好きじゃないね。うん。うん、あまり好きじゃないんだよね、その電気風呂。うん。理由はなんでかっていうとさ、なんか僕ってビビリなんだよ。たまにさ、冬に鉄とかをさ、その素手で触ろうとするとさ、ピリって静電気が流れることあるじゃん。あれがね、ちょっと僕びっくりしちゃうんだよね。だから、あまり僕電気好きじゃなくて、だからそういう電気風呂も入らないようにしてるんだよね。だから銭湯とかスパ施設で電気風呂があっても僕は入らないです。うん。で、他には炭酸風呂みたいなのもあるね。で、炭酸風呂は何かっていうと、炭酸水のお湯が入ってるお風呂なんだけど、うん、なんかシュワシュワしててね、入るとね、気持ちいいんだよ。はあ。なんか毛穴一つ一つにお湯が入っていくような気がして気持ちいい。で炭酸風呂をね、用意してる銭湯って結構多いと思うんだよね。結構ね、王道な、うん、温泉の種類だと思うんだよね。うん。でこんな感じで、いろいろな、種類の、お風呂がありますけれども、さっき、マナーでお風呂に入る前に自分の体を洗わなきゃいけないっていうことを話したんだけどさ。で、僕は自分のね、髪の毛から一番最初に洗うんだよ。で、その後顔を洗ってから他の部位を洗うようにしてんだけど、みんなはさ、自分の体を洗うときに、その洗う順番ってあるの？うん。なんか、僕の家族とか僕の友達はね、基本的に自分の髪の毛から洗う人が多いんだけど、みんなもさ、そういう順番なのかな。で、今考えるとさ、なんで髪の毛から最初に洗うんだろうね。うん。これってさ、日本だけなのかな。なんかそれが気になるわ。みんなの国でも髪の毛を一番最初に洗う？なんで髪の毛から最初に洗うことが、普通なんだろう、日本だと。日本独特なのかよくわからないんだけどさ。うん。
まずそういう風な順番で洗ってる人が多いかなって思うね。で、体を洗うときってね、結構その銭湯とか大浴場の体を洗うスペースって、その横幅が狭いんだよね。その、シャワーが結構短い間隔で設置されてるんだよ。だから隣に座ってる人との距離も結構近いわけ。だから、その時に何を気をつけなきゃいけないかっていうと、自分のシャワーの水が隣の人にかかっちゃいけないなっていうのをずっと気にしなきゃいけないわけよ。で、僕ってさ、結構不器用な人間だから、たまにね、自分のシャワーのお湯が隣の人にかかっちゃったりするんだよね。うん。それがね、いつも申し訳ないなって思ってる。うん。で、僕はね、たまに睨まれたりしたこともあったんだけど、うん、でもそんなにね、頻繁に睨まれたりはしないから、大丈夫だとは思うんだけどさ。そんな感じで、あの、結構ね、シャワーを浴びる、場所っていうのは、隣の人もすぐ近くにいるから、その自分のね、お湯とか自分の石鹸が隣の人に飛ばないように気をつけなきゃいけないっていうのはちょっとね、辛いところだよね。うん。でも他になんか気をつけなきゃいけないことってあるかな？特に気をつけなきゃいけないことは、ないな。うん。で、場所によって、シャンプーとか、リンスとかを、持ち込まなきゃいけないっていうことを話したんだけど、僕の経験上、シャンプーとかボディーソープとかは、その銭湯に用意されてることが多いね。うん。ただ、ほぼ100%と言っていいぐらい用意されてないのが、洗顔だね。洗顔用の石鹸。うん。だから洗顔用の石鹸をね、毎日使ってる人は、結構な確率で持ち込まなきゃいけないことになると思うな。うん。でね、その施設によってもね、用意されてるものって違うんだよね。例えば結構値段がする結構高額な値段のする、ホテルとかについている、温泉施設だったりすると、そういう、洗顔用の石鹸だったりとか、シャンプーとかリンスは普通に置いてあることがあるよね。だから自由に使うことができるんだけどさ。で、一番の違いって何かっていうとさ、お風呂出た後の空間だよね。そこで、比較的値段が高い旅館とかだと、結構風が強めに出るドライヤーが用意されてたりするんだけどさ、結構低価格帯の銭湯に行っちゃうと、すごい出力が弱いドライヤーが用意されたりするんだよね。で、あとやっぱり、場所によっては化粧水とか乳液が脱衣所に用意されてることもあるんだけど、その確率は低いかな。でも、なんかその値段が高い、旅館とかホテルに行けば、ついてることはあるけどね。うん。はい。どうですか皆さん。銭湯とか温浴施設に、はい、興味持ってきました？で、今まで僕はね、銭湯と、あとは温泉の、温泉旅館だとかそういったところの話をしてたんだけど、大型のスパ施設っていうのが日本にはあるんだよね。で、それがどういうところかっていうと、住宅街にあることは少ないかな。うん。でも、一地方都市に一つぐらいあったりするんだけど、それはね、温泉が用意されてるところもあるし、ね、なんて言うんだろうな。普通の銭湯とか温泉旅館とは、違ったくつろぎ方をすることができるんだよね。で、さっき話したみたいに普通に温泉とかサウナはついてるんだけど、他にもいろんな施設がついてるんだよ。うん。例えばね、岩盤浴。うん。あとは、お休みどころとか、お食事どころとか、あとはゲームセンターなんかがついてることもあるんだよ。そういった大型のスパ施設。僕はね、たまに友達と行くことがあるんだけどさ、僕が一番好きな
場所はどこかっていうと、お休みどころだね。うん。で、お休みどころがどういうところかっていうと、基本的には、そういった、温泉に入った後とか、サウナに入った後にそこで休むんだよ。そうやって休む場所なんだけど、大型のスパ施設になるとですね、漫画がたくさん置いてあったりとかするんだよね。で、あとは、テレビ付きでリクライニングができる椅子に座ることができたりとかして、で、そこでね、そこに来た人はね、みんな漫画を読みながら、そのまま、眠りに入ってしまってる人もいるくらい、そのくらいリラックスできる場所なんだけどさ、僕はね、そこで過ごすことが大好きで、テレビ付きのね、椅子に座ると、その椅子の自分の耳の後ろの位置にスピーカーがついててさ、で、そのスピーカーで、そのテレビの音を聞きながら、ゆっくり休むっていうのが本当に気持ちいいんだよね。あの空間僕大好きなんだよね。で、このポッドキャストで何回も話してることだけどさ、僕って、漫画あまり読まないんだよね。うん。だから漫画あまり読まないから、漫画がたくさん用意されてても、あまり僕って読むことはないんだけど、基本的にね、日本人って漫画大好きな人多いから、そこでね、漫画を読みながらくつろいでる人っていうのが結構多いね。うん。で、そうやってくつろいでるときはね、館内着を着てることが多くて、そういう大型のスパ施設って、館内着を用意してくれてることが多いんだよ。だから、自分が持っていった服じゃなくて、その施設が用意している服を着ることができるんだよね。ね、そういう館内着って、男性が着るようなものはどちらかというとね、浴衣みたいな形をしてるんだけど、その服を着るとね、なんかね、リラックスできるんだよ。うん。館内着ってね、リラックスできるものが多いんだよ。で、そんな感じで、テレビとかね、漫画とかを読んでると気づかないうちに寝ていることがあるんだよね。で、やっぱりね、寝落ちって最強じゃない？やっぱり、寝ようと思って寝る睡眠と、寝てしまった睡眠ってさ、満足度が全然違わない？ああ、今日は疲れたから寝なきゃダメだ。寝なきゃダメだって思いながら寝る睡眠ってさ、なんかさ、不完全じゃない？ああ、眠いな、でも寝ちゃいけないなとか思いながら、眠りに入る睡眠っていうのが一番気持ちいいと思うんだけど、みんなどう？っていうかさ、寝落ちすることないのかな、みんなあんまり。日本人って結構ね、普段から疲れてる人が多いし、あの、寝不足気味の人多いからさ、寝落ちする人多いんだよね。で、僕も結構寝落ちすること多いんだけど、みんな寝落ちあんまりしないのかな。うん。で、前も調べた通り、日本って本当に世界的に見ても、睡眠時間が短い国なんだよね。うん。で、その理由なんでかなって思ったら、やっぱり、起きてる間の時間を最大限に楽しみたいって思ってる日本人が結構多いと思うんだよ。もちろんね、あの、会社でたくさん長く働いて、その結果、睡眠時間が取れませんっていう人もいるんだけどさ、日本人って結構夜遅くまで遊ぶの大好きなんだよね。飲み会をして、その後にカラオケに行って、日が昇るまで歌を歌うとか、そういうことをする人多いからさ、だからいろいろ、そういう文化的な背景もあって、日本人って、睡眠時間が短いと思うんだけどさ、だからその分ね、寝落ちする人も多いと思うんだけど、みんなってあんまり寝落ちしたことないのかな、もしかして。うん、日本人って寝落ちすることって結構普通なんだよね、日本人にとって。で、通勤ラッシュとか帰宅ラッシュの時間の電車に入ってみたらみんなわかると思うんだけど、電車の中でね、寝ている日本人っていうのが本当に多いんだよね。まで、僕はね、そうやって電車の中で寝てる人を見るとね、ああ、今日も仕事頑張ったんだなとか、今日も疲れたんだなとかね、そういう風に思うんだけど、明らかにね、他の国と比べて、電車で寝てる人の数が多いね。で、なんでこんな話してるんだっけ？うん。うん、だから、寝落ちすることが多いんだよ、そういう施設では。うん。
で、寝落ちをして、その後、起きたらさ、とあることに気づくんだよね、大体。うん。何かっていうと、うわ、お腹空いてきたなっていうことなんだよ。よくよく考えるとさ、お風呂とかサウナに入って、で、その後にお休みどころでくつろいでるわけじゃん。うん。で、結構な時間がかかってるんだよね。お風呂に入ってからお休みどころで起きるまで。うん。ってことは、そろそろ食事を取らなきゃいけないんだよね。そう、もちろんね、そういう大型のスパ施設って、お食事どころがあるんですよ。だから、もう料理も食べることができる。で、施設にもよると思うんだけど、そういう大型のスパ施設って、用意されてるメニューも結構多いと思うんだよね。うん。カレー、うどん、そば、ご飯、もういろんなものが食べられます。うん。で、しかもね、比較的普通のレストランと比べて、なんかね、安いなって感じることが多いんだよね。うん。で、やっぱりさ、サウナに入って、温泉に入って、お休みどころで休んでって、そういうことをした後ってさ、お腹空いてるんだよ。だからね、そういった場所に行ってご飯を食べるときって、僕はね、結構たくさんの量を食べちゃう。うん。結構たくさんの量を食べちゃう。で、僕は今ね、体重が減ってるから、たくさんものを食べなきゃいけないんだよ。うん。たくさんものを食べなきゃいけないから、そろそろ大型スパ施設行こうかな。うん。で、そんなところで、そこでね、僕はね、そういうところでカレーをあまり食べることはないから、うどんとかかな、食べるのは。うん。あ、一つみんなに言うこと忘れてた。そうだ。サウナとか温泉に入ってから、お休みどころでね、漫画とか読んだりして、休む前に、あるものを僕はいつも飲むんですよ。うん。そのことを説明するの忘れてた。で、それが何かっていうとね、コーヒー牛乳なんです。はい。コーヒー牛乳。しかも、冷えてるコーヒー牛乳。そういうスパ施設ってね、コーヒー牛乳がたくさん売られてるんだよ。で、なんでそうやってたくさんコーヒー牛乳が売られてるかっていうとさ、コーヒー牛乳を飲む日本人が多いんだよ、お風呂上がりに。うん。コーヒー牛乳が一番人気だと思うんだけど、普通の牛乳も人気だし、あとはね、いちごミルクも人気なんだよね。うん。やっぱりさ、体が温まった後って、冷たいもの飲みたくなるじゃん。うん。で、人によっては、キンキンに冷えたビールが飲みたいっていう人もいると思うんだけど、子供とかね、お酒飲めない人ってたくさんいるじゃん。お酒に弱かったりとか。だから多分、お風呂に入った後に、飲み物でね、一番飲まれてるのってコーヒー牛乳だと思うんだよね。このね、コーヒー牛乳が最高なんですよ。最高に美味しいんですよ。うん。だから皆さんコーヒー牛乳試してみてくださいね。試してみてくださいねっていうか、普通の牛乳なんだけど、キンキンに冷えた冷たいコーヒー牛乳。しかもね、瓶に入ってることが多いね。うん。で、瓶に入ったコーヒー牛乳、冷たいコーヒー牛乳を飲むのがすごい最高な気分になれるんですよ。なんかね、これまでにこのコーヒー牛乳を味わったことが、そのサウナ、お風呂後のコーヒー牛乳を味わったことがない人がいるとするならば、うん。このポッドキャストを聞いている人の中で、そんな最高なコーヒー牛乳を味わったことがない人がいるんだったら、ぜひね、味わってほしい。本当に最高だから、騙されたと思って一回試してみて。うん。コーヒー牛乳美味しいんだよな。飲みたくなってきたな。うん。うん。コーヒー牛乳ってだいたい200円ぐらいで飲めるからね。うん、すごいコスパもいいしね。うん。前ね、僕がね、一人で銭湯に行った時は、その場では何も買わなかったね。もちろんその銭湯でもね、コーヒー牛乳って売ってたんだけど、やっぱり自分の家に早く帰っちゃおうと思ったんだよ。なんかその銭湯で椅子に座ったりとか、コーヒー牛乳を飲んだりとかしてるとさ、家に帰りたくなくなると思うんだよ。うん。だから僕は、まだ体が動くうちに、
家に帰って、その家に用意してある、冷たい飲み物だとかを飲もうとして、だからね、前回一人で銭湯に行った時は、銭湯から出たら、もうすぐ、一目散に家に帰りましたよ。うん。でね、日本には、日本ではね、お風呂に入る文化があるっていうことは、このポッドキャストの冒頭に話したんだけどさ、銭湯って、温泉を使ってることもあれば、ただの水道水を使ってることもあるんだけど、日本ってね、火山大国なんだよ。そこら中に火山がある。日本で一番大きな山である富士山もあれ火山だからね。いつ噴火するかもわからない。で、ちょっと話が脱線しちゃうんだけどさ、富士山が噴火したらやばいのってみんな知ってるかな？みんな富士山ってまず知ってる？日本で一番有名な山が富士山だと思うんだけど、富士山って、火山なんだけど、いつ噴火するかわからないんだよね。で、前回噴火したのが江戸時代なんだよ。で、確か300年とか前に噴火したんだけど、その富士山って、いつ次噴火するかわからないんだよ。で、富士山が噴火するとさ、その富士山より東の地域に火山灰が降ることになるんだよね。で、なんでかっていうと、偏西風っていう風がさ、吹いてるからさ、基本的に風って西から東に吹いてるじゃん。うん。だから、富士山が噴火すると、その灰がその富士山よりも東側に行くんだよね。で、富士山の東に何があるかっていうと、大都会東京ですよ。そう。だから東京が富士山の噴火の被害を一番受けるって言われてるんだよ。これって結構やばくてさ、火山灰ってもういろんな影響があるって言われてるの。もちろんね、家の外に干してある洗濯物が汚れるっていうのもあるんだけど、それ以上にやばいことっていろいろあって、なんか火山灰ってね、なんで粒子が結構ちっちゃいらしくて、もうパソコンだとかコンピューターとか、そういう精密機械の間に入り込んで、悪影響をもたらすらしいんだよね。だからもしかしたら、スマホで通信できなくなるかもしれないし、でさ、通信ができなくなってインターネットが使えない状況になったら、それって結構一大事だ。しかもさ、東京っていう大都会、日本の中心でそんなことが起きたら、日本中が大パニックになるわけ。で、そんなやばいことがいつ起こるかわからないっていうね。やばいでしょ。うん。で、そんな富士山、いつ噴火してもおかしくないって言われてます。はい。だからね、いつでもいつ噴火してもいいように、日本に住んでる皆さんは、そういう時に備えてね、食料を備蓄しておくとか、そういうことを忘れないようにしておいてください。はい。日本って災害大国だからね、地震も起こるしね、津波も来るしね、本当にいろんなやばいことが起こる国なんだけど、火山も多いんですよ。富士山以外にもたくさんの活火山が日本にはあって、で、火山が多い分、温泉もたくさんあるんですよ。温かいお湯が地面から、出てくるんだよね。だから温泉街が多い。で、有名な温泉街が何があるかっていうと、例えば、草津っていう温泉街、群馬県にあるよね。で、あとは箱根っていう温泉街。これは神奈川県にある。で、九州の大分県にある、別府っていうね、温泉街もあるんだよね。で、僕は今挙げた3つ全部行ったことあります。はい。で、その場所によって、温泉の楽しみ方って違うんだよ。で、例えばね、大分の別府温泉だとしたら、一つの温泉旅館とかで温泉を味わうんではなくて、いろんな温泉を巡るのが定番の楽しみ方なんだよね。うん。これはね、多分ね、別府温泉ならではの温泉の楽しみ方だと思うんだけどさ。ただね、温泉街って綺麗なところが多いんだよ。で、僕一番感動したのは、草津温泉に行った時で、その景色がね、すごい綺麗だった。うん。温泉街って、その分観光客もたくさん来るからさ、街がすごい整備されてて、で、温泉街って歴史も長いから、その歴史ある風景も楽しむことができるんだよね。うん。で、さっき話したみたいにさ、露天風呂に入ったら季節ごとの景色を見ることができるしさ、
で、日本ってさ、温泉街たくさんあるよ。僕が今まで行ったことない温泉街っていうのもある。道後温泉とか下呂温泉とかね。その、温泉街って本当に日本にたくさんあるんだけど、まあ僕もね、死ぬまでに全部の有名な温泉街って行ってみたいなって思うんだよね。うん。はい。だからみんなもうさ、興味ある温泉街とかってある？まあ有名で、例えばみんながさ、東京に観光しに来たとするじゃん。うん、まあもうすでに東京に住んでるよっていう人もいると思うけど、まあそんな時に、まあおすすめなのは草津温泉とか箱根の温泉かな。で、理由はね、やっぱり東京からのアクセスがすごい、うん、車を使えばまあ2時間とかそういう短い時間で、その場所に行くことができるからおすすめ。うん。で、まあ温泉はね、僕結構な頻度で行くこと多いんだよね。で、なんでかっていうと、やっぱり日本って温泉街がたくさんあるから、まあ、車で地方に遊びに行った時って必ずどこかに温泉があるんだよ。うん。で、僕が友達と遊ぶ時って、まあ、大体レンタカーを借りて、どっか田舎に遊びに行って帰る前に温泉に入ることが多いんだけどさ。うん。だからね、まあ、温泉ってたくさんあって、で、その場所で温泉を見つけて、まあ、サウナとか温泉入って帰ってくるっていうことが多い。で、これがね、僕が友達と遊ぶ時の、まあ、定番の流れだね。うん。だからね、なんか特に遊ぶことがなくても、温泉はどこにでもあるから、とりあえず地方に遊びに行くっていうことが多いね。僕さ、まあ、東京って色々エンタメあるんだけど、まあ、僕ってもう子供の頃からずっと東京に住んでるから、もう東京にあるエンタメって結構ね、飽きてきたんだよ。だからね、僕の友達も、東京生まれ、東京育ちの人が多いからさ、そういう人たちと遊ぶときって、やっぱり地方に遊びに行きたいなってなるんだよね。で、その時は、温泉を楽しむことが多いね。うん。で、まあ、僕が行ってみたい温泉って何があるかな。やっぱりさっき言ったみたいに下呂温泉とか道後温泉とか行ってみたいなって思うんだけど、うん、まあ、やっぱり行ってみたいっていうか、見てみたい温泉があるね。てか、あの温泉さ、人間が入ることできるのかな？どうなんだろう。まあ、僕がヨーロッパに留学してた時にさ、あの、まあ、イギリスから来た友達に言われたことがあって、日本って猿が入りに来る温泉があるんだろうって言われたことがあってさ、でも確かに見たことあるんだよね。猿が入ってくる温泉。確かね、東北にあるんだけど、で、結構有名な写真もいくつかあるんだよね。温泉に入ってる猿の写真っていうのがあるんだけど、あれって人間も一緒に入ることできるのかな？まあ、僕日本人なんだけど、そこら辺のね、事情があまりよくわかってないんだよな。で、他にもね、僕はね、動物が温泉に入ってる写真っていうのを見たことがあるんだよね。で、それが何かっていうとカピバラだよね。カピバラが温泉に入ってる写真っていうのを見たことがある。であれって動物と一緒に温泉入れるのかな？すごいよね。だから、温泉って人間以外の動物も楽しむんだよね。で、まあ、猿がね、温泉に入ってる写真とか見るとね、なんか思わず笑っちゃうんだよね。だってさ、なんか、猿ってやっぱり体の形もさ、人間に近いじゃん。うん。だからさ、まあ、猿とかが温泉に入ってる写真を見ると、まあ、人間のおっさんに見えてくるんだよ。なんかね、その様子を見るのがすごい面白い。うん。で、一般的に動物って火が苦手って言うじゃん。なんか温かいものが苦手。で、人間って、まあ、僕はね、結構猫舌だよねってバカにされることがあるんだよね、僕の友達から。で、猫舌が何かっていうと、あの、辛いものとか熱いものを食べれない人のことを猫舌って呼ぶんだよ。で、僕の場合ね、辛いものが苦手だし、熱いものが苦手だから、猫舌なんだけどさ。で、猫舌ってどういう漢字を書くかっていうと、うん、
まあ、そのままだよね。猫の下なんだけどさ。で、なんでそういう言葉になったかっていうとさ、その、猫が熱いものを食べれないから猫舌っていう風に呼ぶんだけど、まあ、猫に限らず動物って全員猫舌らしいんだよ。うん。みんな熱いものを食べるのが苦手らしい動物は。でその理由は、まあ、単に人間が熱いものを食べるのに慣れてるだけ。火を扱うことができるのって人間だけじゃん。だから温かいものを食べるのは人間だけなんだよね。うん。だから基本的に動物って温かいものとか熱いものを食べるのって苦手らしいんだけど、温泉に入ることはできるんだね。うん。まあやっぱり、まあ冬とかだとね、寒くなるからね、まあ動物であったとしても、温泉に入りたいっていう気持ちにはなるんだろうね。うん。そう。まあそういう温泉に僕は行ってみたいな。まあ友達と行きたいな。まあ一人で行ってもいいかな。うん。まあそういう計画を立ててみたいなって思うね。うん。あ、そうだ。友達とね、一緒にサウナに行った時に、ちょっと危なかったことがあったのを思い出した。うん。ね、サウナに入る時に、まあ身につけていかない方がいいものっていうのがあるんだよね。それが何か、それが何かっていうと、金属製のアクセサリーとか、時計とかなんだよ。で、なんでかっていうと、まあ、日本のサウナ90度ぐらいっていう話したじゃん。で、鉄とかはね、すごい熱を持つんだよ。で、友達が前、ネックレスだったかな、ブレスレットだったかな、忘れちゃったんだけど、そういうアクセサリーを友達が前、つけた状態で、サウナに入ったことがあったんだよね。でそしたら、すごいそのアクセサリーが熱くなっちゃって、で、危険な状態になったんだよ。その友達も、熱っとか言って、アクセサリーを取ったんだけど、だからね、まあ、アクセサリーをつけてる人って結構多いと思うんだけど、アクセサリーをつけてサウナに入ってはいけませんよ。皆さん気をつけてね。うん、だからね、文字通り、日本のサウナとか、お風呂に入るときは、もう、すっぱだかで入らなきゃいけないからね。うん。でね、あと僕がね、鉄が熱いなってサウナで感じたことがあって、脱衣所で、まあ、服を脱いだ後、その脱衣所にはね、鍵がついてるから、その鍵を、その鍵を手首につけて、その大浴場を楽しむっていうのがまあ一般的なんだけどさ、鍵って金属じゃん。で、鍵のその金属の部分をちゃんとしまえるように、その、鍵がついてるブレスレットも設計されてるんだけど、僕がね、前、間違えて、その鍵が、その収納するスペースから出てる状態でサウナに入ったんだよ。で、そしたらその鉄の鍵がすっごい熱持っちゃって、熱ってなったんだよね。で、火傷しかけたんだよ。うん。だから、その鉄自分のアクセサリーをそのサウナに持ち込まなかった場合でも、鍵をね、持ち運ぶことはあると思うので、その時はね、鉄の部分が自分の体に当たらないように気をつけてほしいなって思いますね。うん。はい。皆さんはね、そういったことがないように、鉄のものはできるだけ身につけないで、日本のサウナをね、楽しんでいただければなと思います。はい。みんなはさ、そういうシャワーから上がった後、お風呂に入らないっていう文化圏に住んでいる方も僕のポッドキャストを見てると思うんだけどさ、シャワーを浴びた後とか、お風呂から上がった後とか、サウナに入った後とかって、どういう飲み物飲むの？で、さっき紹介したみたいにね、日本の銭湯とか大型スパ施設では、みんなコーヒー牛乳とか、いちごミルクとか、牛乳とか飲むんだよ。で、しかも、すごい冷たい飲み物を飲むんだよね。うん。で、みんなはさ、どういう飲み物を飲むの？で、僕はね、家でシャワーを浴びた後に飲むのはね、水だね。うん、シンプルに水を飲みます。うん。うん。
まあ、たまにコーヒー牛乳をスーパーで買ってきたりして、飲んだりはするんだけど、まあ実はね、一人暮らしをしてからなんだよね、水を飲むようになったのって。で、実家に住んでる頃は、僕はね、お茶を飲んでました。僕はお茶を飲んでました。で、なんでお茶を飲んでたかっていうと、単純にお茶が好きだからなんだよね。ただ、お茶って寝る前に飲まない方がいいらしいんだよ。でこれはね、最近僕が睡眠について勉強してる時に、学んだことなんだけどさ、お茶ってカフェインが入ってるじゃん。で、カフェインって覚醒作用があるから、飲むとね、目が覚めちゃうらしい。だから、あまりお茶って寝る前に飲まない方がいいらしいよね。で、最近その事実を僕は知ったんだけど、最近はね、水を飲むようになってたから、水飲んでてよかったって思ったんだけど、僕が実家に住んでる頃はね、お茶を飲んでたから、飲まなければもっとぐっすり眠れたのかなとか、そういうことを思ったね。だから、もちろん、お茶を飲んじゃいけないっていうことに加えて、コーヒーも飲んじゃいけないよね。で、僕はコーヒー飲むのあまり得意じゃないんだよね。味があまり好きじゃなくてさ。ただ、僕の周りではね、コーヒー飲む人本当に多い。毎朝、一杯は必ずコーヒーを飲むっていう人が結構多いんだよ。で、コンビニエンスストアでね、気軽に100円ぐらいでコーヒーって買えるんだよね、日本だと。だから、出勤前のサラリーマンが、そういうコンビニによってコーヒーを飲んでいくっていう、そういう姿を見ることは結構あるんだよね。うん。で、みんなはね、どういう飲み物飲むの？シャワー以外に。あと日本で人気なのは、ホットミルクを飲む人もいるよね。うん。ただ僕はね、やっぱり、体を温めた後は、冷たい飲み物を飲みたいなって、そういう風に思うことが多いから、ホットミルクは今まで飲んだことがないな。うん。で、さっき話したみたいにさ、僕って、睡眠について最近結構調べることが多くて、なんでかっていうと、日中疲れたなって思うことが最近増えたわけ。多分、年齢を重ねたことによる、体力の低下だと思うんだけどさ。やっぱり睡眠がエネルギーの源だなと思ってさ、睡眠について最近詳しく調べてるんだよ。で、お茶とかコーヒーとか、カフェインが入ってて覚醒作用がある飲み物は寝る前は飲んじゃいけないよっていうのに加えて、お酒も飲んじゃいけないらしいね。うん。お酒は、アルコールが、えー基本的には睡眠導入の役割を果たしてくれるらしいんだけど、利尿作用があって、トイレに行きたくなっちゃうし、あとは睡眠の質が下がるらしいんだよね。で、利尿作用があるとさ、寝てる間にトイレに行きたくなって、目が覚めちゃうことが多いらしいんだよ。うん。だからアルコールはあまり寝る前は飲まない方がいいらしいです。どうだったかな？寝る4時間前に飲むんだったら大丈夫だったかな？なんかそんな感じだった気がするんだよね。でも人によるよね。アルコールの分解がアルコールを分解するのが苦手な人だったら、もうちょっと前にアルコールは控えた方がいいと思うし、人にはよると思うね。うん。で最近僕はね、全然お酒飲んでないんすよ。うん。睡眠にも影響出るからっていうのも、意識してるからさ、あまりアルコール飲んでないんだけど、で、最近はね、睡眠をちゃんと取ろうと思ってるから、カフェインが入っている飲み物も飲んでないしね。うん。実は最近ちゃんと睡眠取れてるんですよ、僕。最近ってここ2日3日なんだけどね。ちょっと1週間前はね、寝不足気味でちょっとやばかったの。だから、銭湯に行ったんだよね。ちょっと疲れを取らなきゃまずいなと思って、銭湯に行きました。うん。で、みんなのリラックス方法って何？日本人だったらさ、お風呂に入ったりだとか、サウナに入ったりするんだけど、みんなのリラックス方法って何なんだろう？やっぱり森に行ってさ、あの読書とかするのが好きなのみんな。うん。でもなんかさ、周りの人が結構やってて、自分もやってみたらリラックス効果があるのかなとか
思うことは結構あって、周りでね、ヨガをやってる人が多いんだよね。で、日本はね、サウナも人気だし、ヨガも人気なんだよね。うん。で、ヨガやってる人に聞きたいんだけど、ヨガってやっぱりいいの？効果あるの？僕はさ、ヨガマット持ってないから、やろうと思ったら、ヨガマットを買おうかなと思ってるんだよね。僕の家の床硬いからさ。でも最近は結構便利な世の中になったよね。YouTube のおかげでさ。昔はさ、ヨガやろうと思ったら、ちゃんとそのヨガのインストラクターのところに行ってやらなきゃいけない。今でもさ、本格的にヨガやろうと思ったら、そういうヨガ教室とかに行ってさ、ヨガやらなきゃいけないと思うんだけど、自分でまず軽くヨガを始めてみようと思ったらさ、YouTube にさ、そのヨガのチュートリアルみたいなのを投稿してる人っていっぱいいるじゃん。うん。だからそれを見れば、あのヨガを学べるよね。うん。最近はね、ヨガをやってる人が僕の周りに多いから、ヨガも始めてみようかなとか思うんだけど、その前に睡眠を改善しなきゃいけないなと思ってさ、睡眠について最近はよく調べてるね。うん。ただ、睡眠の本を読むんじゃなくて、睡眠に関する、ポッドキャストとかも結構あるんだよ。うん。だからその YouTube の動画、その睡眠に関する YouTube の動画とか見ながら、睡眠について学んでるよね。医師とかも結構出てきてさ、医学的な観点から睡眠はこういうところがいいとか、これをしたらいい睡眠が取れるようになりますみたいな、そういう話をしてるポッドキャストが多いから、今ね、聞いてるんだよね。だからね、最近は、YouTube を開くとさ、その YouTube がさ、おすすめの動画をさ、あの、表示してくれるじゃん。うん。そこの部分がさ、睡眠関連の動画ばっかりになっちゃってさ。うん。そう、だからね、最近はその YouTube のアルゴリズムに従って、睡眠の動画ばっかり見てるんだよね。うん。僕はね、ヨガはやってないんだけど、ストレッチはちゃんとしなきゃいけないと思って、いつだっけな、4ヶ月、5ヶ月ぐらい前にね、ストレッチポールも買ったんだよね。うん。で、僕は寝る前にね、肩甲骨周りをね、ほぐしてから寝るようにしてる。うん。で、僕やっぱりさ、毎日筋トレしてると筋肉がどんどん固まってっちゃうから、ストレッチすることがすごい重要でさ、うん。ストレッチポールを使ったらね、なんかね、毎日起きた時に軽くなったように、体が軽くなってきたようなね、気がするんだよね。そんな感じで、僕はね、睡眠をちゃんと取るようにしていますね、最近は。で、最近はさ、その睡眠に関して言うとさ、ポケモンスリープっていう睡眠のゲームが出たの知ってる？みんなポケモンって知ってるかな？あの、ポケモンのゲームで寝るためのゲームがリリースされたんだよね。リリースされたって言っても2年とか3年くらい前にリリースされたゲームなんだけどさ。で、僕はそのゲームがリリースされた当初、僕は、なんだこの、どうでもいいゲームはって思ったんだよね。だってさ、ゲームってさ、普通さ、画面を見て、銃を撃ったりとか、あとは、モンスターと戦ったりとか、そういうのがゲームじゃん。で、寝るためのゲームってなんだよってずっと思ってたんだよ。ただ最近はね、睡眠たくさん取りたいなって思うようになって、そのポケモンスリープっていうゲームを入れてみたんだよ。そしたらね、意外と面白いんだよね。うん。意外とあのゲーム面白いんだよ。で、ちゃんと自分の睡眠を測定してくれるんだよね。うん。で、ゲームの攻略法はね、たくさん寝ることなんだよ。うん。で、寝る時間が長ければ長いほど、そのゲームでもね、有利なんだけどさ、確か最高が8時間30分寝ることなんだよね。で、8時間30分寝ると、マックスの効果をそのゲーム上で得ることができるんだけどさ、結構面白いよ。そう。ゲームをするために、ちゃんと睡眠取ろうっていう気持ちになるんだよね。で、毎日何時に寝るかみたいなのを設定できて、その時間に通知も送ってくれるんだよ。僕の携帯に。
うん。で、その通知を見るとね、あ、ちゃんと寝なきゃっていう思うようになるんだよね。で、しかも、そのゲームのさ、その、最善の攻略法がたくさん寝ることだからそのゲームを、強くしたい。そのゲームで強くなりたいなと思ったら、たくさん寝るしかないんだよ。規則正しい生活をするしかないんだよ。面白いでしょ。で、ゲームによってさ、ガチ勢って言うと思うんだよ。例えば、モンスターハンターを一番頑張ってる人とか、マリオカートを、本気で頑張ってる人っていると思うんだけどさ、中にはそのポケモンスリープを本気で頑張ってるっていう人がいるらしくてさ、その人たちはすごい健康的になってるらしいんだよね。で、そのゲームの発売元が、その発表した調査によると、やっぱりゲームを続けてる人は睡眠時間がどんどん長くなってるらしいんだよ。うん。だから、やっぱりすごい効果的なんだなって思って。で、そのポケモンスリープ、世界中でね、ゲームをプレイしてる、プレイヤーがいるらしいんだけどさ、やっぱり日本人が一番少ないらしいんだよね、睡眠時間。うん。ゲームをやってるにもかかわらず、一番睡眠時間が短いということで、やっぱりね、日本人は働きすぎなんだなと思いました。どうなんだろうね。それってやっぱり日本人の文化的背景が原因なのかな。それとも日本人がさ、遺伝子的に長く眠らなくても大丈夫な体なのかな。どっちなんだろうね。多分前者だろうね。で、ポケモンって、今の子供たちにも人気なのかな。僕の世代ではね、ポケモンのゲームってすごい人気だったんだよ。で、最近はスマホのアプリが、なんか割とね、40代とか50代にも人気なんだよね、日本では。でポケモン GO っていうゲームがあるんだけど、それはね、歩けば歩くほどポケモンと出会うことができるようになるんだよね。だからそのゲームもハマってる人は、そのウォーキングが増えて健康的な生活ができるようになってるらしいんだけどさ。うん。で、基本的には、ポケモンスリープもポケモン GO も、ポケモンを集めていくっていうのがそのゲームの趣旨なんだよ。うん。で、コレクション欲って僕あまりなくてさ。うん。ただ、40代とか50代の人って、なんでポケモン GO にハマるかっていうと、多分だけど、ポケモンをコレクションしたいっていう思いがあるからなんだよね。うん。で、みんなはさ、何か自分でさ、コレクションしてるものってある？で、僕はね、今ね、何もコレクションしてないんだよね。うん、今僕が住んでいるこの家がさ、賃貸だから、いつか引っ越すっていうことを考えたときに、そういうコレクションを持ち運ぶのがめんどくさいっていうのもあって、僕はね、何もコレクションしてないんだけど、人によってはね、コレクションしてるものってあるよね。で、僕の友達はね、そのスニーカーをコレクションしてます。うん。スニーカーのナイキとかアシックスとか、有名なブランドのスニーカーをコレクションしてて、で、結構ね、物によっては高額なものもあるんだよね。うん。で、あとはお皿をコレクションしてる人もいるよね。で、あとはマグカップをコレクションしてる人もいるよね。うん。そんな感じで、コレクション欲がある人って結構いると思うんだけど、みんなってさ、何をコレクションしてる？コレクションしてるものある？で、僕はさ、コレクションしてるものはないんだけど、もし自分が物をコレクションするとしたら、何を集めたいかな。うん。でもやっぱり僕はさ、コンピューターとか携帯とか、そういうものに興味があるから、そういうのをコレクションするかな。でもどうなんだろうな。うん。楽しいのかな、コレクションって。で、日本のオタクでよくあるのは、プラモデルをコレクションしてる人は多いよね。プラモデルとか、あとはなんだろうな。プラモデルが多いか。なんか好きなアニメキャラクターのプラモデルを家に飾ってる人は多い。あとは、電車オタクとかだとさ、その電車の模型をコレクションしてる人とか
うん。あとは軍事オタクだったら、戦闘機とか戦車とか、ヘリコプターとかそういうのを、そういうもののプラモデルをコレクションしてる人は多いよね。うん。コレクション欲は僕未だにないですね、でも。いや、僕はやっぱり不器用な人間だからね、うん。そのメンテナンスができないと思うんだよね。で、埃が被っちゃった時に掃除するのめんどくさいなって思うしさ、もったいないな、そういうコレクションを持っておくのが。ああ。でも何かね、その自分が死ぬ時には何かコレクションした状態であればいいなと思ってるんだけどさ、実はね、僕の祖父がね、なんかね、通貨をね、コレクションしてたんだよね。世界中のコインとか、お札とか、あとは、記念コインみたいなのも、あの、コレクションしてたんだよ。で、僕の祖父はね、もう亡くなっちゃったから、もう僕の祖父は亡くなっちゃったんだけど、そのコレクションはまだ残ってるんだよね。で、僕も何回か見たことあるんだけど、結構すごくて、昔、ヨーロッパに EU ができる前の通貨とか、だからユーロじゃなくて、また別の通貨なんだけど、そういう世界中のコインを集めて保存してたんだよね。まあ、あとは、えっと、みんな知ってるかな2020年にね、日本の東京でオリンピック、夏のオリンピックが開催されたんだけど、まあそういうなんか、世界的な大きな行事があると、まあ記念コインみたいなのが作られるんだよね。で、そのね、2020年の東京オリンピックの前に行われた東京のオリンピックが1964年なんだけど、その時の記念のコインとかもね、僕のおじいちゃんを集めてたみたいで、で、僕はさ、その、コイン素人だから、うん、なんかあまりね、詳しいことわからないんだよね。もしかしたら、その、おじいちゃんが集めてたコインの中には、すごい珍しくて、すごい価値のあるものもあるかもしれないんだけど、まあ、なんせ僕ってそのコインとか全然詳しくないわけ。うん。だからもしかしたら、ちゃんとした鑑定士に見せたら、すごい値がつくコインもあるかもしれないんだけどさ、まあ、僕は、見てもよくわかりません。うん。うん。まあ、あとは、まあなんか僕のおじいちゃんとかおばあちゃん家には何か、まあ貴重なものがあるんだろうけどね。まあ僕はその価値がよくわかってないから、うん。まあ楽しめないんだけどさ。ただ、まあ僕がね、祖父母の話をしてて思い出したんだけど、まあ、僕が、まあ、やってみたいことがありまして、まあ、それが何かっていうと、家系図を作るっていうこと。うん。まあ、自分の祖先って気にならない？自分の祖先って気になるでしょ？で、僕の場合さ、自分の祖先で知ってる一番古い人が僕のひいおじいちゃんなんだよ。で、そのひいおじいちゃんのお母さんの名前とかわからないんだよね。あ、だから、家系図を作ってみたいなって思うんだよ。だから、誰と誰が結婚して、その子供が誰で、で、その子供が僕みたいなのを、そういう家系図を作ってみたいなって思う。で、日本ってさ、昔から地震があって大火事があったりとか、あとはまあ戦争があったりして、なんかそういう家系図って結構燃えてなくなっちゃってることが多いんだよね。うん。ただね、最近は、簡単に家系図をね、作れるようになったらしくて、なんか日本の法律が変わってね、その役所で申請すれば、自分の家の家系図を詳細に作れるようになったらしくて、で、それがね、だいたい、1万円ぐらいかかるらしいんだよ。うん。まあ、ちょっと高いんだけど、それをね、いつかやってみたいなって思ってる。だって気になるじゃん、自分の祖先。もしかしたらさ、実は自分の祖先が日本人じゃない人も混ざってるとか結構あるかもしれないじゃん。うん。だって昔さ、九州ではさ、他の国との交流が行われた。例えば、オランダとか、中国とか、朝鮮半島とかと、昔はね、あの、輸出入
貿易をしてたんだよ。日本の九州では。で、その時に、キリスト教の宣教師が日本に来たりとか、日本に来る外国人って少なからずいたんだよね。で、そういった外国の血が入ってたらなんか嬉しくない？で、なんでこう思うかっていうと、みんなの国がね、どこの国かわからないけどさ、日本ってさ、島国だから、なんかあまり、その、海外の血が自分に混ざってる確率って低いんだよね。うん。だから、実は自分の血に海外の血が混ざってたっていう事実とかあったりすると、なんか楽しそうだなって思うんだよね。で、それに加えてさ、もしかしたら、自分の祖先が偉人の可能性もあるわけじゃん。もしかしたら日本の昔の地方の有力者でしたとかさ、うん。そういうことを、ちょっとした有名人が自分の祖先である確率ってないわけではないでしょ。だからそういう事実があるんだとすれば、なんか見てみたいなって思うんだよね。うん。だからあまり僕はね、自分の祖先について知らないし、一時期ね、僕も本格的に気になって、自分のおばあちゃんに、あの、祖先について聞いてみたりしたことはあるんだけど、なんかおばあちゃんもね、そんなにその祖先について詳しくなかったりするから、やっぱり自分で調べるしかないかって思ってるんだよね。うん。ただね、僕のひいおじいちゃんの名前はね、僕は把握していてですね。で、日本には国立国会図書館っていう、日本で一番有名な、一番大きい図書館があるんだけど、その国立図書館っていうのは、国立国会図書館っていうのは、日本で今まで出版されたすべての出版物があるんだよ。うん。で、最近ね、その国立国会図書館のウェブ版ができたら、できた、できたんだよ。で、その国会図書館のウェブ版の何がすごいかっていうとね、そのすべての出版物の書いてある内容を検索できるようになったわけ。だから自分の、例えばひいおじいちゃんの名前を検索すると、その自分のひいおじいちゃんの名前が記入され、書いてある出版物を見ることができるんだよ。ああ、すごくない？で、僕、ひいおじいちゃんの名前をね、その国立国会図書館のウェブサイトで検索したら、実際にヒットしたんだよ。何個かの文献に僕のひいおじいちゃんの名前が書いてあったの。すごくない？で、その僕のひいおじいちゃんが経営してた会社とかが出てきて、うおー、国立国会図書館すごいなって思ったんだよね。うん。そう。で、写真も僕のね、おばあちゃんの家には、その写真もあるんだけどね、すごい昔だったらさ、写真も残ってないだろうから、見ることは難しいと思うんだけど、自分の顔に似てるのかなとかそういうことはね、確かめてみたいなって思ってるけどね。うん。みんなはさ、何代上の祖先まで知ってる？うん。やっぱり国によってはさ、ちゃんと記録してる国もあるのかな。日本はね、頑張っても、一般的には、江戸時代後半くらいまでしか遡れないらしいんだよね。だから、だいたい200年くらい前、うん、までしか自分の祖先を遡ることはできないらしいんだよね。多分、ちゃんと戸籍を作って、戸籍を登録するっていう、そういう制度ができたのが、このここ200年とかだからさ、それより前って、その家で、独自に家系図を作ってない限りは、ちゃんとした記録には残ってないと思うんだけどさ、うん。できる限り自分の祖先を、把握してみたいっていう、そういう願望はあるよね。逆に考えるとさ、自分の子孫が
自分を認識してくれてるのって何代目までなのかっていうのは気になるよね。うん。例えばさ、自分のひ孫が自分の名前を覚えてくれるかってわからないじゃん。うん。自分の記録って、えどこまで、いつの時代まで残るのかっていうのは気になってしまうよ。だってさ、やっぱり、今を生きているんだから、今ね、僕はさ、今を生きてるけど、生きた証っていうのを残したいじゃん。残したくない？うん。だからやっぱり、生きた証を残すために、家系図は、ちゃんと残るように、国にはね、ちゃんと働いてほしいのと、やっぱりね、何か、功績を残したいよね。例えば、日本語を、教えて頑張ったっていう楽しく日本語を学べる動画コンテンツを作ったっていう内容でもいいから、この人がこういうことを頑張ってたんだっていう情報も一緒に、名前が未来に残ってほしいなって思うんだよね。うん。だから前も話したけど、銅像作りたいよね。銅像じゃなくていいや、石像とかね、作りたいよね。うん。僕はね、最近こういうどうでもいいことを考えてるんだよね。なんでさ、サウナとかお風呂の話からさ、この話に入っちゃったんだろうね。うん。なんでだっけ？なんか忘れたんだけど。うん。うん、なんでだっけ？うん、全然覚えてないわ。うん。認知症にならないように頑張りますよ。うん。やっぱりね、年を重ねていくと、記憶が飛んじゃうことよくありますからね。やっぱり、日本人も、超高齢化社会で、最近なんか100歳以上の人口が10万人を超えたんだっけな。確かそんな感じだったんですけど、あの、その分ね、高齢者の数も増えてくると、その認知症になってる高齢者の数っていうのも増えてくるんで、それもね、結構、あの、社会問題にはなってるんだよね、日本で。で、認知症になっちゃうとさ、やっぱり家族にも迷惑かけるから、できるだけ自分は認知症とかになりたくないなって思ってるんだよ。で、すごいのは、僕の祖父母の中で認知症の人いないんだよね。うん。だから、僕もね、できるだけ普段から頭を使って、認知症にならないように、努力していこうかなって、うん、思います。うん。やっぱりね、なんか人と話すことが重要らしい。うん。なんか老人ホームとかに入ってさ、その、自分と同じ年代の高齢者の人とばっかり話してると、脳みそって、やっぱりどんどん退化していくっぽいんだよね。やっぱり自分より若い世代と普段からコミュニケーションをとって、交流をしていくっていうのは、すごいね、脳にとってもいい影響を持ってるんだって。だから、うん。僕のね、視聴者の中にも若い視聴者って結構いるんですよ。うん。で、そんな若い視聴者の皆さんにお願いなんですけど、僕の動画をずっと見続けて僕と一緒に僕とずっと交流してください。ライブ配信もね、結構最近やってるんで、僕とね、たくさん交流してくれればと思います。で、みんなが僕と一緒にお話をしてくれると、僕もね、認知症になってしまうリスクっていうのがすごい低くなると思うんで、皆さんもご協力よろしくお願いします。はい。皆さん、今日のポッドキャストはいかがだったですか？で、今日はね、ずっとサウナとかお風呂の話をしようと思ったんだけど、途中からね、全く別の話をしてたよね。うん。でもね、すごい楽しい時間を、過ごすことができました。はい。また、これからもね、ポッドキャストは投稿していこうと思うので、次回のポッドキャストでもよろしくお願いします。はい。それでは、これで今日のポッドキャストは終わりにします。バイバーイ。